何年ぶり？真冬なんてどうなっちゃうのここ。よし、じゃあ撮るよ。いやすごいわ。商船見た。まだ開けたら買ってどう食べてる。温度最高。すごいね、でも本当に。これじゃあ写真撮れた？出過ぎかな。ギンバルが揺れてるのが来る。つきました。すごいじゃん。確かに。わあすごい。はい、こんにちは。今ですね、首都高速走っております。今日はですね、過去一番遠いんじゃないかというところに向かっております。というかね、距離で言ったら九州と同じぐらいなのかな。もうほぼ九州と同じだと思っております。ということでね、今回は現役サラリーマン全国制覇の旅17県目、北海道に向かいます。ようやく北海道です。キャンピングカーで北海道行くのはもう実は初めてです。もうキャンピングカー乗ってなんだかんだ5年ぐらい経つんですけど、それでも初めてです。ようやく行けます。で、今回のね旅のプランとしましては、青森まで行って函館のね方で乗るっていうわけではなくて、今日はねこれからですね大洗の方に向かいます。で、大洗フェリーで苫小牧まで向かおうと思っております。なのでこれからですね、今ちょうど浅田、川崎の方ですね走ってるんですけども、まずはね茨城県の大洗まで向かいます。復興が7時45分ということで、今日はね少しだけね会社をね早上がりしてますので、ちょっとね時間に余裕があります。ふーちゃんはね小学校今日行って帰ってきてから出発しております。で、ただねちょっとね今日見ての通りなんですけども、割とね雨が強いです。風も強いです。一応今のところですね欠航の連絡とかは来てないので、出航するんだと思っております。あんまりっていうか、なんか本当ね出航できないぐらい風が強いとちょっとどうしようか考えちゃうんですけど、今のところはね大丈夫です。今日はね4月下旬です。大体ですけど10日間ぐらいはいるかな。フェリー入れて14ぐらい。北海道で滞在してるのがおよそ10日間ぐらい。道東とね道北の方にはね、今回絞っていきたいなと。北海道のことはまたついてからゆっくりお話ししようかなと思います。はい、今ですね浦安手前ぐらい辰巳ジャンクションあたりにいるんですけども、ちょっとね混んでます。だいたい予想はしていたんですけど、想像以上に混んでます。で、この先も少しね葛西の先でまたちょっと渋滞マークがついてまして、もうそう5時半に受付、僕の予想では、6時半ぐらいまでは平気やろと思ってたんですけど、7時45分に出るんですけど、でも受付は5時半頃って書いてありましたね。までに手続きを済ませてくださいとは一応で今ね結構ね5時26分着っていうギリギリなんですよ。これもしかしたら遅れるなっていう状態でして、で今ですねママに、大洗のフェリーターミナルで電話してもらってで確認したんですけども、6時ぐらいで大丈夫ですよと。で、最悪6時半ぐらいまでだったら大丈夫と。今日はねその大洗の方もなんか天候が悪いみたいで、気をつけてねお越しくださいということでね、本当にありがたい感じで、連絡が取れました。これね渋滞マークがないところで渋滞してるから、これ大丈夫だよなっていう。意外とですねフェリーに車検証持ってったりとかいろいろねやらなきゃいけなかったと思ったんで、意外とね時間かかったりするんですよね。なので多分5時半ぐらいが目安として来てくださいみたいな、そんな感じみたいですね。はい、今ですね三郷ジャンクションの近くです。少しね車が流れ始めましたので、だいぶね進んできました。でこの先ですね一瞬千葉に入りまして、でその後ね守谷とかに入って茨城に変わると
いうような予定です。東京、埼玉、千葉、茨城、関東4県一気に回るような感じですね。そう、時間もギリギリいけそうかな。あとね、まだまだ99キロと約100キロ近くあるんですけども、とりあえずね、茨城のね、地名も見えてきたので、もう少しね、頑張って走っていきたいと思います。はい、今ですね、水戸南インターです。で、もう少しでね、大洗料金所です。あと5分ぐらいですね。なんだかんだ言って無事に。いやー、ビビったマジで。間に合わないかと思ったんですけど、なんとかね間に合いました。じゃあ今ですね5時15分ぐらいなんですけど、あとね15分ぐらいで到着します。もうじきねその大洗なんですけども、思ってたよりもですねこっちの方が風がない。ひたちなかと大洗の分岐があったんですけど、そこら辺ぐらいからだいぶねこっちの方は風が吹いてないです。とはいえね、海が近くなるとまた風が強くなるかもしれないので、そこはですね気をつけながら向かっていきたいなと思います。はい、今ですね、あと1キロのところまで来ました。天気がだいぶ回復したんでこっち来て。そう、こっちはなんかね雨もそんなに降ってないし風もないですね。なんかさっきまでの道中の方がよっぽどひどかった。で、あれだね、フェリーって書いてある。本当だ。ようやくここまで来た。長かった。時間も5時18分着なんで、最初よりかだいぶ早くなったね。いやー、あれか、船着いたー。とりあえずこれでいいのかな。7時45分発はこれは左でいいのかな。左。あれこれなんか言うのかな。なんか普通にあっち行ってくださいって初めてだ。でここだとはまずは受付でのかな。わいわーい。はい、とりあえずね着いたので、受付をねしていきたいと思います。よし、無事に着いた。受付乗船3つ左側だって。本当だ。今ですね到着しました。で受付もね終わってきたので、これからね乗船の準備します。6時からママたちが先に乗船して、僕はねその後にボンちゃんをね連れて乗るという感じになってます。タオルはあるんだよね。うん、その辺なんじゃない。あったよね前。と思う。これ今日ねご飯買ってきたんで、はま寿司。ふーちゃんは酔い止め薬を飲んでなんでか泣いてしまった。もうすぐ乗りますよって合図。よいしょ、こんな感じで外はもう並んでます。前から見るとこんな感じです。はい、ということでね荷物にまとめて今からねママたちは先に乗船、パパはボンちゃんと一緒に行きます。じゃあまた後で。また後でね。はい、ということでね僕はボンちゃん連れてきます。行くよ。さあこのまま乗るよ。無事に乗船しました。ここから6階行くよ。はい、進んで。スッペリア。揺れないといいね。あ、まだまっすぐだって。おい、もともとは行ってんじゃん。到着しました。っていうか結構コンパクトな部屋だね。ちっちゃい、ほんと結構コンパクト。確かに3人分でいっぱいいっぱいだよ。ギリギリいけるぐらいなのかな。机がね3人分だとないみたい。ここにアメニティがある。3人分の館内着っていうかまあ部屋着とタオル。あ、ドライヤーちゃんとしてるじゃん。やったね。でこれ何入ってんだろう。中に入ってたものがこれタオル、これはボディーソープ、コンディショナー、シャンプー、体を洗うタオル、歯ブラシ、綿棒、おしぼりが入ってました。そろそろ呼ばれそうかな。もう行っちゃっていいですか。よし、じゃあ行きます。よいしょ。すごい。
入れない。はい。ママ本当だね。なんか小部屋だね、これすごく。はい、ということでね、少しね、ロビー、ショップ、レストランとかね、いろいろ散策してみます。でね、今ね、時間が7時20分なんですけども、出港が45分なんで、ちょっとね、20分ぐらいあるので、ちょっとフラッとね、行きます。向こう側かな。まずは、あ、そうだね、向こう側だね。こいちゃん、ゲームコーナーちっちゃいよ。ほら。残念でした。おうおう、なんかすごいね、こんな広かったね。うん、行ってみようか。ここがレストラン。基本はバイキング。今後、公開状況によっては、早めの欠席となる恐れもございます。でまた、最近はお客様がこの後はこれ、皆様方の商品など、ミートバイキングの価値も十分ご注意くださいますようお願いいたします。よし、無事到着です。ふみちゃんもいかがでしょうか。いかがです。一応ね、入れました。ちょっとね、思ったよりかね、部屋がコンパクトだった。でしょ。動画で見たら広そうに見えたんだけど、動画だとね、多分一人の人だったよね。家族系じゃなかったからいけない。なんか夫婦2人だったらまだいいかなって思うけど、3人分のベッド引けるのかなっていう不安があるもんこれ。はい、部屋全体としてはこんな感じです。こうやって見ると広く見えるな。多分このマジックにやられたな。でも2人なら平気。3人はちょっときついね。だから夫婦2人ならいいと思う。はい、でこの部屋は一応こんな感じでシャワーもついてます。見えるかな。であとね、洗面所、それからトイレもついてます。そうで、今日ちょっとね、やっぱり天気が良くないので、この後ね、大浴場が入れなくなっちゃうかもしれないってことなので、まあうちはね、このシャワーを使おうかなと思っております。エアコンもついてます。こんな感じで結構近いところにエアコン入ってます。であとテレビですね。このテレビは後でね、これで桃鉄やろうかなと思ってます。こんな感じです。まあ布団は最後に引きます。であとね、暗くなっちゃってるんだけど、こんな感じで見えるかな。外がね、本当は見えます。ちょっとだけこんな感じですね。外も見えます。はい、っていう感じでね、とりあえず乗れました、無事に。これでね、今日大洗から北海道まで、苫小牧ですねまで向かっていきます。冷蔵庫をちょっと開けて、こんな感じで冷蔵庫もいろいろパンパンです。はま寿司とか買ってきました。こっちめちゃくちゃあるじゃん、寿司。寿司いっぱいある。で買ってきたのね、このはま寿司のいつものやつを2人前と、あとカッパと卵と納豆単品、あとマグロ作り。めちゃセットだよね。そうです。じゃあ乾杯しよう。はい、乾杯。はい、乾杯。はるちゃん乾杯。じゃあもう乾杯。あ、動いたの乾杯。か。あ、本当だね。出港したね。揺れてる感じはあるわ。はい、今ですね、ちょうど出港しました。揺れてるんだけど、わかるかな。こんな感じで転がしてっても転がって帰ってきちゃう。面白い。ちょっと奥まで進んだらちょっと。あれだね、揺れてるっていうか斜めなんだね。この度は商船三井フェリー発進しましたよ。富良野にご乗船くださいましてご案内申し上げます。この船の通常がわかんないから、これの揺れが普通なのか。食券でご案内申しでもさ上げます。ペットボトルがただいまの時揺れてないから。間は5回でございます。ショップを営業いたしております。いいじゃん本日は低気圧の影響により船体が大きく動揺することが予想されております。監督ママほら官庁の弱いじゃん指導により本日夜11時からペットボトルが転がり始めます。あっち行ったりこっち行ったり。割とまあ揺れてる方なのか。そう。じゃない。あ見せかけてそう、まあこんな感じでですね、映像でお伝えできてるかわからないけど、結構揺れてます。ほわほわしている。なんか揺れが強い時と弱い時の差が激しいよね。さっきなんかちょっとちょろちょろって動いてたりさ、大きく左右に揺れたり、なんかいろんな揺れ方するなっていう。結構荒れてたから、うん、風も強かったからね。どうなんだね、これ沖まで出たら落ち着くのかね。今なんかあれだね、すごい揺れたね。まだでもさ、これ放送入らないからそんな揺れてるあれじゃないのかな。そう、なんか本当に揺れがひどいとなんかそういう放送がいいんじゃん。
ういちゃん平気？いや内心怖がって怖い。まあ明日の朝までしたからね、幽霊も。起きてからはもう普通なんじゃない？天気が良ければこうでもなかったんだろうな、もうちょっと結構揺れてる。すごいね、ういちゃんこんだけ揺れてても元気いっぱい。私はもう酔い止め1回飲んだ。ペットボトルはもう立てとかないとコロコロしちゃう。波の高さ4ぐらいって言ってたかな、4か5ぐらい。3メーターでも結構揺れるらしいから。あと2メーターだと全然揺れないって。ママ具合悪くなりそうだからもうお酒やめた。なんかね、この揺れでだんだん眠くなってきた。変わんないよね、こんな感じなんですよ。結構体持っていかれるよ。どうですか？揺れてますか？窓で見てみる？何も見えないね。でも白いのだけは見えるよ。本当だね。本当にまさかこんなんなると思わなかった。あ、ういちゃんほら見てごらん。今どこにいるかみたいな。まだ船のとこ。まだまだだね。うわ勝手に動いてる。はい、今ですね売店で買ってきました。ういちゃんナイス。今波のうねりが3メーターらしいです。売店の方に聞きました。ひどい時はね5メーターぐらいになる。3メーターでも結構揺れてるように感じるけど、さらに上の5メーターの時もあるらしいです。そう、まだ余裕かはわからないけど、でもね結構揺れてる方って言ってたよ。じゃあ部屋戻る。はい、今ですね、館内放送が入ったんですけども、特に波の高さは問題なさそうな感じでした。もうねちょっとねママが今グロッキーで、なのでちょっとね、今日はもうゆっくりシャワー入って寝ようかなと思います。はい、今うーちゃんとパパでシャワー入ってきました。お部屋のシャワーです。結構揺れてるんだけど、もう慣れた。ね、慣れたよね。ちなみにねテレビで見ると分かるんですけど、この上ぐらいのところを今運行してます。まだ仙台にもついてないですね。はい、もうね就寝モードです。もう死にかけです。立ってるとあんまり具合が良くありません。ふーちゃんも寝るで。はい、ということで寝ます。おやすみなさい。早いけど。はい、この音聞こえてるかな。11時40分ぐらいなんですけど、かなり風の音。風なのこれ。風っぽくないこの音。また揺れが。揺れがすごいね。なかなか伝わりづらいけど、風もあり、大しけだよね。ちょうどさっきぐらいから揺れてきたね。はい、おはようございます。お外はどうですか？もう目離せないぐらい気持ちいい。こんな感じです。はい、で今ですね向こう側に見えているのが青森県の鮫門っていうところらしいです。そう、うーちゃんあそこ青森だって。よかったね晴れて。昨日夜中すごかったんだよ、うーちゃん寝てる時。風がすごかったんで寝てるから全然気づかなかっただろうけど。どう？海きれい。これぐらいの揺れなら平気だね。意外と波が白いのがわかるかな。揺れてはいるんですよね。まだもうすぐ大間のあたりかな。でねこの辺はもうね電波が入らないんですけど、モバイル Wi-Fi も入らない。じゃあご飯でも食べ行こうか。まだ揺れてるよ。なんかこういうところで歩くと揺れがわかる。いいのかな？手袋ついた？ OK。パパのご飯、ママのご飯で、うーちゃんぴのご飯。なんとか外がもう少しで終わっちゃうから早く食べないと。うん。ああ、本当だね。
はい、今ですね帰ってきて歯磨きしたりしてゴロゴロタイムです。今ね時間が9時46分で到着予定時刻が1時30分なんでまだ約4時間ぐらいまだあります。そうだね、今ようやくオーマーこんな感じですね。相変わらず少し波はあるけど昨晩に比べたら全然マシです。はい、桃鉄です。ふーちゃん念願だね。先日ライブしてる時に北海道の勉強するなら桃鉄っていうコメントが結構あって、それいやそうだと思ってね急遽桃鉄やってます。目的地は宮城だね。宮城県ですか。北海道の勉強したんだけど北海道行けないね。さあ北海道を勉強しようと思ってるけど果たして北海道が目的地になることがあるのか。あれ目的地って名古屋だっけ。栄だもん。これ押していいの？新潟の魚沼や。もうすぐね北海道ってことでもうあの辺見えてる山が。多分向こうに見えてるちょっとうっすら見えてるのがもう北海道だと思います。12時半なんであと1時間ぐらい。もうすぐね到着なんですけど、このねフェリーの中で本当はね北海道のプランを立てようと思ってたんですが、意外とですね電波がね入らない。 Wi-Fi 持ってきてるんですけど、このね今晴れてて雲がなくても全然入らなかった。微妙には入るんだけどね、ちょっと待てば入るみたいな感じなんだけど、 Google マップで開きながら北海道を見て観光地検索しながらやるってなるとかなり大変だった。多分この中で計画するの難しいよね。あと編集しようとは思ったけど揺れがすごくてそれどころじゃなかったね。結構揺れてたからね。もうちょっとね通常っていうかさ穏やかだったらよかったけどね。そう割とこの部屋実は真ん中のお部屋取ってます。なんかいろいろ調べたら先端とかよりかはなるべく真ん中寄りの方が揺れないというのを検索してちょっと調べてて、で真ん中のお部屋を選んだんですけども、それでも結構揺れたよね。弱い人は難しいよ、そうだからねぜひねフェリーとかでね旅行こうかなって思ってる方はなるべく船に対して真ん中ら辺のお部屋を選ばれた方が揺れづらいということなので、揺れに弱い人はあんまりご飯を食べない方がいいです。腹5分目ぐらいの方がいいと思う。弱い人はね、弱い。意外と元気なのはうーちゃんということでね、到着前あと1時間ぐらいあるんですけど、最後のねお散歩に行ってみたいと思います。この船これがいい。うーちゃんパパチョコミントね。これゆうちゃんから。先うーちゃんからでいいよ。はい、今ですね最後のお散歩から帰ってきました。もう12時半回ってるからねショップは閉まってました。あれはやってたね展望浴場がね。で瞬時まで。そこの前に置いてあった自販機でアイス買ってきました。本日の入港予定時刻につきましてご案内申し上げます。定刻の13時30分を予定いたしております。はい、もうね到着します。でも到着したのかな。テトラポッテも見えてます。苫小牧市すごいね。もうすぐ船着くんじゃない？ここが北海道か。そうだね。初めて見るね。そうだよね。うーちゃん初北海道だね。パパもでもね1回しか来たことないんだよ。一回来たことある北海道。ママこっち側は初めて来た。ママは3回目北海道。3回も行ったことあるんだ。うーちゃんすごいじゃん初北海道。いろんな全国各地に行くスピードが異常で。はい、ということでねそろそろ準備をしちゃいます。何待ちですか？順番待ちです。ペットの人が先っぽかったから15分ぐらい待つみたいな感じだったね。ということで15分ぐらいは部屋で待機です。2階。階段ご利用のはい、今ですね、車に戻ってきました。今一応乗って準備できたんで、この後順番待ちでね、どんどん出ていきます。今日は出た後にこの近くにねヤマダ電機があるみたいなんで、一回ちょっとヤマダ電機行きます。IH のコンロをちょっと買いたいのと、あとねそうガスボンベカセット缶ですね、 CB 缶あれは持ってきてないんで、爪長いんでね持ってきてないんで、それをねヤマダ電機で買います。
あれはジンギスカン鍋があったら買って。あ、そうそうそう、あとジンギスカン鍋ね、これもあったら買います。あ、そうそう、燃料も入れとかないといけない。そんなに減ってないんですけど、なんかやっぱね、北海道走る時は燃料ガソスタでなるべくこまめに入れた方がいいっていうのをね、皆さんから教えてもらったので、そこはちょっと注意してね、給油してから行こうかなと思っております。はい、ということでね、そろそろうちらの順番かな。ちょこちょこもう出てきたから。じゃあどっちが先なんだろう。あの真ん中のレーンを先に通してからうちらかな。いやでも結構狭そうだよ、あそこなんか。出発です。ある。そう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 。え、これなんじゃこりゃ。登りよタクタクわら。結構明るそうだね。ね。お、よいしょ。見て、北海道ができてきた。北海道に上陸です。上陸。北海道に着いたよ。あ、いい天気じゃない、まあいいまあ。天気だ。北海道です。北海道です。うーちゃん初上陸です。まだナビがね追いついてないんだよね、大洗から。どっからどう行くんだ。あ、出口って書いてあった。行きますよ。無事に苫小牧入りです。ここからみんなナンバーが北海道のナンバーになる。室蘭だってみんな。道路が4車線。すごい。不思議、広い。めっちゃ広い。4車線だよ。そして風強い。 4車線ってなかなかなくない？ない。だってまっすぐで4車線だからね。謎。3車線から1個増えるじゃないからね、曲がる人だけ乗って。はい、で、そう、この後はそのままね高速に乗って帯広まで一気に行きますので、とりあえずね3時までに苫小牧出たかったんで、今2時55分だからギリギリかな。いや、今日はね初日にして走らなきゃいけないっていうミッションなんですよね。もう明日釧路行くんで、もう今日中に帯広まで行ってないとさすがにきついなと思って、今回そのね帯広十勝はもうね今日しか行けないんで、ほとんど多分行くことできないです。もうちょっとね休みがあと2日ぐらいあれば行けたんですけどね。今回は道東道北を集中的に攻めようと思ってて、なのでちょっと今日はね頑張って走る日です。ちなみに走る日はね全部で3日ぐらいありますんで、今日とあと2日ぐらいあります。いや、なんか途中かなり長いまっすぐの道を走ることがあるんで、そこもしかしたらママがついにハンドルを握る日が来るかもしれない。ペーパーゴール。免許はあるよ。あ、ちょうどいいところにスタンドがある。ここのスタンド寄ります。ほい。ボンちゃんにご飯を食べさせて行ってきます。壮大な景色。うん、なんかあれだったね。動物飛び出し注意のマークがキツネだったね。本当はね時間があれば全部下道でゆっくり行きたいけど、ちょっと移動日だけはもう高速駆使しないと。でもなんかさあれだよね、高速っぽくないよね。うん、全然ね。なんか一般道っぽいよね、道のこの雰囲気。なんか中央分離帯のところにさこんな木生えてないね。入ってない。これ何なの？風よけ？わかんない。確かに風強いね。風よけなのかな。もともと風が強い場所なのかもね、この辺自体。あ、横風注意って言ってますね。はい、ということでね横風を注意しながらあと170キロ走っていきたいと思います。はい、今ですね千歳川を過ぎたところなんですけども、多分下道とかねこれ走ってたらもっといいんでしょうけどね、景色が。でもねやっぱりね高速でも本当ね見える景色が全然違う。はい、こんな感じでですね、もうね高速マジでダダまっすぐ。でもまあ札幌からまだ近い方だからね、この辺は。まあまあね。うわすごいね。あ、鹿になったマークがここら辺は下鹿じゃん。飛び出しマークが鹿になりました。ってことは鹿が出るんだ。まあでも下道とか絶対いるよねこれ。いると思うよ。まだ高速だから大丈夫かなって思うけど、帯広ジャンクションだから87キロ。ナビの右側、この画面右側の方に次のインター何分何キロって出てるんですよ。でそれが大体ね6個ぐらい並んでるんですけど、関東圏の高速道路走ってる時ってこの6つまで出てるやつって大体近場なんで、まあ当たり前なんですけど、あと20分ぐらいで着きますよとかみたいなのがマックスで出てくるんですよ。でもこれ衝撃なのが5個目のね十勝平原サービスエリアっていうところまで1時間って書いてあって、1時間先のやつが今出てくるみたいな。79キロですからね。
この区間のまたはサービスエリアまたはパーキングまでの一個一個のこの範囲がめちゃくちゃ広い。はい、今ですね、トマムの方ですね。すごい雪がすごいめっちゃ残ってる上の方。まだね。でも下にもちょこちょこ雪が残ってる、そう今ね道中も脇とかに結構雪が残ってたりしてて、この辺やっぱ寒い。窓開けたら寒いもん。冷たい、うん、やっぱダウン必須。夜寒いんじゃない？夜は無理だね、うん、ないと無理だね。帯広まで56キロまで来た。ああだいぶ減ったね、うん、でも割とやっぱね横風強いんでそこはねちょっと注意しながらまた運転していきたいと思います。あ、なんか放牧されてる牛なのかな。はい、今ですね帯広ジャンクションまで来ました。まっすぐ行って、あ、これでも左行くと空港なんだね。広尾の空港だとまっすぐ行った後料金所までまた5キロぐらいあるんだね。料金所遠くない？まだまだ。はい、とりあえずね料金所まで着きました。これを降りて右側です。もうね5時半です。そう、もうねすっかり夕方です。これからねちょっと一軒だけ向かいたいところがあって、このね帯広のソウルフードとかね帯広グルメみたいな調べてみたらがなんかそのトンドンらしくて、そのトンドンの元祖のお店。トンで合ってんの？豚丼じゃなくてトン丼？あ、豚丼？知らない。トンまあいいや、丼なんていうの？とりあえず豚の丼です。そう、とりあえずその豚丼を買いに行きます。それがテイクアウトもできるらしいんで、なんとか滑り込んでテイクアウトだけして出てこようかなって。とりあえずそうすれば帯広の丼は食べれる。綺麗よ。いや、これぞ北海道って感じだね。あ、うん、風がすごいな。そう、風がねむちゃくちゃ強い。風速8メーターぐらいある。普通のなんでもないなんか平地なんですけどね。なんかねとりあえず苫小牧から帯広まで来たんですけど、それだけでもねもうざっくり180キロ、目的地まで着いたら多分200キロぐらいになります。ほらめっちゃ揺れてる。本当だ。何の木なんだ？なんだろうね。何の木なの？でにしてもすごくない？この風。木々を見てもらえればめっちゃ暴れとるで。おう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 。風がすごいね。これはこれでいいね。すごい街が綺麗。あと700メートルぐらい。とりあえずそのパンチョまでですね。ここを右に曲がるみたいですね。車通り多いね。多い。店どこだ？はい、こんな感じでねパンチョ無事に買えました。ちょっとだけ待つみたいなんで少しね離れてセイコーマートで、ね、先に買い物してきます。店内ね撮影禁止なんでここまでにしときます。はい、今ですねパンチョっていうところでトンドンと、あとねその間ねママたちはセコマで買い物してました。初めてのセコマ、トンドンのお店はねやっぱりねちょっと混んでそうだったんですけど、でもねお持ち帰りにしたら結構すぐ出してくれました。ちょっとだけ待ちましたけど全然。その間ねママたちはセコマに行ってて、でその後僕もね合流して今セコマに行ってました。今日はですねこの後十勝富士ホテルっていうところで貸し切り風呂ですね予約できたので、そこにね向かいたいと思います。一応予約時間は6時半以降であれば、ずれても大丈夫ですってことだったので1時間かなで予約しております。今6時15分なんで大体20分ぐらいで到着するということなので、今日はね温泉が確保できているので、ゆっくりに入れるかなと思います。でその後もそのすぐ近くで車中泊して、で明日は釧路に行こうかなと思ってます。帯広ではトンドンを買って十勝では温泉に入るだけというかなりハードスケジュールにはなってるんですけども、そこはねちょっとまた次回でも来れるかもしれないんで撮っておこうと思います。あとですね 1.6 キロぐらいです。だいぶねまだね風が強いです。これ多分この右側なのが先ほど橋を渡った十勝川っていう川なのかなと思います。この辺を右って書いてあるんだけど、これか。これを右に曲がりのもうもう到着のはずなんだけど、これじゃないの？それ？ほら書いてあるじゃん富士ホテルって。十勝富士ホテル。大丈夫です。ふゆちゃん大きいじゃん。こんな感じで大きいです。思ったより大きい。じゃあふゆちゃん温泉入ろうぜ。富士ホテルのピンクの温泉だところなんです。モール温泉っていうのすごいレアな、世界に2個しかない、2カ所しかないという温泉です。十勝とドイツです。
ね無事に到着して着替えも準備も終わりました。で先にねご飯食べたいんだけど、うーちゃんがコーヒー牛乳。さっきのねセイコーマートで買ったコーヒー牛乳です。牛乳飲めなかったからね。そう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 、上手上手。ママ飲まないでね。貴重なものなので高いのに。そうだよね、貴重だもんね。高いからね。どうですかお味は。グッドですか。美味しい。これ飲んでみる、うちらカツゲ。ということでママが買ってきた、これ北海道で売ってるやつなの。北海道限定商品。あ、ほんまや。あれみたいなもんだ。札幌クラシックみたいなもんや。うーちゃんもちょっと一口ちょうだい。いいよ、ちょっと飲んでみて。顔酸味があるね。そうだ、ちょっと酸っぱいピルクル。思ったよりはさっぱりしてる。まあそうだね、甘ったるくはないね。はい、じゃああとねこれセコマで買ってきたチーズ明太マカロニサラダ煮卵。これはね普通のセブンで買ったやつ、蒸し鶏のサラダ。はい、であとはメインですね、元祖トンドンパンチョウ。風めっちゃすごい。車揺れる。吹いてる。かなりね風が強いんですよね、結構ね車がね揺れる。揺れる。揺れてないほら、風で揺れてる。じゃあこれ以上のラインナップであと札幌クラシック。よしよし、じゃあいただきますしましょう。オープンしちゃう。これペースが乗ってる。へえ、面白い。見えるかな。めっちゃ美味しそう。トンドン。でもママね、まだね船酔いを引きずってて体が揺れてる。今日のお供、はい、今日のね札幌クラシック。北海道限定ちゃんと書いてありますからね。まあ北海道来たらねまずこれで販売しないと。北海道と信じられない。信じられないね。確かにね船乗ってきちゃったからね。はい、乾杯。北海道で乾杯。北海道乾杯。初日です。ちょっとなんでうわどういうの。うまい。すごい。この赤いの辛いのかな。わお。おお。早速見てみます。タレがちゃんとすごいかかってる。うまっ。うまい。出来たてから少し時間経っちゃったけど。柔らか柔らかい。あ、うまいなこれ。止まらうまないいね。よ止まらい。ないよ、セコマみたいなところないか聞いて。はい、ということで今日のですねコメントテーマ、このね北海道ならセイコーマートみたいな、こういうなんかちょっとここの県ならここみたいなお店で、ちょっとコンビニに近いような、まあコンビニであればコンビニ、コンビニじゃなくてもまあなんかこう何店舗か県にある販売店とかお店、ぜひね皆様が住んでいるところ、知ってるところ、行ったことあるところ、ぜひね、コメント欄で教えてください。神奈川、千葉、埼玉に出店してるっていうのがナチュラルローソン。ナチュラルローソンってあれだよね。あと茶色い都内か看板だよね。僕らのところで言うとこういう感じのものかな。うんちゃんでもお肉食べやすいねそれ。なんかでも調べたら帯広は豚丼が有名で、お店自体はそのパンチョそんな大きくはないんだよね。大きいお店ではないんだけれども元祖と呼ばれてるだけあってめちゃくちゃ美味しい。で何よりね、持ち帰りがね。そうテイクアウトができるんで。聞こえるかなこの音。車が揺れるぐらい。洗面所のペンギンを見れば分かる。揺れてるね意外と。結構揺れてるよ。すごいここさ、外の風が冷蔵庫の下から吹いてる。みーちゃん冷たかった？ヒヤッとする冷たかった？何回も言うけど冷たいよ。なんかねセコマで買ってきたプリン、それからガラナからセコマアイス。いいよそのメロンで。北海道メロンと卵プリンとガラナ。ガラナって何？ガラナです。これセコマの限定？それとも北海道ガラナ？北海道。ママも飲むよ。パパがガラナを飲んでる。美味しい。なんて言えばいいんだろうな。でもレッドブル。味を表現するのは難しいけど普通に美味しいです。レッドブルだな。レッドブルのちょっと炭酸強い版かな。レッドブルのちょっと味薄い版じゃない。あ、そういうこと。ちなみにこれはお菓子ボックスです。この中にお菓子が入ってます。これはセイコーマートのグループ会社が作ってる。プリン書いてあったよ。ってことでこれもセコマ商品です。どう？そのメロン味のアイス。美味しい。寒い。ちょっと寒かった。意外と車内も寒いよ。
ピンポイント外気温。はい、外気温です。なんと9度下回ってます。体感は2度ぐらいです。夏の装いすぎるのかな、うちらが。いやパパ今マジあれだからね、半袖半ズボンだから。ママも半袖だから。うちゃんだけ長袖。半ズボンだよ、ちなみに室内温度は 22.8 度、湿度 27% だからかなり乾燥してます。ヒーターつけて FF ヒーター、だから外は寒いけど中は全然ぬっくぬくです。ヒーターマックスでつけているかい。ここにさこうやって足をつけるとマジだったか。この FF の出口がねちょうどママの今足の裏あたりにあるんだけど、ここマジあったかい。あんま出てきてないから寒い。うーちゃん食べてる時幸せそうだね。あーすごい自然なクーラーが下から流れてくるの。はい、ということで今日はね久々にポンちゃんで寝ます。2週間ぶりぐらいかな。で昨日はね移動してほらフェリー乗っちゃったからフェリー寝てたんで、ということでね久々のうーちゃんですかこういっぱい転がってる。じゃあどちらかってるよ。久々のベッドです。はい、うーちゃんマンは早く歯磨きしてください。はい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 、止めてください。パパが出てきます。ようこそ。はい、寝ますよ。はい、時刻はねまだ10時40分。もう寝ます。今日は。じゃあ明日は6時起きです。じゃあうーちゃんおやすみ。おやすみおいちゃん。はい、おはようございます。今ですね、6時5分、湿度が 20.3 度、湿度 35% です。室温はね、だいぶ快適な温度で眠れました。湿度に関してはね、結構 FF が炊いてるのもあって乾燥してます。でちなみに、外気温が4月の28日ですけども、外は9度とかなり寒いです。はい、ということでね、今日も起きて準備してきます。朝やで。取らないでください。朝やで。おいちゃんも朝やで。はい。今日はね朝ごはんをゆっくり車内では食べず移動しながら食べます。まだね釧路までね2時間ぐらいかかるので先にね運転しようかなと思ってます。時刻が7時15分。おいちゃん前来る。ちょっとね準備して、もうねすぐ運転しようかなと思います。はい、今ですね出発しました。で、今日はですね釧路の方に向かっていこうかなと思っております。まずね釧路のね有名な市場、あそこまでねちょっとまず行って、でそれからちょっとまた時間見ながら釧路湿原とかねそっちの方も行けたらいいなと思ってます。それで今日はちょっと朝早めの出発です。7時半過ぎぐらいに出発で、朝ごはんはこの度朝行動することが多いので多分朝移動中に食べるっていう感じになるかな。そうだね。で今日は、釧路ね、ちょっと回りたいなと思ってて、そのね午前中パーッと移動しなきゃいけないんで、早め行動です。先ほどからねだいぶ広大な景色が見えております。ザ北海道って感じ。もうなんか北海道ならではの土地って感じの、あんまないもんね、こういう道。実際運転してるとこれがずーっと続くんで、ずーっとまっすぐみたいな、面白いですよね、北海道ならでは。昨日とね同じように今日もねちょっとね風が強いです。その旗とか見てもらうと分かるんですけど、割とね風が強いです。キャンピングカーね結構横に持ってかれたりとかもしますんで、その辺はね気をつけて、運転していきたいなと。はい、今ですね阿寒インターチェンジを見ました。なんか無料区間の高速みたいなところでしばらく走ってました。でここを右に曲がって釧路方面、もうでも釧路市に入ってるみたいなんでだいぶ走りました。2時間ぐらい。8時46分、1時間ちょいじゃない。北海道長い長い長い。風が時折ピュンと降るし。釧路まで来ましたけど釧路でも風が強い。ここからはあと24キロでとりあえずね釧路のその市場まで行けますので、まずはそこまで頑張っていきたいと思います。まだそんなに動物に出会わないね。はい、あと
880メーターで到着します。あ、セセイコーマートいっぱいあるやん。セブンもあるやん。あ、セブンとセイコーマートの勢力が同じぐらいだね。こっちに来てファミリーマートとローソンを全く見なくなった。これ車庫あるよね。なんか車庫あったっぽいんだけど、駐車場か。なんかあれだね、意外と駅前だね。昨日も駅前で。で、これを右に曲がれば、あ、この和商、多分ここだと思う。セコマがくっついてるよ。マジ？およそ100メートル先。あらら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 。地下駐車場か。いや、なんか今左側の方に駐車場があったような気がする。あ、ほら、あの目の前のところなんか駐車場っぽくない？まさかの緊急事態。タイムズ。車庫がない疑惑。パーキングみたいなやつないかな、どっか。これなんかパーキングっぽくない？聞いて聞いてみようか。受付窓口。はい、今入れたんですけど、なんとですね、普通車サイズのキャンピングカーであっても1時間600円というめちゃめちゃ高額です。買い物してもお金取られるの？うん、関係ない。普通車だと100円なんだよね、30分。タンカーには優しくない。うん、全く優しくないですね。普通車に止めながらもお値段だけ高くなるという。ただね、ここしかないっす。あとね、地下なんですよ、駐車場が。なんでもうこれはもうしょうがない。まあ1時間で帰ってくればそんな大した金額じゃないから。用意ドンです。そう、用意ドンです。さあ、到着しましたので行きます。こんな感じですね、駐車場。こんな感じです。勝手丼。あ、そっちにもある。縁側だってカバンもらえばいいじゃん。うん、あ、それ縁側一つと、すごいね。いっぱいある。カレーがこのパンカカ、サメガレンと油カレー全部4種類。カレーが多いんだね。すいません、お会計こちらで。はい。大丈夫？これ何買ったか覚えてる？これはお刺身。これと勝手丼かのやつ。これがアサリ。セイコーマートで買ってきたから。はい、今ですね、これ和商っていうのかなの釧路の市場ですね、行ってきました。また後でね説明しようかなと思ってるんですけど、今日の夜食べるお刺身と、あとお昼のね勝手丼がね、僕ら勝手丼って今まで何回か見たことあるんですけど、基本やっぱ現地でね食べるのがスタンダードなのかなと思ってて、今まであんまりね挑戦してこなかったんですよ。で今日もね9時半に行ったからまだねそんなお腹空いてないんだよなと思いながら勝手丼を見てたら、どうやらねお持ち帰りできるって言われて、でそのキャンピングカーで来てるって話してて、あ、それだったら全然冷蔵庫とか入れといてもらえればみたいな感じで、勝手丼をそのパックに乗っけて入れてラップしてもらって、刺身の部分だけね、そのパックにしてもらったんで、冷蔵庫なんかそのまま入れとけば、まあ、お昼にね、外のご飯みたいなやつだけ買っといて、でその上に乗っけて食べるみたいな、そのパックで今日買ってきました。お昼はねそれ食べようかなと思ってます。そう、意外とね動画も撮らせてくれたし、おまけもいただいて、あ、そうそう、おまけもくれた。すごいいいお店でした。ちょうどね今スタンドがあるんで、ちょっとスタンド寄りますね。北海道を旅するならね、スタンドはねこまめに行った方がいいってね、皆さんそう言うのでちょっと行ってきます。経由ですと。今ですね、ボンちゃんの燃料を入れてきました。ついにね、ボンちゃんリッター10キロです。スタッドレスに変えてからね、あんまりねちょっと伸びてなかったんですけど、今日は多分ね下道だからかな、渋滞なくずっと突っ切ってるんで、そこが大きく響いたのがリッター10キロ達成です。31.5 リッター入って315キロだったから、ぴったりのリッター10キロで、この後ですね14キロぐらいだからそんなに離れてないですね、釧路湿原まで。あ、不思議だね。縦の信号で左斜め行っていいよっていう不思議な感覚だわ。はい、今ね横見えてるかと思うんですけど、多分この辺があれなのかな、釧路湿原なのかな。こんな感じで本当にね湿原、まあなんだろう、これなんて言えばいいんだろう。めっちゃ大地が広がってます。お店できてるのは右側だけなんですけど、これね左側もね同じ景色がずっと続いてます。でこの先2キロぐらい行くとその展望台なんですけど、もうねすでにそんな感じな雰囲気が出てます。右も左も同じような大地が広がってます。おお、これだ、釧路湿原国立公園。
国立公園。そうね、国立公園って聞くとなんかアメリカのなんかそういう日本にも国立公園あるんだ。日本の国立公園なんて来るの初めてじゃん。日本のっていうか国立公園に来るのが初めてじゃん。あ、ここか、ここです。ここから見えんでしょ、この上から。そういうことりあえずね着いたので駐車場に車止めて向かっていきたいと思います。お、いいね、今日はガラガラや。とりあえずね到着したんで車止めて行きます。あそこですね、釧路湿原展望台です。今日はね人も少なくてラッキーです。と。お、いいね。うん、本当だね。こんな感じで歩けるみたいです。すごいね、ゆっくり歩いて1時間だって。お、すごいすごい。お、すごいね。ね。これ出れるの？すごいね。いや、すごいです。一面こんな感じ。はい、ということでね、ここからですね1時間ぐらい歩いて来れるみたいです。ヒグマ出没注意って書かれてる。うん、ヒグマ出没注意。本当にどの辺だろう。でもまだ先だね。まあでも熊よけの鈴貸し出ししています。でもこれさ、これほらぐるって回るからさ、内側にはいないんでしょ。いないんじゃない？真ん中って言うんだよ。わかんないけど。こんな感じですね。湿原なんて初めてだね。初めてだね。広大すぎるよね。階段です。おお、すごいね。うん。わ、すごいね、なんか。いや、すんごい。わあ、すごいね。道が歩きづらい。ふーちゃんとママは何を話しているのか。吊り橋。足が高い。多分マイクが拾ってると思います。こんなに高くかな。割と揺れるね。いや、パパが歩いてるだけでうちらの方も揺れるよ。うーちゃん楽しい。混みすぎた。どこを回ればいいの？そのための携帯。このままぐるーっていけんじゃん。日本一広い湿原ですね。うん。なんか結構あれだね、階段がぐにゃぐにゃし、階段がね、なかなかです。一回お茶休憩。はい、一旦ね休憩が終わってまた歩き出しました。これね、日本一広い釧路湿原です。でちなみに大きさが東京ドームでいうと6100個分ぐらいだったかな、約。まあ6100個分って言われてもね、もう想像がつかない大きさですけど。階段のこの傾きは一体何？わかんないよ。なんだろうね。造形美。外れてるところもあるのかな。半分は来てる。半分来てる。ほら、本当だ。この辺じゃない？昔は湿原は海だったらしいです。ここはあれだね。なんか倒れちゃったんだね。なんかね。もうね、向こう側までずっと続いてる。でもさ、なんかさ、もうここまで来るとさ、熊だけじゃなくてヘビとかもいろんなのいそうだよね。いや、いるだろ。もうでもすごいね。こんなとこ行けんよ、他に。あ、でも人がいたわ。また上りの階段だ。いや、でも北海道って自然豊かだね。もうちょっとかうわ、危ない。な。ここ何？びっくりした。あ、グラグラなの？グラグラってもんじゃない。違う、パパが。おう。シーソーになってる。あそこからもなんか見えそうだ。展望台になってる。わあ、広がってる。ここがサテライト展望台らしい。すごいね。いや、すごいわ。すごい。なんかアフリカみたい。知らないけど。うわ、すげえ。なんかさ、サバンナみたいなさ。うん。めっちゃ広大だね、これ。やばいよ。でもじゃがいもってなんだよね。ザ北海道の
場所でした。まあ、あとね車まで多分ちょっとだと思う。なんかあれだよね、ところどころ抜けてるよね。抜けてる。こんな感じで。ウェディングフォト撮るんだここで。ゆっくり行こう。すごい、目の前に鹿がいた。鹿がいる。びっくり。鹿さんです。普通に歩道を歩いてます。すごいね、こんな道路近くでもいるんだ。一匹ってことはもう一匹いるのかな。どうなんだろうね。お、そっちにもいるよ。もう一匹いた。こっちにもいた。ね、なんか足音聞こえたのよさっき。だからもう一匹いるのかなって。どうだろう。行っていいのかな。通ります。すいません。あ、写真撮っとこう。よし、写真撮って。鹿さんに囲まれる。あ、大丈夫だよ。食べてるだけだから。鹿さんもびっくりしてる。ちょそっち行きたいんだ私は。鹿さんバイバイ。だね、バイバイ。ここの辺で見ててもいいよ。あー、鹿に会うと思っていない。ね、こんなとこにいると思わなかったね。あんなに間近は初めてじゃない？よし、無事に駐車場まで帰ってきました。楽しかったじゃん。帰りはね、鹿さんに会えたね。あっちによし、無住んでた。事駐車場に戻ってきました。よかったね、うーちゃん、鹿さんいて。はい、今ですね、車に戻ってきました。で、これからね、さっき買ったの勝手丼かを食べてからね、行こうかなと思います。旅の時はね、こんな感じでブルブルをセットしてます。1個1分半なんだよな。こちらね、今日買ってきた勝手丼の中身で、やっぱメインはね、このグラとウニかな。桜マス、タンタカ。あ、そう、タンタカ、まあ、一通り美味しそうなものは全て買ってきました。イカもあるよ。あ、今大丈夫。サーモン2枚になってるよ。ママたちはそっち使うの？乗せられない。はい、できました。かなりの欲張り丼。若干乗り切らんかったからこれはバラで食べようかなと思います。ママのはやばい。パパのと違うの、ネギトロが入ってる。ネギトロ。あとは一緒かな、基本は。うーちゃんはなんか癖のある入れ方をしております。そう。よし、じゃあいただきます。うまっ。うまっ。食べさせて。でもいいよね。朝いっぱいあるうちにってさ、車に冷蔵庫で入れといてさ、お昼にこうやって食べると。柚子が効くからいい。うーちゃんが好きなの。はい、今ですね、釧路湿原展望台ですねを出発しました。すごいね、広大な土地でしたね、釧路湿原公園。結構多分ね、季節によってこの景色が変わるんじゃないかな。今時期だとすごい荒野みたいな感じだけど、 YouTube で見た時はすごい真緑だったから、多分夏になると生い茂るのかな。はい、で今日はこれからですね、福塚佐っていう日本酒のね酒造さんに行きたいと思います。あと300メーターほど。あ、ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウのめっちゃ数？ここですね、福塚佐っていうところですね。今営業中って書いてあるんで、あそこから入っていきたいと思います。福塚佐でお酒を買ってきました。直売所だからそのまんまできたものが並んでるんだろうけど、お店自体はそんなに大きくないね。っていうか、蔵元が大きいから、だからね。温泉に行く前に一回買い物に行きます。でその後ね、お風呂に行こうかなと思っております。お風呂は家族風呂が予約が取れたみたいなので、で時間になったら家族風呂に行きたいと思います。ハンドラックだ。ここから入る。おー、すごいね。わお、えぐれてる。着いたので買い物してきます。はい、今ですね、買い物の方行ってきました。もうあと数分で貸し切れ風呂の時間になっちゃうんで、ちょっと急ぎ目で向かいます。あと500メートル。どこへ？24時間パーキング。これか。いける？
ということで車が止められなかったので目の前にある湖畔駐車場に止めました。はい、こんな感じでね、到着です。ここですね、ビジネスホテルの中で家族があったので予約しました。はい、こんな感じの家族風呂です。すごい部屋が綺麗。で、お風呂がこんな感じですね。そこまで大きくはないですけど、まあ十分ですね。洗面所もついてます。一応ね、トイレもこれついてます。トイレもあります。よし、でこう。びっくりするほどの湯船の熱さ、皮膚が痛い。すっげえ暑かったよ。かなり激アツだった。もう部屋は綺麗なんだけど。はい、ということで、今日はねこれからですね、厚岸の方までねちょっと走ろうかなと思ってます。まあ1時間ぐらいですかね大体。で明日はね根室に行こうかなと思ってるんで、まあ多少ねここから近くはなるかな。釧路よりか厚岸の方が根室近いんで多少はね移動しておきます。多分今ここね釧路湿原のとこ抜けてたのかな。すごいもうこのような風景がねずっと続いてます先ほどから。でさっきね野生だと思うんだけど鹿が結構いたよ。この辺ねよく見るとねちゃんと網がしてあるんですよね。だからやっぱ多分飛び出てきちゃうんだろうね。多分今日午前中に行った釧路湿原展望台から見えてた景色がまさにこれなんだろうなと思います。なかなかこれはこれで見ることないからすごい荒野みたいな感じなんですよね。日本じゃないみたい。あほらこういうとことかすごい綺麗。すごいね。だからね北海道はねこういう道走ってるだけでも楽しいですね。もう普段走れないねこんなところ。はい、今ですね、走ってたら右側に海岸が見えてきました。これ太平洋かな。こっちはいきなり海だ。めちゃめちゃ湿原みたいなとこ走ってたなと思ったら今度は海です。すげえな景色。厚岸の方ですね今。すごいね。目の前も海だ。まあ海沿いだからやっぱ風は強いね。ここら辺のね道の駅ね何がすごいって車中泊利用 OK ですって書いてある。その代わり長期滞在しないでくださいって書いてある。昨日長期滞在とは車中泊はウェルカムってことね。そうよしじゃあ到着です。厚岸グルメパーク。およそ200メートル先右方向でかいな。その先おー景色いいんじゃない。 20% です。すごーい。はい、とりあえずね着いたので準備します。はい、今日はねメインテーブル出します。おちゃん後ろで待機中。サラダあとサラダぐらいかな。インスタントの味噌汁です。煮込みザンギ。何かもういろんな色だね。今日は大したものは作りません。じゃないの。あ、アサリか。あ、アサリもあるわ。黄色も入れとく。入れてあるよ。うわ、でっかいアサリさん。このサイズでかくない？今日ね買ってきた日本酒福塚さんの純米大吟醸高校無比アサリ酒蒸しに使います。そのお酒で美味しいの？美味しいんじゃないかな。そうそう。お、なんかいきなり出てきた。面白い。こちらですね今日のご飯です。お刺身が2種類カレイとあともう一つね本命なんちゃらって方とあとザンギあとトースターで温めてあとサラダ、あとこれもね北海道のアサリでっかいアサリです。厚岸あ、じゃあちょうどここか。厚岸だ。ちょっと今入れるとこのやつっていいです。で、ご飯とね、味噌汁はインスタントです。まあ十分でしょう。よしじゃあ食べよう。パパは今日ねこの昨日のセコマの残りのガラだから飲みます。ちょっとね今日ねあんまり体調が良くなくてなんか
発火すると嫌なんで今日はお酒飲まずに禁止だよ。ガラナです。じゃあ乾杯しよいいよ。札幌クラシック。う。うまいよねでも札幌クラシック。よし、じゃあういちゃんも持ってください。乾杯。じゃあ乾杯。お疲れ様。いただきます。はい、いただきます。いただきます。まずカレーから食べてみようかじゃあ残機から。な。トースターで焼いたからカリカリしてる。このカレーうまい。黄身があって肉厚。うーちゃんザサラダ。うまいなこれ。じゃあすみませんが先に一人でお始めます。はい、こちらですね。今回買ってきた日本酒が福塚さんの大吟醸。これなんて読むんだ、芳醇無比かな。1本で3000円ぐらいしたんで結構お高い。我が家にとっても高級な日本酒です。結構日本酒の香りが強い感じ。そうなんだ。いただきます。飲みやすいね。美味しいよ。飲みやすくて結構スーッといくけど、でも日本酒は日本酒の結構匂いというか香りがする。確かに香りが強いよね。辛くはない。美味しい。身が分厚くない？厚くない？結構大きい。美味しそうだねこれ。美味しそう。日本酒だな。うまい。じゃあ日本酒に合う味。唐揚げ美味しい？ザンギ。唐揚げと何が違うんだろう。あ、ザンギ。これ結局唐揚げなの。まあ、定義は唐揚げ、定義っていうかまあ唐揚げは唐揚げなんじゃん。竜田揚げと何が違うの？なんかね、小麦粉か片栗粉かわかんない。じゃあ今日のコメントテーマは、うん竜田揚げと、唐揚げと、ザンギ、あとその他、その似た他、ようなそう唐揚げっぽい唐揚げで地方でもしあれば教えてください。自分のところはこういう感じですみたいな。そううちはザンギですとか、うちは唐揚げですとか、うちは竜田揚げですみたいなか、あとまた違うのがあればそれも、ぜひ皆さんの住んでいるところの唐揚げ事そう情。唐揚げ事情、いわゆる唐揚げ事情、ぜひねコメントで教えてください。今日はねデザートあるんだよね。まだ見せてないから内緒だよパパに。ねあんまり飲みすぎるとまたデザート食べる。洗い物を終えてお座敷にしておのおのの時間になりました。ママはまだ飲み途中のビールを飲みながらちょっとまったり。パパはちょっと寝ている。寝ぼすけです。今日はパパに秘密のデザートがあります。本当だよね。秘密のデザートあるのにね。パパにね。龍月っていうのらしいよ。さっき買ってきました。あ、パンダだけどこれは杏仁豆腐。ママが食べようと思って買った。本当だ、ペンギンだ。ペンギンこれ何？ケーキ？ケーキうちゃん食べよ食べよう。これを見た瞬間にウーチャンネルと言ったらペンギンじゃん。可愛くて買ってきちゃった。チュルチュルなペンギンになっちゃった。これ食べたら歯磨いて寝る体勢に入ろうか。う。ベッドの窓見てきてごらん。開けて。なんか開けてあるかな。ね、綺麗でしょ？もう少し夕方だったら綺麗と思うよ。はい、うーちゃんちょっとどいて。見えるかな？ここが窓から見える景色です。遅くなるたびに電気が消えてくるのも綺麗じゃない？そうだね。朝も多分綺麗だと思うよ。海が見えて。ねえよ。じゃあ休み。おやすみ。はい、今ですね、7時24分。室温が 21.6 度。湿度がね、52% です。だいぶカラッカラです。FF 炊いてるからか、めちゃめちゃ喉がね、痛くなるぐらいね、乾燥してます。なのでね、そう、また朝入れ直したけど、加湿器入れてます。この数日間ね、ちょっと FF で喉が痛いです。久々になんか。たまにね FF つけると日にちが喉の感じで、まあね、今日もちょっとだいぶ走んなきゃいけないので、スタスタ準備して、出発したいと思います。じゃあおはよおはよう。今鯉のぼり見てます。う。鯉のぼり見えた？こんな感じで見えるかな。ああ、ちょっとでもあれだね、曇っちゃってるね。海が向こう側に、雨じゃなくてよかったね。おはようございます。
外に出るとこんな綺麗な朝の景色が見れます。車も後ろからねこの景色が見える。いやーすごいね。ちなみに我が車はこんな感じで止めさせてもらっておりました。ちっちゃい遊具もある。はい、今回ですねやっぱ長旅なのでちょっと出発前に一回データを入れ直してます。データの移送をこの SSD にしてます。3ディスクの、メモリーカードと3ディスクの SSD を使ってます。あとねこれ今最近ね iPhone もうかなり使うようになったんで iPhone のデータもね同時にねデータを移してます。でこの間ねうーちゃんとママは、お外の公園で遊んでます。うーちゃんたちはあそこ、活発ですね。うーちゃんは元気元気でこれが終わったらね根室まで出発します。うーちゃんめっちゃぴょんぴょんしてる。ちなみに外外気温8度しかないんで結構寒いです。うーちゃん開放中。はいはいはい早いはい、今ですね出発しました。はい、で今日はですね根室の方まで向かいます。野サップ岬だったかな。それで最東端に行ってでそれからまた別日でね最北端もね行こうと思ってますんで今日はね最東端に向かっていきたいと思います。でその後は根室ねちょっと何も考えてないんでまた向こう着いてから考えようかなと思ってます。すごい鹿注意って書いてある道路に。鹿出るよね。すごいね道路に書いてあるってなかなかだね。次の交差点曲がってくださいが76キロだからね。そうだよ。76キロ先を曲がるんだよ。すごい。本当に北海道すごいな。海？何川だ水？川か、釣りしてる人もちらほら。何が釣れないの？どうなんだろうね。木はこれよく見たらさ線路が走ってるね。今鹿いたよね。どこ？どこ？鹿みたいのいたよ。どっちに？こっち。本当？そっちにいた？ちらって鹿いたよ。本当に？これねせっかくね、北海道に来たのでセコマで朝ごはんも買いました。セコマ率めっちゃだけ。普通のコンビニ行くよりかセコマにしか行ってないね今のところ。一回セブン行ったか。それ以外全部セコマか。今日はね朝ごはんもセコマで購入です。じゃあ行こう。あとですね、38キロぐらい。結構走ってるね。半分はもう過ぎた。ここも道の駅なの。白鳥見えるのかなこの辺。あそこなんか湖。そうここ来るちょっとぐらい前にキツネっぽいのとあと鹿はいっぱい見た。鹿横断してたね。そうこう書いてあった。エゾシカ横断注意って書いてあった。この辺入ってからすっごいやたらと鹿注意のあれがいっぱい来る、ね、見えてる。そして寒い。今日はねダウンがないと。そう根室の方はね最低5度、最高9度、かなり寒いです。ゴールデンウィークとは思えないほど寒いです。であとね風もあるからねその辺もね踏まえるとやっぱ今日はかなり寒く感じると思う。湖がねはい、今ですね18キロのところまで来たんですけど右が多分太平洋で左が沼なんかで、要は水に囲まれている状態になってる。そうこの間の道はちょうど囲まれてる。そして風が強い。風力発電機。風が強いのかなやっぱりこの辺。この辺風強いよねなんか。はい、今ですね野サップ市に入りました。もう間もなくですね、野サップ岬日本本土最東端ですね。すごい端っこだなっていう感じがしますね。なんか西に行った時は割とそんな感じしなかったんで、ここ最西端なんだみたいな。この野サップ岬の最東端っていう感じはものすごくする。ものすごくね端に来たなっていうのを感じる。すごいね。すごい端っこ。ここが東の果てだ。なるほどね。この辺はやっぱね北方領土のことがすごい書かれてますね。いやーすごい。ここが野サップ岬灯台、日本最東端の地ですね。風がすごい。ダウン持ってきて正解だった。最果ての地です。風すごっ。
寒い。ダウン着たらまあまあ。うん。本土最東端。本土最東端の灯台です。あれが北方領土だ。あの目の前に見えてる。何見えてる？何？あの島。だってわずか 3.7 キロしかないんだって。え、あれか。うん。すごいね。これは何だ？ここは何だ？休憩スポット。風が強く吹く場所なので。このね、見えてるかわかんないですけど、いやーすごいね。奥に見えてるのが北方領土です。すごいなんかこう考えるものがあるなと思います。いや、寒い。めちゃくちゃ寒い。でも北方間だよこっち。そこかな。あ、でも北方領土。あれじゃない？ここは多分北方間なので北方領土について書いてある場所なんじゃない？あ、そういうこと？うん。そうだね。ね。奪還なもんね。島を返せとかね。そう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 。この辺は言葉が強いよね。呼びかけてる。なるほどだね。ラウスヤム、国後島。ほら、やっぱりこれ見えてるのがそうでしょ。うん。現在地。貝殻島さ見える。そうだね。あ、どこどこにいると島が見えますってことやな。あ、ここか。一番近貝いのが殻島だよ。貝殻島。3.7 キロ。あれか。うん、やっぱそうだ。あれで。あ、関東側に住んでたら見ることがないからね。でここまで来て初めて確かに目の前に島あるわと思うよ。実際目の前にしてね、北海道にいながらそれが見える距離に確かにある。北方領土、まあ難しい問題だよね。ふーちゃんは鐘鳴らす？希望の鐘。思ったより音でかかった。寒い。寄せられた石を突きこれつむ。多い。 47都道府県分あるってこと？神奈川あった。普通。神奈川？うん。火がボーボーしてる。こっちでした。架け橋。寒い。4キロの架け橋。寒い。冬だよここ。真冬なんてどうなっちゃうのここ。もう5月になるのにさ、これだよ。タウンでも寒いんだって。寒い。頭の。じゃあパパが行ってくるそうです。よいしょ。あ、めちゃくちゃ寒い。資料館がやってるよ。資料館がちょうどこれですね。はい、あ、お願いします。はい、どうも。今日本本土4局最東端到達証明書をいただきました。なんか無料でいただきました。もらえた？はい。おお。こちらですね。日本本土4局最東端出発訪問到達証明書です。長えな。西の次にね、東をゲットしました。お、裏ちゃんとこれだからやっぱ繋がるんだよね。ね。行くよ。はい。はい、今ですね、のっぷ岬、日本本土最東端の岬に行ってきました。最西端もね行ったんですけど、最西端とのね大きな違いはやっぱり北方領土かな。ここね入ってからすごい北方領土のことについてやっぱいろんなところで書かれてたり、石碑があったり、資料館があったりとか、やっぱちょっとこの雰囲気がまた少し違うのかなと。最西端の方は結構あっさりしてたよね。最東端に関してはやっぱりいろんなものをね考えさせられる場所かなと。なかなかねやっぱ普通にね、僕らね神奈川で生まれ育ってずっとね暮らしてきましたけど、一応歴史のね勉強上の中では北方領土のこともね当然勉強はするんですけども、やっぱりこうなんか言われてもしっくりこないっていうか、目の前にやっぱあるもんじゃないからこう分かってはいるけどね、事の大きさというかあんまり肌に感じることがないという。実際やっぱね目の前にすると確かにこんなに近くなのに日本じゃないんだっていうふうには思う。もちろんね歴史の背景にはねいろいろね諸説あるだろうから断言することはできないんだけれども、だからなんかこうすごいね考えるところもあるかなと思います。北方領土がすごく身近に感じた瞬間だったね。うん、はい。まあねそんなところでもありました。でゴールデンウィークにね来る方ね、ぜひともダウン持ってきてください。5度しかないのに風量の
今ね風がめちゃくちゃ強いから寒いんで防寒具着てちゃんと着ていただいた方が安全かなと思います。で今日はですねこれから1時間ぐらいまた走りまして今から名護伊東牧場っていうところまでね、行きたいと思います。結構ねこの辺はね景色もいいんでそのままねこうダーッと走ってるのもいいんですけど明日のね行く場所とかも考えつつ道っていうわけでもないけどちょっと外れてるけどまあ大丈夫でしょう。おすごいね、なんだあれ沼この辺沼だね。これはでも右側はあれだねオホーツク海だ。右は海になってる。左は沼。オホーツク海か初めて見たね。本当だオホーツク海や。はいということでね気をつけて、牧場までね行ってみたいと思います。はい今ですねここマルシェでキッチンで買い物してきました。あんまりね見かけないスーパーです。で今ですね買い物を少ししてきましてもんちゃんもね燃料入れてきたのでこれでね、満タンです。割と思ってたよりもねガソリンスタンドはあるように感じております。でただですね途中、何十キロもねまっすぐ走るようなところだと確かに何もなかったりするので、一応念のためね早めにガソリンを入れております。半分切らないうちに先に入れちゃいますね。で、牧場まではちょっとね1時間ぐらいなんだかんだ時間使っちゃったんでずれ込みそうです。二次着、今ですねあと残りね 1.5 キロということでもうすぐね間もなく着くかなと思います。あそこじゃない？ももちゃんがいっぱいステーキ&ハンバーグ。目的地の天気は到着しました。雨ヤギヤギさんもいるね。よし到着。ご飯は向こう。いた？いろいろ見てかわいいわ。寒いからね。やってるよ。ビーフシチューも美味しそう。今日は空いてていい？いいよ。そのパン一つちょうだい。食べてからですか？お肉がさ、みーちゃんどう？美味しい？チーズハンバーグ。これが楽しい。中もちみちだ。柔らかい。今ねご飯食べて今度はそう一応ね聞いたらそのまま入っちゃっていいみたいです。でふーちゃんがこれからお馬さんにご飯をあげるらしい。そういう感じね。ちゃんと閉めて。よし OK。 ヤギがもうすぐそこにいた。ふーちゃんこんにちはって言ってるよ。どこに何がいいんだろうね。あ向こうにもいるじゃん。あれがお馬さんでこれお馬さんにあげれるんだって。これお馬さんだけ。あそうなんだ。ヤギにあげれないんだ。すごいところに羊がいる。豚さん。本当だ。本当だ。豚でかい。あれ一人違うのに。あれヤギが向こう行っちゃった。なんかすごいね貸し切りの牧場みたいだね。ボッコ。あ来た。かわいい。見てます。できたよ。パパってパパカメラ食べられるよ。パパが怖い。大きいね。大きいこの馬。大きいお馬さんじゃないあれ。パパさんじゃね。ちゃんとあげれた？あとの動物見て帰ろうか。今出てきちゃった。豚さんも鼻いいのかな。うさぎいた？みんなご飯食べてるね。
ご飯も美味しかった。うん美味しかった。ね、ご飯美味しかったよね。うん。すごいビーフシチューのお肉がすごい塊のいっぱい入ってて、そして柔らかくて美味しかった。ハンバーグも美味しかったね。うんとても良きな施設の人もとても親切でございました。で今日はこれからですね温泉の方に向かっていきたいと思います。場所はですね別海町というのかな、あれ別海町というのかな、この先20キロぐらいのところなんですけど、そこが一番近いで、そこに行って薬局とかねちょっと行きたいとこあるんで、そこにも行ってでまた明日のこと考えようかな、どこまで走るかということで、ここからはですねまずは温泉まで向かっていきたいと思います。さあ、あと1キロほど。別海町ふれあいじゃなくてふるさとじゃなくて、なんかそんな感じのところ、この辺地域のコミュニティっぽい感じの温泉なのかお風呂の施設だと思います。なんかそのなんだろう、日帰り温泉なんちゃらかんちゃらみたいなそういう感じではないで、この先をキャンプ場がある。あれか、あれだな、キャンプ場ある。あ、そうそうそう、キャンプ場とかも。はい、到着です。はい、到着です。じゃあ行きましょう。ふるさと交流館。ゆうちゃん先に三角の牛乳持って。これ三角牛乳って何？そうでそれ持ってレジ行って。いいよ。生。初めての。うん。パパ今日。ねうちゃんは？どう？今日の牛乳はコーヒー牛乳はどう？はい、美味しいです。ちょっとパパのも一口。いいよ。そうだ。お風呂茶色かったです。そうです。なんかあれだね。ここら辺の温泉は茶色いね。およそ100メートル霧が先左方向です。霧がキリ今日キリしてる。のところはふるさと交流会っていう、まあちょっと地域のコミュニティに近いお風呂屋さん。そうで、ここは別海町っていうところがやってて、この温泉のすぐ下にキャンプ場もあります。そこの経営者、まあ、とりあえずその下にねキャンプ場もあったりして、だからキャンプの人も来れるぐらいの距離が、値段もそんな高くなかったよね。大人が510円だかな、1人。子供がまあ1500円もないぐらいで、霧があんまりねこの辺その温泉とかないんで、ちゃんと探しておかないと過ぎちゃうとほんと何十キロ先になっちゃうんで、そこだけね気をつけた方がいいかなと思います。で結構ね今ね霧が出てきてますね、この辺。今日はこれからまた20キロぐらいだけ走ってできる場所にね移動しようかなと思ってます。ちょっとその辺のね地域の名前が分かんなくて見えないんですけど、まあ、とりあえず明日知床に行こうと思ってるんで、まあ、なるべくそっち寄りというかに行こうかなと思っております。はい、今ですねだいぶ走ってるんですけども、かなり真っ白です。ハイビームにしてもなんかあんま変わんないもんね。すごいね。でも本当に前が見えない。一応車が来てるから道路があるんだなっていうのが分かる。横は横ですごいよね。めっちゃ綺麗。いやすごいね。これはこれですごいね。これはマジで動物いたら分かんねえわ。これ確かに真っ暗だったらきついね。なんかすごいな、サーテライトみたいになってる。道路ここですみたいになってる。すごいね。お天気この後崩れるからね。風が強い。まああとねちょっと3キロぐらいなんでね、走っていきたいと思います。そろそろゴール。斜め右方向です。もうゴール？およそ100メートル先直進です。わお。その先およそ100。はい、今ですね無事に到着しました。で、着替えてねゴロゴロしてます。でこの後ご飯食べたりとかする前に今ね一旦 YouTube のコメント返してます。うーちゃんは？うーちゃんはスタンプとか見てます。今日もね結構バタバタとしたんで、この後はねゆっくりしようかなと思います。7時です。でもそんなになんかご飯食べる時間さ遅かったからそこまでお腹空いてないよね。北海道の昆布だしを取ってしゃぶしゃぶです。歯舞だし昆布というものを買いました。野サップ岬のとこにも売ってたよね。売ってた。
ネギだけ？ママとパパに配布して。ネギを？こんもり？はい。いろいろうーちゃんも挑戦しなくちゃ。箸でママ入れてるの？大丈あ、夫？うーちゃんよりもみじおろしとか買っとけばよかった。ノンアルってなかったっけ？なんかもうないんじゃないの？ないか。じゃあいいや。パパ、あんまり飲んじゃったんじゃない？調子に乗らないでね。パパまだね喉が痛い。今日はママは札幌。じゃあ乾杯。乾杯。今日は寒かったからあったかいもの。喉が痛い。いえ。痛い時と痛くない時の差が激しいんだよおじいちゃんな。昔パパも小学生ぐらいの時か扁桃腺で風邪ひいて4日ぐらいかな。4日ぐらい休みしたのやば。全然ね動けなかった。痛くて。でも今回は熱はないからね。だからそんなに大した重症ではないことは分かっているんだけど、とはいえ治さないとね。パパまだ先長いから旅の。もう薬が売ってなかったんだけど、今日ってとかは売ってなかった。薬剤師さんがいないんだよ。まあでもね、確かにね、子供が体調悪くなるぐらいだったらね、まだ親が体調悪い方がいいよ。変わってあげられないからね。親は我慢できるけど。面倒見るのが大変じゃん。やっぱ子供がさ具合悪くなるとさ我慢できないし。それにかわいそうだよね。やっぱせっかく来て。かわいそうだよ。うまい。はい、ということで今日のコメントテーマは皆さんの中で思い出に残っている風邪を教えてください。例えばどこどこの旅行に行った時すごい楽しみだったのに急に熱が出ちゃったとか、運動会の前に風邪をひいちゃったとか、ちょっとした思い出になっている風邪とか、病気などぜひ皆さんが経験したことをコメントで教えてください。僕は今2回連続長期の旅で体調崩していることです。私は運動会の時に風邪っぴきでした。ママは自分の誕生日にコロちゃんにかかりました。はい。イベントでも何でもね。イベントじゃん。ママの中で何回目のの一誕生日だよ。じゃあまだ年を重ねることが喜ばしいんだ。いやもうもはや悲しい。ということでね、ぜひね皆さんの忘れられない風邪や病気の体験を教えてください。今日は寒いから鍋がうまいよ。豆腐が熱いけどめちゃくちゃうまい。豆腐があまりにも取りづらい。扁桃腺って熱いものダメなんじゃなかったっけ？知らない。あれ違ったっけ？さっきまで一生懸命氷で冷やしてたの。この手拾えてるかわかんないけど、今日も一段と風強いね。毎日風強いね。北海道来てから。だって苫小牧から風強かったじゃん。強かった。で今日だってもうさ、野サップ岬まで来て、東の端まで来たけどさ、まだ風強いじゃん。まだっていうかそこら辺が一番風強そうな感じだけど。やっぱり風強いのかね。揺れるもんね車。そうだよね。で今日はむちゃくちゃ寒い。寒い。今もこの現在地の外気温がね4度とか5度しかないんでマジで寒いです。このあと4日後ぐらい、4日5日後ぐらいには多分最北端に行ける。今何日目？もう4日目。そう。早っ。なんか意外と2週間あっという間っぽそう。意外と1ヶ月でも普通になんかキャンピングカーだったら余裕で泊まれそうって。ああそれはねそうなんか全然平気でしょ。時折水とねダンプだけどっかで、今回もそのね水とダンプは途中で入れてるから、それだけねルーティンで入れとけば、コインランドリーとか、コインランドリーはどこにでもあるな。充実してる。やっぱキャンピングカーいいな。旅の仕方はその人の価値観によるからあれだけど、我が家的にはいいよね。今日うちは何したの？今日は動物がいっぱい集まる場所に来てまいりました。人参あげたんだよ。だけど一人しかあげてないの。ポッコーか。ポッコーって呼んでも一人しか来てない。日本酒今日もいただきます。美味しゅうございます。これで締めちゃうでいいの？なので初めて今上げた動画のチェックをしてます。じゃあテレビみたい。私ちょっとね寒い。北海道寒い。はい、じゃあうちゃん動画を一緒にチェックしましょう。
ットされてない。セットして。ちゃんとトイレ行った？トイレ行った。寝る前はね、我が家みんな車でトイレです。ちゃうちゃんおやすみ。おやすみ。みんなとお別れ。バイバイおやすみ。テレビの前の人、バイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね、6時38分で、室温が 17.4 度、湿度 57% です。外はね、今ね、結構雨が降っております。音聞こえるかな？こんな感じです。ここの外気温が8度くらいです。結構ね、寒いです。はい、じゃあ今日もね、起きて準備して出発したいと思います。おはようございます。何日目の朝だ？ 5 日か。5日、うちはちょっと起きてるじゃん。5日目の朝だと思います。もうね、ママとパパは起きてちょっとノーノの準備をしつつ、うーちゃんはずっと爆睡でした。おはよう。おはよう。おはよう。じゃあ起きて支度しましょう。今日の予定としてはちょっとコインランドリーを挟みたいので、午前中いっぱいは雨予定らしいから、その間にコインランドリーに行って2時間かけて知床に行ったらお昼に晴れてるよっていう計画です。よし、じゃあ用意していこう。はい、今ですね、出発しました。今日はですね、見ての通り午前中ね、雨が結構降ってるみたいなので、午前中はですね、コインランドリーちょっと行こうかなと思ってます。でコインランドリーで、今先に行ってで出して、その間にね、またちょっとね買い物があるんで1個ね買い物行こうかなと思っております。ちょっとね、喉の調子がね今もまだあんまり良くなくて、ツルハドラッグにね行ってロキソニンをねちょっと買ってこようかな。なので一回コインランドリー行って、それから薬局ツルハドラッグ行って、でまたコインランドリーで回収して、で知床に行くと。で知床は知床5個を目指すんですけど、だから一応午後ぐらいから晴れるみたいなんで、ちょうどいいタイミングになるかなと。ここから行くと多分2時間ちょっとかかるんで、お昼過ぎに着けばいいねぐらいでね。そう9時半ぐらいにここら辺を出て、12時から1時の間ぐらいには到着すると思うので、それでね、ちょうどね天気も晴れてくれればよりいいかなと思っております。知床側の方がちょっと暖かいっぽい。気温はね、こっちよりか暖かい。天気もこっちよりかは雨が小雨っぽい。ということでね、まずはですね、ちょっとコインランドリー、今日のうちにね、天気悪いんで済ましちゃいます。雨が結構ザーザー。なんか北海道に来てから風といい雨といい霧といい自然の脅威を感じるというか、さっきなんて道路真横海だったもんね。もう海じゃんみたいな。手の届くぐらいの距離に海があるんで、北海道ならではなのかな。ずっと走っててもこの景色が続いてて、意外にこの時期だと緑とこの黄色のコントラストみたいな。もうちょっと暖かくなったら緑したけど、海が近いね。なんだかんだであと 2.7 キロほどでコインランドリー。思ったよりが今日風はないね。あ、そう。そう今標津町を走ってる。意外と住宅が多い。北海道特有なのが信号がねないんだよ。住宅街まで来て初めて信号が出てくるんで、その間信号が全然ない。さあコインランドリー、あとあれかな、旅の間で1回はコインランドリー行くかな。給排水と同じぐらいのペースかな。洗濯。雨降水確率 50% です。ちょっと行ってきやす。無事にコインランドリーで洗濯物を終えました。その間にちょっと薬局行ったりなんなりで約2時間ぐらい時間が飛んでます。今全部終えて出発しました。はいね、これからですね、知床峠の方にね向かっていきたいと思います。目的地としては知床5個なんですけども、このね知床峠っていうところが一昨日ぐらいから、冬季の間通行止めしてたみたいで、通行止め解除になったばっかりなんですけど、割とですね雪がまだ残雪してるということなので、その辺はねちょっとね気をつけてね、向かっていきたいなと思います。であとその峠の、道中というかにあるプレブ
の遊歩道っていうところで、ヒグマがね出たみたいで、昨日そこに関しては立ち入り禁止というか通行止めになっているということなので、もしかしたらちょっといろんなところが閉鎖になってるかもしれないです。まあそこはね要所要所見ながら、あんまりねヒグマがたくさんいますっていうところに降りていくのもあれなんで、もしそういう情報があれば、そこはちょっとやめて違うところにしようかなと思ってます。もともと知床に行こうとは思ってはいたんですけど、知床5個の、一番なんでしょう安全牌なところだけ行こうかなと思ってるので、そこだけ行ければねいいかなと思ってるんで、柵とかあってね安全第一な場所があるんで、そこだけ行こうかなと思ってます。はい、とりあえずねちょっとそっちの方にね向かっていきたいと思います。ミルクロードに入りました。なんかさ、どっかにもミルクロードってあったよね。あ、そう。何県だろう。九州とかあっちの方かな。朝とかあっちかな。なんかなかったっけ、そういう名前のなんとかロードみたいなさ。これどこまでがミルクロードなんだろう。ほんとどこまでミルクロードなんだろう。天気が良かったらもっと綺麗に見えてるのかな。なんかここね、さっきパーキングのところにチェーン規制みたいなのがあったんですけど、ここスキー場だもんね。なんかサイドに雪が残ってるね。寒い？もしかして。寒いかもね。割とちらほら左側にも雪が残ってる。雪が映ってる。霧が見づらい。見えねえ名前。すごいな。何も見えない。ゆうちゃんまださ雪残ってんの。結構雪ある。雪残ってんのよ。そんなに残ってるもんなんだね。すごい雪。晴れた。向こうが晴れ。もうこっちも雨やんだ。すごい。なんだろう、雪。いやなんか雪だよね。この辺りすごい。多分斜里町。斜里に入ったんじゃない？じゃあもう知床？でもまだ70キロもあるよ。峠までまだ行ってる。時折霧が。うわすげえ。うわなんかもう自然って感じ。すんげえな。わお。はい、今ですね、この先かな、知床峠になると思います。今日はね、もう開通してるということなので、向かっていきます。こっち雨はね、降ってたみたいですけど、今のところ上がっております。結構ここに来てね、雪が残っている山々に囲まれてるような感じです。なんか山に囲まれてんね。うん。すごい綺麗だよ。桜かな？咲いてるのかな。わあやばいな、景色すっげえ綺麗じゃん。すごいね。なんかここに来て一番かも。なんか知床方面の方が北海道に来ましたみたいな景色見てるかも。これ何かい？何の海だ？オホーツクだ。わあすげえ。これもう峠に入るの？もう峠入ってんのかな。これうーちゃん海。すごいね。わあすごい。ガチの海沿いって感じだね。海沿い走ってたけど木に全部あれされてたからすごい。ほんと真横が海だ。結構あれだね、限界のとこはしる。結構ギリギリだよ。なんだろうあれ。ご神の滝だ。滝や。結構でかいね。間近で見れるんだ。この辺りに来て知床市街になったのかな。今ね、知床の道の駅を通過したとこだね。おー、漁港って感じ。なんかここは本当大自然だね。知床半島。なんか道も自然に合わせて作ったような道。
崖がまたすごいね、横の岩。せり出してる。またね、独特だね。この知床峠は通行時間が決まっているんだ。朝の9時半から今だと4時まで。結構登るねこれ。あ、ここはヒグマの生息地って書いてある。近づかない、食べ物をあげない。知床国立公園って書いてある。今ね、知床国立公園に入りました。ここからは本当に自然の中を通る。むーちゃん、ここからクマさんの生息地だって。怖いよ。怖い。サファリパークに入ったような感覚でいないと。ここから峠だ。たまに止まってる車を見るとさ、ちょっとドキッとするよね。ここは自然センター。ちょっとね、一回なんか先が通行止めだかなんだかで、ここもなんか閉鎖中になってる。一回ここの自然センターに行くことに。ちょっと中行ってみよっか。ちょっと先に行けるかどうかわからないんで一旦確認しに来ました。この先。この人も悩んでんだ。よく見たら5個のゲートから先って書いてある。分かりづらい。はい、ということでね、ここから知床5個の方にね向かっていきたいと思います。むしろこの辺でも出そうだけどね。どうやら行けるんだね。あ、そうそう、今のね自然センターかで聞いたら今日は行けますよって言って今日はなの？た。だからやっぱ行ける日と行けない日があるみたいな。あ、そうなんだ。その熊の状況とか、あと天候とか、あとはまあ凍結具合とかもね。さっきの自然センターから車で10分ぐらいですよ。だからそんな遠くはないよ。まあでもあそこから登っていく人もいたからね、それはすごい。ガチ装備な人もいたから多分歩いてどっかね、ちょっとあれなんだろうけど、山がすげえな。おお、すごいねこの景色。わおわお。下まで続いてんだ。あの下があれかなのか。すごいね、知床。温泉あんのここ。この辺の道、今走ってる道とかが多分通行止めになったりとかするのかな。今だとほらナビ上は通行止めになってる。何それ、冬季でってこと？みたい。まああとは天候とか。今日の全然車いないね。時期的問題？全く車いないから本当に合ってんのかなっていう。およそ2キロ先、斜め左方向です。熊ってもう冬眠、でもみんながみんなで冬眠から覚めたわけじゃないんだろうね。まだ寝てる子は寝てるんだろう。まあでも何事もなく無事に。およそ300メートル先。着いた。あ、これ駐車料金。こんにちは。よし、こっち、向こうか。あっちの奥には行かないから。無料のとこしか行かないから。有料ゾーンはちょっとね怖い。この緑の？だからうちパパたちはその茶色いところだけ歩く。でその地上遊歩道っていうのがこの茶色いとこだけ。そういうこと？あ、これが緑？そう。一周で1時間半かかる。ああ、そうだね。登ってこれないよ。後ろのさ、山がすごいよ。山がこんな感じ。人がある。でもまあ柵がしてあるからそういうことなんだね。ほら、向こう綺麗だよ。いい感じ。で、そこもあるよ。それからこっち見てる。あれが1個だね。ここまでは行ける。わあ、すげえ。知床連山。世界自然遺産。
ふーちゃんも聞いてる。目の前にいっぱいいるじゃん、この犬。奥の方に鹿はいますね。すごいね、大自然。いただきます。なんか紫芋っぽいような雰囲気がある。うん、おいしい。出発です。湖一つだけ見れました。ということで、ちょっと下を降りていきます。あー、景色が良すぎる。九州は九州でとてもすごい自然豊かで綺麗だったけど、なんかもう北海道は北海道でまた別。もう全然違う。同じ日本だけど全然違う感じ。接続します。で、今日はこれからですね、本線の方にね向かっていきたいと思います。マップはね入れてあるんで、ざっくり60キロぐらい。まあ明日網走の方まで行くから、それも考えてなるべくそっち寄り、まあ明るいうちにね、進もう的な。そう、向こうに移動しとこうかなと思っております。いた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 。すごいちっちゃくだけど、めっちゃ遠くにいる。見えてる？それ。今ちょうど動いた。すんげえ遠目だけど。めちゃくちゃ遠くからクマが見えました。クマが見れた。遠くからだからちっちゃく見えたけど。まあまあそれなりの個体なんじゃん。こんだけ人間が住んでるところの距離から近い距離にいる。意外と海岸沿いにいるんだな。なんか山からちょうど降りてくるところをたまたま見かけて、かなりね遠くだったから見れましたけど、野生のヒグマに会いました。そうそう。ちょっとついでにさ、池の滝を見ようかっていう。あ、おしんこしんの滝。そうそう。もうちょっと先でしょ。そうだね。はい、これからですね、おしんこしんの滝見に行ってきます。急に寒い。そう、急にね気温が下がりました。気温が下がったっていうか風が冷たい。さあちょっと滝見てみましょう。この辺からも音が聞こえるぐらい。あー、寒い。うわ、すげえ。結構大きい滝です。すごいわ。おしんこしんの滝、結構間近で見ると迫力があります。すごいね。水しぶきがすごい。しぶきがすごい。ここからの景色も綺麗。そっからまた覗いてみよう。ここからすごかったですわ。おしんこしんの滝、世界自然遺産知床。まあ晴れてよかったんじゃない。晴れてよかったよ。朝どうなるかと思ったけど、朝は大豪雨だったけど。鹿の角が売られてるよ。鹿の角。鹿の角。はい、今ですね、おしんこしんの滝に行ってきました。迫力満点だったね。そう、大きいのに近寄れる滝だったので、ほぼ目の前だったね。結構水しぶきもなんかすごかったです。でね、こっちの方はすごくね、海もまた今もね時間も良くてすごく綺麗に見えてます。オホーツク海の夕焼けをこんな見ることもないと思うので、そう、午前中がすごい雨だったんでどうなるかと思いましたけど、なんとか午後は
天気が取り戻してくれて、知床の5個のね、1個しか行ってないですけども、朝のうちの雨とか霧だとねちょっとあんな風に見れると思わなかったので、それはそれですごいラッキーでした。なんだかんだ充実した知床観光だったかなと思いながら。ここさ、鹿ファームなの。鹿あれ、もういない？さっき鹿さんめっちゃいたよ、ここに。本あ、いるじゃん。ファームって書いてある。はい、そんな感じでですね、今回ね知床観光、意外とね天気が持ってくれたおかげですごい楽しめました。で、明日ねまた今度は網走の方に行こうかなと思ってますので、今日はねそっち側にね移動しつつ温泉に行きつつ、どっかでね車中泊できたらなと思っております。そうこうしている間に温泉に着きました。パパスランドサッツル。道の駅なのここ。へえ、足湯がある。そうだ、今日洗濯物をしたからな。さあ、これから温泉に行っていきます。そんな自分で買える？教えてもらう。はい、お風呂から上がってきまして、なんやかんややっていたんですが、とりあえずゴミがいっぱいになってしまったので、ゴミを交換したそのゴミは収納ボックスみたいなところに突っ込みました。明日キャンプ場に行く予定なので、そこで捨てれたら捨てようかなって。捨てれなかったら置いとくしかないね。一回ゴミを変えたのと、とりあえずお風呂上がってドライヤーできなかったから、車でドライヤーをしようと思います。電源は意外とね、今のとこ 83% 余ってるからいいとしよう。電源最初で充電できたら充電しちゃって。うん。ゴミもまだあともう1回分は入る。入んの？向こう側開けてある。じゃあ最悪この旅での、全部持って帰ろうと思えば持って帰れると。じゃあいいね。じゃあとりあえずドライヤーしやす。どうしたの？先にどうしようかな。今日って何食べる予定だったっけ？今日のご飯、豚バラ大根とお店の手作りの鮭らしいです。はい、今日はどんどん飯です。うまいのかわかりません。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。鮭味ちょっと足りなかった、醤油で。はい、乾杯乾杯乾杯。はい、乾杯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 。ちょっとしょっぱい？鮭美味しいよ。おちょっとしょっ米美味しい。ぱいけど。待ってよ。おお、野菜と一緒に食べると美味しい。
豚バラ。今回は時短ということで。パパの耳も痛い。一応喉を発端にあちこち痛くなる。豚バラ大根うまっ。早く良くなるしかないね。病院に行って抗生物質もらうのが一番だ。構成いやこんなに悪化すると思わなかった。ロキソニンが手に入らなかったっていうのも大きいね。ロキソニンなさすぎだよね。しかも目の前にあったけど調剤薬局さんで買えなかった。買えなかった。お休みで。売ってる場所はあったんですけどね、日用の販売がしてなくて結構きつかったな。もうその間もなかったじゃん。そう道中は最初はお店がなくてようやくお店を見つけたんだけど売ってなくて、声が出ないのはちょっと死活問題だ。パパの声ちゃんとマイク拾ってくれてるかな。心配だよね。わかる。ということで本日も始まりました。これってさ、ママそれとこれってママの？なんだ、パパがこれ飲むかと思った。安定の美味しさです。パパ北海道来て痩せちゃうかもしれない。やったじゃん。なんで？食べれなくて。うーちゃん嬉しいことにさ、体重計測ったらぴったりでした。うーちゃんは着々とちゃんと太ってるからいいんだよ。大きくなってる証拠。友達2人昨日か。昨日出てきた。今日のコメントテーマは、皆さんが旅する時に車に置いてる薬または家に置いてある常備薬、何を置かれてますか？キャンプでもいいね。キャンプ行く時とか。うちは基本的にはロキソニン基本的にはロキソニンだったんだけど、まさかのロキソニンがあんま入ってなかったっていう。箱はあったんですけど、風邪薬とロキソニンだね。皆さんの常備薬をコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。今日意外とお金使ってない。もしかして。知床で駐車場500円使ってる。あとアイス食べたぐらい。コインランドリーにまず行って洋服洗ったから1000円ぐらいと、知床行って駐車場500円、その後滝は0円だし、温泉行って温泉も大人が2人で900円のふーちゃんが100いくら1100円ぐらい、2000円ぐらいじゃん。で昨日買い物済ませてるから今日は2000円の旅だ。一つ多分忘れてるかもだけど、うーちゃんのお財布使ってコーヒー牛乳買ったお金で何円と思うの？130円。じゃあこれで違うお金になりましたね。それは君のお小遣いだから。じゃあ明日はパパにコーヒー牛乳おごって。はーい。200円。ダメだよってな。とりあえず節約なきゃ。カードで今いくらだろう。今現金とカードを持ち合わせてて、カードで使えるとこはカードで使って、カード使えないとこは現金でこう使ってるけど。でもカードだって普通の買い物しかしてないんじゃない？まあちょっとね、まだまだあと半分以上まだあるから、今後ねどんぐらいお金消費するか、あとパパの体調次第で多分お金の使い方も変わってくるんじゃないか。でもパパが体調良くなったら多分どんどんお金使える。体調良くなる頃には多分2週間過ぎてるわね。じゃあお金使わないね。じゃあママが散財してくるわ。パパが楽しめないからお財布は閉じるよ。ダメだよ。ママが今締め付けだよ締め付けママが今お財布を管理してるんだから。まあそんな感じで北海道旅がね、あとどんぐらいかかるかはまあ今後次第ということで、はい、今ですね片付けも終わ座敷にしました。はい、そうです。よいしょ。うーちゃんなんてちっちゃい時立ってもさ、その辺当たんなかったの。でかくなっちゃったの。今もこんなんあーでかくなっちゃったの。でかくなっちゃったの。あとこんなに。あーでかくなっちゃったの。前なんて多分こんなとこ届かなかったよ、うーちゃん。頭上に手を伸ばして天井届く。あ、もうちょっとだね。背伸びしたらもう届く身長。もうちょっとだ。やっぱここ背もたれ欲しい。やもう作ろうかな、そろそろ。作れた。ふーちゃんハマってるやつ。作ろうかな。なんだかんだ言って9時半か。7時にはここ出発だ。はい、ゆうちゃん今何が起きましたか？歯が抜ける合図が来ました。ついに。歯がグラグラし始めたらしい。ついに。す
すげえ楽しそうにやってる。気になる。そりゃ子供は気になる。うーちゃんいつ歯抜けになるんだろうね。目の前にトイレ行っといで。よし、しゅうちゃんも寝るよ。朝は寒い。おやすみ。おやすみなさいな。バイバイおやすみ。はい、バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。また明日。はい、おはようございます。今ですね、6時42分で、室温が 21.3 度、湿度 55% です。はい、今日はね、ちょっと朝ね、病院行かなきゃいけないので、ちょっとね、準備して向かっていきたいと思います。で、今日はですね、ちょっと朝一ね、病院に行きたいので、網走市内かなの病院の方にね、今から向かっていきたいと思います。まあね、これもねちょっとね北海道特有なんですけど、割と近くにあったなと思ってナビを登録したんですが、1時間ぐらい走ると、あんま近くなかったんです。北海道だとね Google マップとかで見ていざ入れてみるとこんだけ遠かったみたいなことはよくあることなのかなと思います。症状としてはねちょっと昨日よりかはねだいぶ良くなった感じはするんですけど、一応まだね気になってはいるんで、先に見てでそれからね旅を続けようかなと思います。なんか湖。あ、すごい景色いいな。網走監獄って書いてある。なんかこの辺からいろんなお店がいっぱいある。市街？はい。パパが病院で診察を受けている間に我が家の約2週間分の洋服とかね、そういう収納をどうしているかっていうことを紹介しようかなと思います。でね、洋服は衣装ケースですね。うーちゃん、パパ、ママで3つに分けて今回はセットしました。いつもはね、うーちゃんとママでセット、パパで1つみたいな感じで2つなんですけど、今回の旅はねちょっと2週間と長いので3つに分けました。ここもチャックで開くし、ここからも取れるしね、上からもねチャックついてるから取れるんですね。だから取り出しやすいで、いつも通りのこれに脱いだお洋服入れて、コインランドにこのまま行くと。でコインランドで畳んだものをそのまま衣装ケースに入れられるのですごい楽です。これはね結構おすすめで、使わない時とかは、家に持ち帰って薄くねコンパクトに畳められるので、それで保管してたり、旅に行く時はねこれに洋服を入れてからこっちに運んで持ってってます。でお水か。で今日はキャンプ場に行く予定なのでもうリセットされちゃうんですけど、お水がねいい感じに、今日6日目なのかな、何日目？フェリーに1日乗ってたので使ってない日もあるんですけど、今グレーがここで清水タンクここで、今日はリセットします。トイレもね使ってて、ちょっともうトイレもねこんな感じになっちゃってます。ダウン入れて、あとこれね夜乾かしてちゃんとバスタオルで、トイレはこんな感じで使ってます。でトイレもなるべくお外使って、夜とかはこっちのトイレみたいな感じに使ってるんですけど、もうねちょっと赤い見えるかな、半分も言ってないけど。で今日もトイレはキャンプ場でリセットするので、また次のキャンプ場に行くまでは使えそうです。
ね、変わらず収納はこんな感じでやってます。やっぱね、トイレはね便利です、あると。でここにゴミ箱を毎回我が家はこうやって置いといてます。はい、ちょっと写したくないけど、バンクベッドはこんな感じ、ね、どうしても旅が長くなると荷物が増えるので、バッグとかですね、あとポタ電とかスイッチとか、そういうのがもろもろバックベッドに載ってます。それでも結構コンパクトにしてきたんで、もうそんなにそこまで荷物はないかな、これ以上。外から見るとこんな感じだね、後ろは。で一番下はお座敷のテーブルと、今ちょっとカーテン乱雑に置いちゃってるけど、それぐらいかな。基本的にはあんまり入れてないです。あとはもう棚はいつも通りの感じで旅来てます。今回の収納紹介でした。パパが帰ってくるのを待ちましょう。今セイコーマートに行って帰ってきました。ご飯食べましょう。こちらマートで買ってきたよ。これはご飯いただきます。いただきます。はい、今ですね、病院から耳鼻科からね出てきました。いろいろあって、早くね治すっていうことも含めてちょっとね点滴を1本ね打ってきました。で体調的にはね、全然良くなってきたので、そこら辺はねすごい良かったかなと。やっぱりねゴールデンウィークの中日なのですごいね混んではいましたが、そこはねもうしょうがないですよね。とりあえずですね体も良くなったので、これから網走をね観光していきたいんですけども、ちょっとねこの辺今ね見たらスーパーが割と多いので、先にねちょっと買い物をしてから行こうかなと思います。今日の分のね買い物をして、でそれからね網走の観光に行こうかなと思っております。なのでねちょっとまずはこの近所のスーパーに行って、今日の買い物をね済ませてきちゃいます。買い物をした後に DCM によってジンギスカン鍋をゲットしましたが、しかし我が家のタフマルジュニアではサイズ的に置けません。お得がはまらない。オーバーしています。ということで今日はキャンプ場に向かいますので、キャンプ場で炭で調理をしようかなという結果に陥りました。そもそもキャンプ場に炭が売ってること前提だけど、なかったらどうしよう。タフマルジュニアってね意外とね車内ではいいんですよ。車内ではキャンプとかで使うとなると意外とねサイズがちっちゃくて難しいサイズなんですよね。くしゃ熱がさ、そうくしゃ熱が怖いの。冷凍のジンギスカンのやつ買ってきた。道中ね精肉店とかもしあれば寄るかもしれないですけど、今のところはもう本場を食べたかったらお店に行けよということなので、どっかのランチで食べようかなっていう感じかな。それはそれでね。はい。で今ですねとりあえず買い物も終わったので、網走監獄刑務所っていうのかな、博物館みたいなんですけどね、そこにね今から向かっていきたいと思います。刑務所の中は撮影がねちょっと禁止の可能性もあるので、もしかしたらちょっと外観のところまでで終わっちゃうかもしれないです。なんか峠を行ったら網走刑務所。私の中の網走刑務所は龍が如くの冴島さんのイメージしかない。網走監獄、でもさ実際使われてたのってすごい昔なんでしょ。そうすごい大変な網走刑務所で誰か脱獄一人だけしたんだっけ。確かなんかいたね。おお、飛んでるね。博物館。ここからですね網走監獄。午後5時までです。桜がすごいね。ね。とりあえず着きました。桜が綺麗です。この時期ね桜が咲いてるみたいです。そうだね、春なのか冬なのかわかんない。でも桜咲いてるかね。じゃあここまでの撮影になります。じゃあ行ってきます。ということで今網走刑務所から帰ってきてお土産を買ってきましたが、めちゃくちゃ自分たち用のお土産、店員さんのおすすめでポテコタンとかいうものと、あとなんだっけ、ジャガピリカ、これ美味しい王道の白い恋人おやつとしていただきます。よし、はい、今ですね、網走監獄刑務所の方に行ってきました。チケットを買ってからの入館してからですね、動画の撮影禁止およびライブの配信禁止とか、ちょっとYouTube 含めとりあえずダメみたいな感じでしたね。
あとなんかこう説明とかもちょっとしちゃうとダメみたいな感じだったので、今回ですねそういう、許可も取れなかったので特段にね中は撮影しておりません。ただね写真はね前回のね群馬の時と同じように写真は OK だったので写真は撮って、でそれらをね SNS で、インスタとかツイッターとかでまた個別で上げていきますので、ぜひねそっちの方もフォローしていただけるとそちらの写真も見ることができますのでよろしくお願いします。 YouTube でも行ってきましたぐらいの程度はいいみたいなのね。要は中のあれを映さないでほしいってさ、その入館してからチケット買ってからの先もうみたいな本当の中だね。そうはちょっと映してほしくないっていう話でしたね。あとだから外観で普通になんか写真撮ったり動画撮ったりでそれは別になんかいいんだよ。外観っていうかそのチケット買う前のところは、なので、基本的に中での動画撮影は NG と、写真は OK。 とりあえずね網走はすんげえ寒い。これはここだけじゃないと思うんだけど網走市内が寒い。あとなんかいろいろあれだったね。だからちょっと感慨深いものがある部分もあったな。網走刑務所の成り立ちとか、あとはその囚人のね北海道のね道路の開拓とかも、結構携わってて、そこで多くのね死者が出たりとかっていうような時代背景もあったりしたので、そういうのとかも、今回行った博物館ですね、網走監獄刑務所のところでもすごいね展示とかされてて、学べるのかなと思いました。でそんなこんなしてるうちにねもう着いちゃうんですけど、次ねオホーツク流氷館っていうところがもうすぐ真上にありまして、今ねそこに向かっております。4分でね網走刑務所から着きます。ほぼ真上です。民族博物館と隣接してるってこと？おもしかしてすごいね、こんな感じなんです。じゃあ行こう。寒いよね。寒い。あれすごいね、こっち。よし。ゴー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 。なんかまだリニューアルしたばっかりのオホーツク流氷館。シアターのところだけは撮影禁止だけど、あとは OK のようです。あんまりクリオネって見ることないよね。ちっちゃ。かわいい。でもご飯食べるときすごいんだよね、クリオネって。ほら見れよじゃん。見てるかわいい。なんかどう泳いでんだ。そうだよ。さーって言ってさーって書いてある。はるちゃんも持って1枚。マイナス 15.6 度。マイナス 15.6 度。ああ、寒いね。冷凍庫の中だ。そう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 。キツネさんとかこういう寒いとこ歩いてんだよ。これだって流氷でしょ。これが今年の流氷でしょ。パパ触ってごらん。滑った。すごいじゃん、ほら。本当だ。カチカチや。すごいね。マイナス 15.6 度でこうなる。すごいね。流氷なんか初めて見た。流氷って言って海に浮かんでるんで、これ今年の海に浮かんでたやつを取ってきたんだって。北海道の海にこれいっぱいあるんだよ。そうだよ。そう、冬になるとこんな風に海の上にいっぱい氷がついてるんだって。これ南極の氷らしい。本当だ、南極の氷見えるかな。南極の氷だそうです。ああ、寒かったね。はい、このねシアターだけは撮影禁止です。塩キャラメルアイス青いどうですか。塩。よし。甘さ控えめだね。もうちょっと甘さ上げてもよかった。びっくりです。いつ来たんですか？ 4月の27ぐらいにここ苫小牧着いて。もう都内で。はい、頑張って。いえいえ、ご視聴ありがとうございます。よし、行こう。よいしょ。今ね、オホーツク館行ってきました。じゃあ移動しましょう。
はい、でオホーツク流氷館ね、行ってきました。この流氷館ですけども、どうやら今年ねリニューアルしたばっかりですごいね綺麗でした。で中ではね今年の流氷っていうのを見れて、この部屋がねマイナス 15.6 度というめちゃくちゃ寒いところでした。そうそう、で流氷館の中でね流氷のあれ何アイス青い塩が乗ってるというっていうアイスがあって、でそのアイスを買ってちょうどね食べ終わったぐらいの時に、まさかのね埼玉からお越しの視聴者さんにね声をねかけていただきまして、多分北海道で声かけてくれたの初めてだよね、初めて。今日が。でちょっとねお話しさせていただいて、その後出発したところです。網走で会う。そう、網走で北海道入ってからやっぱそれなりにキャンピングカーいますね。むちゃくちゃ多いかどうかって言われると何とも言えないけど、結構いるっちゃいる。今日はですねこの後もうテントランドっていうねすぐ近くにあるキャンプ場を予約してるんですけども、朝ね買ったジンギスカン鍋がねちょっと大きさが合わんということが分かりまして、なんとかね違うジンギスカン鍋をちょっと買わなきゃいけなそうな雰囲気なんで、コンロがでかけ買ったら住んでる話。コンロ買うよりかは安いかなと思う。なんでもうねこれはしょうがないですね。キャンプサイトね予約が17時からなんで、まだねちょっと余裕があるんで今のうちにちょっと見ていきます。悩みに悩んだ結果、鍋を探すのはやめました。こちらを買いましたタフ丸を買いました。まあ何にでも使えるからね、よしとしよう。はい、今ですねダイソーにね、小さいねジンギスカン鍋を買おうと思ってダイソー来たんですよ。ダイソーで売ってるねジンギスカン鍋のサイズをよく調べなかった僕もいけないんですけど、現物見たらものすごいちっちゃくて22センチが1人前って書いてあったから、15センチなんてものが存在するのかと思って、だからそれはそれでまた厳しいねって話になって、22センチのジンギスカン鍋を見つけるのが一番良かったんですけど、見つからず、諦めようかなと思ってたところ、タフ丸っていう、ね、でっかい方のカセットコンロがありまして、大きい方のタフ丸をね今購入してきました。そうすれば今日のジンギスカン鍋も使えるし、今後マルチグリドルとか大きい系の鍋も使えるようになるんで、いいかなと思って購入しました。はい、なんでもうねキャンプ場に行っちゃいます。でもこれはほら住宅街の中だからいいね。景色がすごいんじゃない？綺麗だね。受付をするのかな。はい、じゃあとりあえずね受付が終わったので中に入ります。景色がめちゃくちゃ綺麗。ここ全然情報なかったけどすごい綺麗だと思う。施設は綺麗。キャンピングカーサイトはここ左で、キャンピングカーサイトは誰もいないのかな。トレーラーかなんかかな。サイトがゆったりしてる。1番水道はねセットだって。ここだ、この右側。車的に向こうのがいいのか。無事に到着です。サイトはねこんな感じで、めっちゃ景色も綺麗で、サイトにはですね電源もついてて、キャンピングカーサイトは1サイトずつにですね電源と水道、それからこちらグレーですね。グレーの処理、ブラックはねまた別でありますので、こちらはねグレーだけです。これがねそれぞれくるついてるんですごい便利です。今ね電源も挿してます。あとこんだけ使えるんで、普通に全部出すこともできるかな。で今ね電源サイト電源出てきたので、せっかくなんでブルブルを充電しておきます。そんなに使ってないんだけどね、まだ 77% あるけど、せっかくね電源サイトで電源取れるんで充電しておきます。コブルは使ってないからな、ブルブルだけで。ついでにね紹介しちゃいますと、これがね先ほど購入したちっちゃくないタフ丸です。タフ丸でもこれが本来のタフ丸か。でか簡易的に買ったのもあるけど試してした。いいですね。これなんかこれ 28.5 だからちょうど同じぐらいか。これね万が一ジンギスカン鍋も買えなかった時用に買っておきました。ただジンギスカン鍋はね28センチのやつが買えたので、これじゃないのがちゃんとあります。こういうのはねちゃんとこうやって置ける感じですね。ということでね今回タフ丸が新しく我が家、これでもね火力がね確か強いんですよ。だから意外とこれはこれで使えるんですよね。はい、ということでねこれ買ってきたタフ丸でした。ちょうど今これタフ丸ジュニアと比較してます。こんぐらい違います。こうやって見ると大きいかな。
てかね、これが多分ちっちゃいんですよ、想像以上に。車で使う時はねやっぱこっちの方がレギュラーになることは多いけど、ただ最近のねそのマルチグリドルとか、今回のこのジンギスカン鍋とかは、あれにしました。はい、とりあえずね即席のキャンプセットしました。これで乗り切れるでしょう。ランタンはもう最小限、テーブルと椅子も最小限。今日はね、コットとか出さないです。もうねこの後すぐ撤収できる仕様です。で鮭が温まるとジンギスカン、久々に出したユニフレームのテーブル、ベストサイズです。あとはねスノーピのいつもの焚き火テーブルと、フィールドラック、これ1個あるとね便利です。3段のやつなんですけどバラで使ってます。ということでね、網走のキャンプ場でジンギスカンです。ちなみに外気温がね今5度ぐらいしかないみたいです。夜は3度ぐらいまで下がるみたいな。さあ始めよう。ということでね、キャンプ場でプチキャンプです。ほいちゃん寒い？ほいちゃんは電気毛布です。あったかい？あったかくてもあ、本当だ、あったかいね。結構あったかいね。今はじゃあビール持ってくる。ちょっとね今日までは我慢。明日からお酒は飲もうかな。置いちゃうよ。いいよ。無理。やり方が合ってんのかわからないけど。カルピスがマジ。意外とねスーパーに冷凍して売ってなかった。ほらわかんないじゃんうちら。ん入れすぎかな最初。大丈夫や。うちはもう初ジンギスカンじゃん。今日はもう喉が痛くないんでちゃんと食べれます。ビール。ふーちゃんも乾杯。もう手出したくない。寒いね。見てよ、うーちゃん。それでぐーちゃんうちはもう食べれるかな。もういけるな。いけるっちゃいけるよ。味見してみるわ。食べやすいよでも。じゃあもうジンギスカンの食べてみる。ラムちゃん、ちょっとお腹空いちゃうね。夜ラーメン食べる。はい、パパ。いただきます。いただきます。あ、ほい。あ、うまい。じゃあ明日はお別れ温泉にするか。でさ、最後のさ旅の時にみんなで家族風呂入ろうか。これなんかさ煙がさ雲に見えてきた。多分タレのおかげで臭みが消えてんだろう。どう？うーちゃんお肉食べた？まだこれしか食べてない。キノコ。あ、ほい。味付けとかわかんないから最初からこうなってもいい。硬いの。食べ応えあるけどラムラム肉。すごく寒いよね。寒いでも美味しいジンギスカン。今度お店で食べに行こう。そうだね。一回ランチ。今日はちょっとさご飯じゃないけどちょっと関係ないかもしれないけどさ、作るなら何が好きってやつ。あ、じゃあさ、お祭りにあるさ屋台のお菓子あるでしょ、あるでしょ、チョコバナナとかあるじゃん。あれで何が一番好きなのか聞いて。ふーちゃんはチョコバナナとリンゴ飴。あ、リンゴ飴ね。ママはぶどう飴。何それ。そんなのあんの？あるよ。ママも知らないんだけど、ふーちゃん知らないよ。知らないよね。いちご飴しか知らない。ママ本当に同じ実当？ぜひね、皆さんのお祭りで好きな屋台のご飯出店教えてください。ふーちゃんはチョコバナナとリンゴ飴、ママはぶどう飴、パパはじゃがバタです。じゃがバターあんの？食べ物ならじゃがバタ何でもいいの。ぜひね、皆さんの地元ではこんなものも売ってるよっていうのでもいいのでコメント欄で教えてください。はい、ということでね、ここからね2回戦目を食べてから片付けとかバタバタして、シャワーとかも行きたいと思うので1回動画はねここで切り上げます。はい、無事にね撤収完了です。こんな感じで洗い物も全部終わったんで、あとはシャワー行って、車の中でゆっくりしようかなと思います。よし、じゃあうーちゃんシャワー行こうぜ。シャワーはね管理棟の中なんで安心です。いいよ。ドライヤーは弱かったみたいなので。弱かったじゃん。やってないもん。
寒くて逃げてきたの。そう寒かった。車に帰ってきて車でドライヤーです。まあシャワーあることは100歩譲ってすっげえありがたい。カーテンじゃん。ままだださ、多分普段はこの寒い時期にやってないからそんな関係ねえんだよ。よくあるさシャワーの個室みたいのだったらまださお湯、あったかいシャワーカーテンのみだから、入り口は扉、ちゃんと扉なんですよ。で入って脱衣所があって、そこからはシャワーカーテンが1個あって、中入るとシャワーカーテンが4つあって、その中にシャワーがあるみたいな。空間が広いから余計に寒い。もうドライヤーは一応車の中でホタ電でやります。はい、さっきはねジンギスカンをやったんですけども、まあ予定通りやっぱり量が少なかったので塩ラーメン、見えるかな、北海道限定塩ラーメンすりごま入り。まるちゃん、コーンとか買ってきゃよかったね。だからネギと卵だけ。だからコーン買ってきゃよかった。コーンは買わない。ネギとパ卵パコーン好きなのに。これさいいのかい。みんなで飲んでもう全部なくなっちゃった。100ジュニア新しいのいっぱい。あ、もう全でも部ない車にはこれぐらいのサイズがいいじゃん。はい、じゃあねラーメンが出来上がる前に山わさび。これもでもさ北海道限定、北海道って書いてあるね。北海道産山わさびだって。それをすごいね、セコマ率半端ないね。ここぞとばかりにセコマに。巻き場を見て話してこっち見てくんねやめてくんね。これ思った以上に辛いんだけど、いや思った以上にわさびだ。ちゃん入れてくれて。じゃあ話す。オッケー。だいぶラーメンが美味しそう。そうだね。食べるのじゃあちゃんと食べれるの。味玉もあるよ。あとで極寒の地で洗いに行くかも。あ、こっち見てる。手伝い。無駄に外出てるだけ。おうちゃんは？むーちゃん食べれるかな。じゃあはい、いただきます。パパもう3日間ダイエットしたから。ネギネギ。まるちゃんの塩ラーメンです。あと10分待ってこれ吸わせとく。うどんになるわ。うどんにはならない。ラーメンだよ。何言ってんの。例えだ例え。よし、とりあえずごちそうさまです。じゃあママ洗い物頑張って。いってらっしゃい。ただいまからチョコバナナを作ります。パパとうちゃんクッキング。ママなしです。今洗い物行ってんので。寒いじゃん。パパ、うーちゃんの仕事ないよね。少ないのか。まずはこれらを2つにします。ああ、なるほど、まっすぐ切るのか。変な切り方するわね。これ全部うーちゃんパパとやんの。こいっと。オッケまたうーちゃんの仕事。これ全部？どうやって刺すかわかる？わかります。もうここにこれでブスって刺すだけでしょ。ー。わかります。ここでブスって刺すだけにしちゃっても先に刺してた。ああ、そういうことね。そうすると手が汚れないんです。ね。くる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 。で、こう。もっともっとも。おお。そう。もっともっとダイナミックにやっていい。ちょっかりデザートってみてみて。一番先の綺麗なやつ。一番先からいい。一番先にできたとても綺麗な。あ、それパパさっきがテレビ。あら本当に無理。まさか北海道に来てチョコバナナやるなんて思いもしなかった。なんでプーさんがチョコレート食べようとしてんの？そろそろね寝る自宅です。ふーちゃんはもう眠です。ふーちゃんもう少し頑張って。ふーちゃんトイレ行ったの？だよね。もう全部やったからね。ちょっとってる。よし、じゃあふーちゃんおやすみなさい。バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね、7時8分です。室温 21.4 度、湿度 50% です。車内はね、朝4時頃1回起きた時にかなり寒かったので、FF をね、今マックスにしております。朝起きた時は外気温がね、3度しかなかったので、もうだいぶ寒かったです。はい。ということで今日はですね、いろいろゴミ捨てとか、まだあとダンプしたりとかいろいろやることもあるので、ちょっとね、準備して、出発したいと思います。
おはようございます。じゃあ朝ですよ。うーちゃんママより先に起きてる。起きてください。なんでわかるの？おはようございます。ママもう朝だよって。はい、おはようございます。今ゴミをまとめたので、今度はトイレをリセットしたいので上に向かってます。網走の水冷たい、手が痛い、もう感覚を失うぐらいの。朝から結構寒かったわ。朝方4度3度だね。チェックアウトは10時らしいんですが、この後も走るのでちょっと1時間早めに出ようかなという計画でございます。さあダンプどこだ。いやでもね、ダンプがあるのはマジで助かる。はい、じゃあここがねダンプステーションになってます。一応水もあるんですすぐこともできるかな。はい、なので車をこんな感じで横につけてできるので結構便利です。じゃあささっと洗っちゃいます。ちなみにこのトイレセットが最後のポケット収納庫に入れちゃいます。こんな感じでこれで大丈夫かな。こんな感じですね。テントランド全体です。すごい綺麗なキャンプ場です。オホーツクの風福岡、ようこそテントランドへ。前に今日はちょっと見えないのか、シャリ岳とかが見えるらしいです。で網走市街がここからちょっと見えるとこんな感じですね。めっちゃ景色いいです。残念なことはね、自宅から1500キロ離れてることですね。それ以外は完璧です。よいしょ。じゃあちょっと次はゴミを捨てに行ってきます。はい、そしたら今テントランドを出発します。リセット終了。よいしょ。怒涛の朝だったな。今日はね、リセット日だったので昨日ね、給排水を変えて、で今日ダンプも入れ替えたので、そうゴミも全部処理できたので、ゴミはね購入できるタイプで、必要な分だけね購入できて、結構ね僕は一式多分全部買ったと思います。ペットボトルが2枚分ぐらい買ったんで。ペットボトルが一番かさばる。有料でもねこうやって引き取ってくれると本当助かります。そうだね、旅の拠点にするのはすごいありがたい。結構ね長旅はこのリセット重要なので、これができるだけだいぶ安心です。今日は阿寒湖アイヌコタンっていうところにねまず向かいます。阿寒湖はねもうそれこそ桃鉄で勉強したところなんで、マリモ、そうマリモのとこです。で近くに摩周湖っていうのもあって、もし時間があればそっちも行こうかなと思ってます。今日はねその辺周辺回るだけなので予定しております。であとはね燃料もあと2メーターぐらいしか減ってないんで、120キロぐらいしか走ってないんで、今日の距離感だったら大丈夫かな。でもねどっかでガソスター見つけたらちょっと入れとかないと、やっぱりね間の間に確かにスタンドないんで、燃料がいっぱいある時はいいんですけどね、なくなってからだとちょっと遅いんで、半分ぐらいまでいったら絶対入れようかなと。だから今日もねスタンド見つけたらもう入れちゃおうかなと思います。あとね唯一ね心残りなのが車がねめちゃめちゃ汚くて、どっかで高圧洗車だけでいいからかけたい。そうここねこんな感じですごいね綺麗でした。こっちはあれか網走湖か、湖なの。そう向こう側が海が見えてる。とりあえずね今日はそんな感じで、まずはね阿寒湖の方に向かっていきたいと思います。たまたま見つけたメルヘンの丘です。綺麗。そしたら今メルヘンの丘というところにたまたま通りかかったので、写真とか撮ってました。すごいね今日天気がいいんで幻想的で綺麗です。ちょうどこの緑と茶色の境目のとこもすごい。はい、あとですね 500m ぐらいでアイヌコタンの到着です。すごいね天気も良くて原生林みたいなところを抜けてくるのもすごい気分がいいです。これなのか。
もう普通にちっちゃい鳥またがゴールデンウィークなんで、あまだ平日か。平日だね。今日まで平今日も日だね。中日か。明日からまたお休みや。多少は少ないのかな。そんなに混雑してるようには見えなかったです、ただまあそれなりに人はいるかなって感じです。アイヌコタンの他にもなんかいろいろありそうだからちょっとぐるぐる回ろうかなと思います。そうだね。まあでも昨日に比べたら全然暖かいんで昨日マジ監獄だって。あ、これは裏側から来た感じだね、アイヌコタン。あれ、あそこがアイヌ舞踊なんだね、うん、さっきのシアターがね。お店の中は撮れなさそうだね、うん、どこもね。そうね、うん、すごいね。のさ、髪さ、あのクマって何年前に日本に来てたのかな。アイヌ生活館とかをパパ写真撮って。なんか不思議だね。似た湯になんちゃらカムイが多いんだね。カムイ神だから。フクロウ、コロポックルよっあ、なんかそっち側は何？た。わかんない。この辺から見るとちょうどいい。お店かな？入れない。うん。なんかやっぱ今日あれなのかね、平日だからうん。あんまりやってないね。はい、今ですね、阿寒湖アイヌコタンの方出てきました。規模としてはね、ちょっと想像してたよりか少し小さめかな。で、阿寒湖周辺にもまだ少しありそうなんですけども、ちょっとねこのね阿寒湖アイヌコタンのところがですね、今日はまあ平日っていうこともあってお店がね結構閉まっちゃっててやってなかったんですよね。なんで本当やってるお店だけちょこちょこっと入りながらも見てたんですけど、ちょっとね、まあそこはね、まあ残念かなと。ゴールデンウィーク多分明日からやるのかな。その前のお休みという感じでしょうかね。で、あとは意外とですねアイヌコタンもですね、撮影禁止が割と多くてですね、なかなかそこもまた難しいところではございました。まあ問題ないところだけ撮って、あとはねちょっとそのまま動画にはねしてないので、まあ実際はねお店の中とか入ってちょっといろいろ見てたんですけど、まあその辺はねちょっとね、まあ土地柄的な問題なのか、まあこれだけちょっと大きく書いてるところはまあ何かあったんでしょうね。まあまあアイヌコタンには行きたかったので、そこにはね無事に行けたので良かったかなと思います。今ちょうどこれ左側に見えてるのが阿寒湖かなですね。こんな感じです。はい、今ですね、ちょっとこれ何峠なのかわからないんですけど、もう少しね手鹿がに入ります。なんか手鹿がとかで手鹿がアイヌ語なんですよ。そうなの？なんかそれ書いてます。この辺なんかちょっと雪残ってるね。峠は雪が残ってんだな。あ、雪が。うわあ、壁っていく。この辺は結構あれだね、残ってる。残ってんの。寒いの？そうだ。あ、でもちょっと寒そう。日が当たっても溶けてない。やっぱダウン欲しい。上着欲しい。長袖2枚で寒い。ちゃんがお菓子むさぼり食ってる。はい、今からご飯食べ行きます。美味しい料理がいっぱいなの。カフェ&キッチンマシューの森です。こんな感じのお店。いいよ、入って。最初からイチゴを食べる。これチキンとスパゲティ、チキンスパカツっていうらしい。はい、今ですね、カフェ&キッチンマシューの森っていうのを行ってきたんですけども、普通に美味しいお店でした。うん。じゃあ北海道来た時に行きたい。でもそんなにね待つこともなくね、すぐ食べれたんでよかったです。今回ね、まあ普通に見て普通に好きなもの頼んでたんですけど、だからよくよく見たらこうね餃子ニンニクのお店でなんかすごい珍しいみたいですね、この餃子ニンニクを取り扱ってる。でそこがもともと人気のお店だったっぽくて、注文して食べ始めたぐらいに気づきましたけど、まあでもねその他の料理でも全然美味しかったので、すごい良かったです。でなんか裏手にねキャンプ場も経営されてるみたいで、まあどっちかっていうと野営に近い感じのキャンプ場かな。でも値段もすごい安かったんで、キャンプもできて結構いい場所かな。はい、ということでねお昼ご飯さらっと食べてきました。
昨日で間抜けちゃったんでお昼食べれなかったので今日は先に食べに行きましたでまああとここから18キロぐらいでクッシャロ湖の方に着きます。あ、うんちゃんの顔がチラチラ見える。クッシャロコタンっていうのはアイヌ語アイヌ語で村って意味らしい。だからクッシャロの村うんでもう6キロぐらい走ると砂を掘ると湯が出てくる不思議な場所がある。気になるよね。あれなんだろうね、普通にどこでも掘れば出てくるからね。もう間もなくですねクッシャロ湖の砂湯のところですね。砂湯って書いてある。割とここは車多いね。ほうほうほう。よし、横断歩道かなんかおでもすごい綺麗だねここ。ういちゃん気をつけな。それほど鹿がいっぱいいるんだ。ここからはがき出してもいいな。うんなんていうの砂湯市掘ってごらん。あれあ、こんにちは。2回目ですね結構走ってますね。多分お会いしたのはあそこで、知床のとこですよね。知床のところの滝行かれてる時に、は通り過ぎてすごい手振ってると思って砂場掘ったらお湯が出てくるとかある。あ、そううちもそれできましためちゃくちゃ走ってるあ、お湯出たもう。この辺でお湯出ます。マジっすか。はういちゃんお湯出るって。それ湖は冷たいの？冷たい。あ、そうなんだ。この辺あったかいのかな。座ってみて。いや微妙だな。こんなもん。思っているあれとはまたちょっと違う。飲める。手前でも透き通ってる。多分僕も透き通ってる。多分手話。慣れた？全然慣れる気がしないよ。どこがあったかいの？もう見たときはいいのうち。だってちょっと足入れて。うちあの辺あったかいんだって。めっちゃ掘っとる。この辺まで行くとあったかいみたいです。ういちゃんもじゃあお隣入って地図なんて手で掘ったからビビたる。あ、ぬるいねぐらいの。ちょっとぬるい。同級生2人。そう貧弱ういちゃんそこあったかいらしい。入ってごらん。いいよ。ママあったかい。そこもあったかいの？あったかい。あ、熱い。そんな暑いんだ。すごい熱いね。熱いわ。普通に熱い。いや手突っ込んだらわかる。熱い。あ、本当だ。普通に熱い。本当だ、熱い。すごいね。こんな違うんだ。どうやったらこんな暑くなる？よし、じゃあうーちゃんそろそろ行きますよ。また。うーちゃん。じゃあまたありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。じゃあ出発します。はい。ちょうどタイミング来たのかな。ほらバイバイって。バイバイ。はい、うーちゃんバイバイって。バイバイ。バイバイまたね。バイバイ。砂湯なんか最初掘ってたところこそぬるいなみたいな感じだったけど、クーチャンネルさんたちと一緒に砂掘ってたけど、スコップ持ってた。そうスコップ持ってた。そしたらね、暑かったよね。場所確かに。によっては結構あったかいし、なんかほんと地中深くだったら暑いとこかうんね。最初なんか全然冷たいとこ知らなかった。そうそう、やっぱなんだ場所によるのかななんて思ってたんですけど、なんかね、隣の人がめっちゃ入ってたから見てみたらさ、湯気立ってたよね。こっち来てよかったんじゃないかな。こっちはね、うーちゃんも遊べたから、くーちゃん遭遇できたしね。これはこれでね、また一つね、いい思い出になるんですよ、ね。まあ、北海道だとね、なかなか追ってくることないから、まあ、これで思い出になる。でまたね、このクッシャロ湖っていう場所もすごくいいです。この今ね、左側にずっと湖が続いてるんですけども、湖のね、外側をこうずっと走ってきて、今も来てるんで、すごいね、景色が綺麗です。
でこれから今日はですね川湯温泉っていうところまで今行こうかなと思ってます。でここは何個かね温泉があったんですけども、そのうちの一つのね日帰り温泉やってるところに行こうかなと思います。なんかいる？キツネ？ない。キツネや。キツネ。取れなかった。ドラレコに映ってっかな。毛づくろいっていうかカキカキしてたよね、犬みたいに。キツネさん。じゃあ温泉に行ってきます。はい。さあ、じゃあ温泉に着いたので行ってきます。ゆいちゃんはちゃんと自分のマイバッグです。車内が27度で暑い。ゆいちゃん面白いこと言ってる。 KKR 川湯温泉日帰り温泉です。じゃあ行こう。はい、で今ですね温泉の方行ってきました。ちょうどね行った時間が良かったのか、男風呂をですね完全貸し切って誰もいなくて、でそれでいて施設めちゃめちゃ綺麗で、備え付けのねちゃんとシャンプーとかもあるし、トイレとかもあったし、で内風呂もあったし外風呂もあって、でねこの露天もねかなり綺麗だったんですけど誰もいなくてもう最高でした。そんなに大きいお風呂ではなかったけどね。多分10人ぐらいでね洗い場もが。洗い場4個しかなかったよ。もうちょっとない。6個ぐらいはあったの？ない。あれじゃない？硫黄山でしょ。あ、そうなの？ここ行きたかったんだよね、硫黄山。あそこ寄れないの？すごくねえか。寄れないの？寄る？うん。じゃあさーって行こうか、さーっと。急ぎで行こう。はい、ここですね、硫黄山アトサヌプリ。これねちょうど行きたかったとこなんで、まさか揺れるとは思わなかった。すげえ。もうねかなり硫黄の匂いがします。すんごいなこれ。幻想的や。間近まで寄れるという硫黄のとこですね。噴出してるところまで。いやこんなにね近くで見ることないですからね。さすが北海道。いやそしてね人がいない時間で最高です。めちゃくちゃ初めてかもこういうの、こういう感じのとこ。今までもね硫黄のとこは行ってるけどね、こんな近くまで寄れてないよね。なんかこういう感じのさ、整備されてない感じね。そう割と自然に近い感じ、確かにいつももっと観光地だよね。ちゃんと区画整備されてんじゃん、もっと。だいぶ近くまで来ましたけどこんな感じです。すごいな、幻想的やここも。はいということでねちょっとね僕だけ少し寄ってみます。はいここに書いてある通りなんですけどやけど注意です。こんな近くまで寄れます。これちなみにですけどロープの内側だけです。外側は立ち入り禁止になっています。ちょっとねこれ以上はね近寄らないで、もう今レンズちょっと寄せてるんで少し近めに見えてるかと思うんですけど、めちゃくちゃ近くで見れます。迫力がすごい。うわもわもわや。こんな近くで見れたのは初めてです。こんなところが普通に走っててフラッと出てくるんだから、北海道はすごいですね。すごいね、自然ってすごいね。ただ結構いい押収するから。いやでもいいね、フラッとこういうところがあるっていうのが。向こうの山も綺麗やな。よし、じゃあ今からですね車に戻ります。はい、ということで今ですね阿寒摩周湖の国立公園硫黄山っていうところにですね行ってきました。もうねここねめちゃくちゃ良かったです。あんなに近くで見れると思わなかった。箱根でもあんな近くないし、長崎の地獄谷だっけ、あそこよりも近いよね。近いし、なんか区画整備されてなくてものすごく自然な感じである感じが良かったね。そうだからその分より迫力のあるものをね見れるので、大人はすごく楽しめるんじゃないかなと。まさかこんなねフラッと出てくると思わなかった。はいということでね硫黄山でした。ちょっとねこの後ですね摩周湖にね展望台があるんで、そこだけプラッと行ってこう夕日だけ見れるかなと思ったんですけど、硫黄山がまさかの出てきてくれたので立ち寄った時間もありまして、摩周湖暗くなっちゃってるかもっていう。そうとりあえずね摩周湖の方に行ってきます。むちゃくちゃ綺麗。すごいめっちゃ綺麗。いいね、この景色を見ながらのドライブって感じで、ほらすげえよ、これはすげえ。これは北海道じゃないと見れない。
ちゃくちゃすごい。すげえ。すごい、何にもね、すげえ景色だ。向こう側がすごい。なんて綺麗なんだ。着いたマシュ。綺麗だね、あっち。夕日。ほら見て。本当だ。すごい。寒っ。風がすごいね。上だからね。めちゃくちゃ綺麗。あっち側が綺麗。風がすげえな。寒い。音聞こえるかな。風の音すごいよね。そう。風ってこんな音するんだって。はい、ということでね、マシューコ今行ってきました。だいぶここはですね寒いです。風もすんごい強くて気温が低いです。こっちは下降りれないんだね。ああ、そうだね。ね、湖。確かに。一応なんかでもね、登山用口みたいなのさっきあったから、登山者みたいなコースはあるんだと。で今日はね、もうこの後はまだ何も決めてないんで、とりあえず買い物だけしてその後考えます。はい、今ですね、買い物も終わって車中泊場所に到着しております。で、なんでかうーちゃんとママは車ってます。寒いんですよ、意外と外。そう、室温はね 23.9 度ぐらいあるんですけど、多分外はでもまだ7度ぐらい。7度？昨日は4度とか3度とか、それに比べたらちょっと暖かくぐらいですかね。で今日はもうね、簡単ご飯というか、もう買ってきたもの食べるだけなんで、ちゃちゃっと用意して晩ご飯にしちゃいます。うーちゃんは？うーちゃんキツネ。うーちゃんはちっこいキツネ。あとお刺身とか買ってきてるんで、それをね、意外と量多い。どうなんだろう。じゃあね、今日はねトースターを使っていきます。結構これ量あるよね。でどうせ多分うーちゃん1個しか食べないじゃん。食べてもうーちゃんは、カップ麺とあとお刺身あるからちょっと量多いよね。今日はもう疲れたので手抜きでございます。意外とね、いろいろ回ってんの今日。お風呂上がりから回った。細かくいろいろ回った。カップラーメンでもいいんじゃない最悪。カップラーメンでいいじゃん。なんかあるでしょ。カップラーメン買っとけばよかったね。あるよ。なんかほら、こっちのやつ。こっちのやつ。まあ明日はね、美味しいお魚が買えそうなところが何個かあるんで、明日はそこを重点に行こうかなって思ってます。はい、もう今日はね、こうやって電子レンジで軽くちゃちゃっとやって終わりっす。今日これとこれにしようかな。いいじゃん、カップラーメンで。非常食。お惣菜とちょっとお刺身食べてから考えよう。万が一マジでいらなかった場合。そうだよ。じゃあちょっとね、ご飯準備して、今日はこっちのねちょい飲みテーブルで全部揃えて食べようかなと思います。初日以来の札幌クラシックが待ってるはずです。今ね、とりあえずトースターでこれは温めました。であとはね、うーちゃんの赤いきつね用にケトルでお湯沸かしてます。最近ずっと早いね。早起きだからまだ8時半だけど、なんか眠くなってくる。最近もう11時前か11時頃に寝ちゃうから。家より健全で、この1週間ぐらいだって毎日2時とかって毎日2時3時までなんかしかやって過酷な労働。そんな中でもママはすぐに「眠いから今日寝るわ」って言って寝てたけど。そうだよ、眠い時は寝るよ。ママだから最初なんか旅出て、今もそうだけど、なんか最近朝早いんだよね、起きるの。で今日のメイン、どこさんかは知らない。直線盛り。直線盛りって何？知らない。なんか初めて聞いたね、直線盛りって。どういう意味？わかんない。どういうこと？直線盛りってなんだろうね。直線盛りって、刺身ってことには変わりはないよ。じゃあうーちゃんもうーちゃんの席ついてください。たまによ。久々のビールです。札幌クラシック。いやパパね、これね買ったんだけど飲んでないんだよ。ゆっくりするのが子供。ちょっとはい、じゃあ乾杯しましょう。うーちゃんも持ってください。もう飲みました。乾杯。今日はパパが久々にビール飲めるから乾杯。乾杯。手のマナーズオクという久々だからね。何日ぶりのビールだ。言うて家ではあんまビール飲まないんだけどね。うーちゃんこういううどん好き。ママもこれ好き。好きだよね。なんかぬるぬるっとしたところがチュルっと美味しいの。うーちゃんだって自らうーちゃんこれっつってた。今日はうーちゃん何が楽しかった？
楽しかったっていうよりもね、お昼ご飯が美味しかったところかな。パンケーキ？パンケーキだ。パンケーキだ。ホタテはさ、こっち北海道来て全然食べてないんだけどさ、結構売り出してたじゃん。なんか青森で結構ホタテを食べたから美味しい。もうお腹いっぱいかなっていう部分あったけど。オホーツク海で取れた方のホタテはなんか身があれなんかすごそう。なんかやってたじゃん、流氷の。オホーツク海にはホタテがいっぱいって。あんまりね、ホタテとかもそんなにうちら食べなかったからね。いや今日は夜は出ましたわ。いろんなとこ行った気がする今日。今日はさ、めっちゃ行ってるよ。で、うーちゃん寝てたよ途中。うーちゃんがだって寝てる間に湖と夕日見たよ。うーちゃん動画で見てください。で、今日のコメントテーマは、うーちゃんが決めた。そう、うーちゃんが決めました。今日のコメントテーマは緑と、赤のうどんとそば。これ赤いきつねと緑のたぬきだね。それどっちが美味しいですか？ぜひコメントで教えてください。はい、ということで今日のコメントテーマは赤いきつねと緑のたぬき。どっち派？どっち派ですか？ちなみにうーちゃんは赤いきつね、ママも赤いきつね、パパは緑のたぬき派です。カリカリっとしたね、あれがいいのよ。後のせの。うーちゃんはこの甘いきつねがいいのよ。うーちゃんきつね派です。ラッキー。あれ画期的だなと思ったもん。後のせっていう。そうだよね。あれ最初からやったらブニョンブニョンになるから後のせ画期的だよね。まずは赤いきつねが緑のたぬきで2択で分けてもらって、いやこれどっちも食べないんだよね、これなんだよっていうのがあれば、その 3択目でコメント欄で教えてください。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。飲むの？飲む。この旅入って初めてじゃないかな、このが出てくるの。もうでもね、パパね、この日本酒選んでる時とかね、もう痛くてなんかあんまもう覚えてないもん。はい、ということでね、こちらですね、福司の大吟醸。美味しいよ。買ったところまでは覚えてます。でもパパは一口も飲んでないんで、なのにもう半分ぐらいしかないっていう。まだ残しててあげてる方だよ。耳生えたたぬきちみたいな。いや、きつねだよ。きつねなのあれ。今日見たやつよ。甘いねこのお酒。甘いねこれ。甘いのかな。なんかパパあの時やっぱなんかちょっと味も分かってなかったのかな。最初なんかちょっとイメージが違うんだけど。でも結構日本酒感はある。そうだね。甘い感じの日本酒だね。ママがこれがいいとは言ったけど試飲してないからわからん。あ、でもなんかお刺身とかに合いそうな味。うーちゃんが好きなこれちょっと1個だ残してたよね。サーモン？あ、そう、好きなの。食べれるようになったんだっけ？甘いさプルプル感のやつだよね。でも美味しくない？日本酒。これは甘いやつだ。結構味は濃いと思うな。さらっとはしてないね。残るからね。なんか日本酒自体もちょっととろみない？じゃあ今日カップ麺で終わっちゃう。たまにはそんな日もあるわな。もう毎日きつねでいいわ。うせやろ。はい、最後はねラーメンを分け合って締めます。なんか1個半分ぐらいがちょうどいい。普通のカップラーメン。はい、今日はね久々にテレビ使います。クロームキャストのやつでつないであるんで、たまにはねこのテレビも使っているととても便利です。ちょっとねお酒飲みながらゆっくり見ようかなと思います。はい、YouTube 見終わりましたのでそろそろ歯磨きして寝ます。見てください、このうーちゃんの格好。アイス食いながら。うーちゃん掃除機かけないとボロボロや。うーちゃん北海道楽しい？お茶とか飲みたいな、暑い。緑茶飲みたい。ない。寝ます。はい、じゃあもう寝ますよ。はい、じゃあうーちゃん今日もおやすみなさい。おやすみなさい。6回か7回ぐらい寝たらもう旅が終わってしまいます。おやすみなさい。です。じゃあ今日も寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、8時1分です。室温が 21.9 度で湿度が 52% です。で、今日はですね、少し長く走る日になっているので、準備してね、出発したいと思います。はい、今日はですね、こんな日程で行こうかなと思います。もうね、重要なのが一番最後ですね。335キロ。なんで、もうね、今から走って3時半ぐらいに着くだろうと、ダイレクトに行っても。
まあ、実際は多分夕方とかになっちゃうと思うんですけどね、ところどころね今このいろんなの入れまして、まあ、寄れそうなところあったら寄ろうかなと。全部寄れるわけじゃないと思うんで、とりあえずピックアップだけしました。ということでね、今日はこれから出発したいと思います。はい、ということでね、今スタートしました。今日はですねまだ摩周湖周辺にいますので、ここからスタートして、で明日には稚内に入ろうかなと思ってます。なので今日はほとんどね移動だけする日になるのかなと。で移動の道中の中でいろいろとね、行けたらいいかなと思っております。あとはね今日は距離走るので、運転ももちろんね注意しなきゃなんですけど、燃料もですね気遣いながらどっかでねまた軽油燃料入れて燃料気出さないようにねちょっと管理もしなきゃいけないかなと思っております。雨とかで降ってるわけじゃないんで、その辺はね海岸沿いだから走り出せば気持ちいいかなと思っております。はい、ということでね、まずは向かってるところに行きたいと思います。で最終的には道の駅猿払というね隣接にキャンプ場がある道の駅がありまして、そこをね最終ゴール地点として一応目標としてます。ただ道中で、思った以上に時間かかるとかであれば、もうちょっと手前の道の駅とかねキャンプ場で、今日は車中泊するかもしれません。はい、ということでね、まずは向かっていきたいと思います。すごいね。すごいね、まだ雪が残ってんね。寒くて残ってる。そうそう。でこの目の前に今見えてる駐車場みたいなところが道の駅なの。ぐるっとパノラマ見幌峠。この上から景色が見える、ね。そうほらここが道の駅だ。すんごいね。めちゃくちゃ景色良さそう。こっち側も景色が見えるようになってる。すごいね。高台なんだね。ちょっとねあまりにもやばいんで軽く水洗い高圧洗車で流します。すんごい汚い。パーッと流すだけです。吹き上げはほとんどしないです。ちょっと汚れているので洗車中ですが、すんごい汚いの。でもだいぶね綺麗になる。だいぶ汚れ落ちる。はい、こんな感じでね結構綺麗になりました。このままもうね今日走っちゃいます。である程度乾いたら少しだけさっと拭きます。いいでしょう。はい、今ですね、軽く高圧の水洗い洗車だけバーってかけてボディ全面洗ってでもう一回洗い流してでささっとね拭きました。あとは自然乾燥かな。ただの水洗い。でもだいぶ綺麗になったよね。20分ぐらいで終わったからちょうどいいよ。変な泥汚れがなくなったぐらい。水洗いねできて汚いなんかねよくわかんない泥がね全部取れたんで、それだけでもだいぶ良かったです。でこの後ですね心市場かなんかっていうね市場があるみたいなんで、そこにね今から向かっていきます。あと18キロぐらいなんでそんな遠くはないんですけども、そこでねちょっとね今日のご飯とかね変えたらいいかなと思っております。はい、ということでね向かっていきたいと思います。はい、もう間もなくですね心道の市っていうところにね到着します。なんかお魚とかね買えるところみたいです。あとね 800m ぐらい。全然関係ない話ですけど、キャンピングカーとやっぱ北海道すごいすれ違います。で結構みんな手振ってくれるっていう。うーちゃんが一生懸命窓から手振ってるあれかな経由地付近ですね。なんかあれっぽいね。なんか結構車多いね。上を曲がって向こう側から入るのかな。向こうから入れるの？違う？入れない？はい、ということでね道の市魚か。およそ 100m 先左方向。人気なんだ。ね。なんかカニが掲げられてる。やっぱ今カニなんだな。はい、こんな感じですね。ところ道の市。ウニゲット。よし、はい、今ですね、ところ道の市でですね、買い物してきました。
結構ねお魚本体が売ってるところな感じでしたね。まあまあちょろっとはあったんですけど、そこまでお刺身とかが並んでるっていう感じではないです。なんかホタテとかさ、がなんか訳ありって書いてあったけど、そうそう、ホタテとかがなんかその場でなんかさ焼いて食べれるんだよね。そういう意味ではホタテとか好きな方、特に牡蠣とか牡蠣、ホタテ、貝類が好きな人は、なんかね訳あり、ちょっと多分形のあれとか、賞味期限の問題なのか分かんないですけど、結構ね安く売ってて、でその場で炭焼きかなんかで焼けて食べれるっていうコーナーがあって、で好きな人は多分すごい楽しいと思う。うちの場合ね、ホタテとかもねちょこっとでいい人なんですよね。あと飲みたくなっちゃうんで、ちょっと今の時間だと厳しいなと思って、なんでウニだけ買ってきました。サロマ湖産のウニです。そうか、サロマ湖はこの先か。この先だね。この先だ。調べてみたらあんまり有名ではないけど、近年ちょっと人気にっていうか、美味しいみたいな感じでは書いてある。ちょっと気になるね。でこの先にもねちょっともう一軒あるみたいなんで、そこもちょっと寄っていこうかなと思っております。斉藤商店とかお魚が安い店みたいな書いてあって、外にの表示に出てたけど今21度だって。こっちあったかいね。なんか北に行けば行くほど寒いんかなと思ってね。場所によるの。どうか野サップ、岬、あっち寒かった。で今が浜サロマ町で、この後左側にあるのかな。北海道の道時折すごいボッコンボッコンしてるからさ、めちゃくちゃ跳ねる。なんかあるよ。これか。これそれだな。止められる。到着したけど。これって何屋さん？これです。魚の安いですよ。はい、今ですね、お店行ってきたんですけども、やっぱりねカニとかね本体が多いよね。カニとやっぱホタテ。そうそう、カニホタテがやっぱり多い。あと干したものだね。そうだね。どっちかっていうとやっぱ家で食べれるよね。干物か。あんまりこう車内キャンピングカー向けではないかな。ということでね、こういうでもねお店ね一つ一つ寄れるので、またこういう旅も楽しいんで、今日はねこんな感じで向かっていく最中に何か見つけてはいくっていうような感じで旅していこうかなと思います。で一応次もなんかね朝多分探して入れたんですけど、あんま覚えてないんでとりあえず向かってみます。どっちにしろね、北に向けて今ずっと北上していきますので、そこにはね変わりはないかなと思います。あと道中なんか気になる店があればちょこちょこ寄ってね、行こうかなと思います。これがサロマ湖です。ほぼ海ね。サロマ湖って大きいのかな。でかい。普通に海。琵琶湖とどれぐらい差があるんだろう。琵琶湖の場合はでもほら陸に囲まれてるじゃん。サロマ湖はこれもうオホーツク海半分入ってる。してんの？あ、そうなの。でも一応囲まれてるよ。一応ね。道の駅サロマ湖。いいよ。チーズタルト。ホタテとかじゃないんだって。ホタテ超人気だったよ。はい、今ですね道の駅サロマ湖っていうところ行ってきまして、ふーちゃんねチーズタルトを食べてます。でこんな感じでね今日はねプラプラ旅をしてるんですけども、ちょっとね、どっかでまとまってね買い物したりとかお昼とかも食べなきゃいけないんで、ちょっとねこっからはですね、50キロぐらい走って一旦紋別まで行っちゃおうかなと思ってます。で紋別まで行ってご飯とかね買ったりとか、あとね現地でなんかまた食べれたらいいかなと思っております。なのでまずはね紋別まで、向かいます。はい、今ですね紋別の方に着きました。ちょっとね聞こえてるかと思うんですけども、風がものすごい強い。風速ねこれねさっきのでも8ぐらい、なんかでも10ぐらい感じるよね。ダブルタイヤでも持ってかれる。結構持ってかれます。だからね風がね結構はっきり強いのが分かる。結構今慎重に運転してるんですけど、危ない。でこれからね紋別の方の、カニのオブジェとかねある方に行こうかなと思います。もうじきね到着です。風すごいな。バッサバッサやるじゃないですか風が。オホーツク海だ。綺麗だね。でこれを右に曲がると道の駅のオホーツクがあって、でどうやらそのところにカ
カニのもう見えたねカニ。ほらいっちゃんあれカニのお手手や。あれでかすぎやろ。よくみんな写真撮ってるやつか。あれね、あのモニュメントね。じゃああれ見に行こうぜ。よしじゃあ行きます。風がねすごい。風速9まで9メーターだね今。とりあえず風がすごいです。で、ここがね道の駅オホーツク紋別です。でカニのオブジェがあるんでそれを見に行きます。おお本当だね、看板が飛んでっちゃいそう。本当だ、あったね。近くまでは行けないかもしれない。これ見えるかな今映像で。砂がすごいっすね。めっちゃ舞ってる。だんだん近づいてきたよ。ね、だんだん近づいてきました。車で行った方が早かったね。そうだね。近くには行けないんじゃないそんなに。さあ急げ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 。15年間会場で展示されてたらしい。すごいね。はい、今ですね出発しました。カニの爪は風がすごかったね。この地域強風すごい。オホーツクの風はすごいですね。すごい。もともとこういう地域なのかな。風が強い、ね、風速10メーターぐらいあった。で道の駅なかった。なかったっていうか道の駅って感じのあれではなかったよね。科学館みたいな。でこの先にですね、オホーツク氷門の駅というねところがありまして、道の駅みたいなところなんですけど、そこになんか物産館とかねあるみたいなので、そこまでね、行こうかなと思っております。でそこでなんか物買えたりとか、あと近くでなんかね食べれそうなとこあったら食べ行こうかなと。ご飯もう言うてもうもうすぐ2時だからね。はい、ということでねちょっとね向かっていきたいと思います。はい、あとですね700メーターぐらいで到着です。やっぱね海岸沿いはかなり風強いですけど、少しだけねこの内陸というか内側に入ってくるとだいぶねまだマシかなと。それでも結構木々揺れてるけど、海岸の方はねもっとなんかダイレクトな感じが、遮るものがないからかな。でここで一旦行って買い物行って、できればこの辺でね他にもね買い物が必要であれば買い物して、意外と夜のものが何もないんだよね、ウニ以外であとはお風呂も入れそうだったら入っちゃう。こっちの方が道の駅っぽいね。なんか本当だ。ここくつろぎの湯もあるじゃん。お風呂もあるんだ。そうなの。スーパーマーケット横にどこ？しめまるスーパーマーケットって書いてある。本当だ。氷門の湯っていう湯があったよ。そう。はい、こんな感じで着きました。スーパーマーケットも入ってなんとかなりそう。ちょっとこのままね下の街の方見てみます。なんかねこっちの下の方にいろいろありそうなんでちょこっとだけ見ます。ちょっと歩いてみたんですけど、臨時休業だらけで、やってるのかが分かる。意外とねお店がやってなくて、お昼ご飯もなんか微妙。どうしよっかな。まさかの真横にカフェをつけた。行こう。美味しかったです。中は古民家、ジャズが流れてる。そう、撮影は NG だったんだけど、すごいお店の雰囲気良かったんで、大人の人は好きな感じだね。うーちゃん初めてのちゃんとしたカフェじゃない、生意気に。ペットボトルのコーヒー牛乳は残念牛乳だからね、うーちゃん。新しく奮発したコーヒー牛乳。どうですか？美味しい。はい、今ですね、温泉入って出発しました。今日はこれからですね、あとね150キロぐらい目指して走ろうかなと思っております。ちょっと夜になるかな。そうで、道中ですね、車の燃料入れるのと、あとは一回買い物もスーパー買い物行かないといけない。
スタンドはねもうちょっと見つけ次第行こうかなと思ってます。なくなりそうだもんね。だからまだそんなにメーターはね減ってないんですけど、ただ走行はね240キロ走ってるんで1回ね入れとこうかなと思ってます。まずはちょっとスタンドと買い物行ってきます。あ、ダイソーもある。この間のあれみたいなもんか。なんかセットなのかね。DCM グループかな。うん、買い物一回行くよ。キャンドゥも入ってる。はい、とりあえずね今買い物を終えてきましたで、燃料もね入れ終わったので、これであとはもう走るだけです。もうすべては終わった。よし、それではね150キロぐらい走るか、その手前の道の駅とかどっか見つけたらそこにするかはちょっと考えながら行こうかなと思います。ちょっとね明日はね、稚内まで行くんで、ちょっとなるべく今日のうちに走っとこうかなと思っております。まあ、海沿いなんで今度風がね多分まだあると思うんで、そこはね気をつけながら道北に向かっていきます。夕日がとっても綺麗。うーちゃん夕日綺麗。こっちで見ると綺麗だな。綺麗だね。なんかビルとか高い建物ないからじゃない。なんかさ形とかもすごい綺麗にね。うん。なんかすごい眩しいね。あー綺麗だね。ちょうどこの川水何かに照らされて、そして夕日ってこんな眩しかったっけ。なかなか見れないようーちゃん、こんな景色。そうだよ。すげえ綺麗。すごい真ん前だ。真ん前。あ、さっきよりもオレンジがかってうん。眩しくなくなった。いやなんか本当日本じゃないみたいな。ね。てか北海道の夕日でかくない？でかい。はい。で今ですね、むちゃくちゃすんごい風強い。あとね街灯が少なくて全然見えない。今ねまだこう街灯今多いゾーンに入りました。多分この辺街なんじゃないかな。ただ風が強い。うん。風がすんごい。やっぱ海沿いオホーツク海険しいんじゃない？うん。風がすごいね。ね。ほんとね持ってかれる。風速もねずっと8メーターとか9メーターとかあるから、で多分最大瞬間はもっとあるんじゃないかな。うん。通常なのかなこの風。それとも今日が結構風強い日なのかな。ね。こちら辺詳しい方ぜひぜひコメント欄で教えてください。お願いします。なんかむちゃくちゃ風強いし、すごいよ。おおおお。風は強いし見づらいし、海がこう真横なんですね。で多いな。木がないから、多分あの辺だったらまだマシなんじゃない？木横ほら生えてるじゃん。暴風林がないんだよね。そうだからもうね道路脇のこのね見てもらうと分かるんですけど、すんごい揺れてるんですよ。この辺はまだこっからはまともになっていくんじゃん。どうなんだろうね。何もないよりかはマシなゾーンじゃないの。まあね、いずれにしてもかなり走りづらいです。はい。思ってた以上に快適に走れない。はい、今ですね、そう道北にもう入りました。枝に幸せって書いて町。なんていう読み方だったっけな。まあ多分テロップで出てます。ここから道北になるらしいですね。むちゃくちゃ風強い。とりあえず中っていうかむちゃくちゃ強い。これ大丈夫かっていうぐらい。マジでね、車が左右にダブルタイヤで持ってかれるぐらいのそう風の強さだよね。見なかった。なんか風の強い日のアクアラインずーっと乗ってますって感じの緊張感。はい、今ですねもう一度走り出しました。一回休憩挟んでどっちにしてもねやっぱり今ね風速10メーターぐらいかそれ以上ぐらいがあるみたいです。まあここで止めたところで、今道の駅止まったんですけど、すんごい揺れちゃってちょっとここで車中泊するのも難しいなっていう判断です。ここから38キロぐらい先に少しだけ内陸に入ったところに道の駅があります。なのでそこまでちょっと走ります。多分これ過去一だな。過去一こんなに風が強い続く日に走ってる。
今結構持ってかれたぞ。風は強いわ、真っ暗だわ、鹿は注意だわ。道北やべえな。油断は禁物なんですが、これから内陸側に入っていくのでまだいいんじゃないかなと思うんだけど、あ、すんごいちょっとね話す余裕がない。ママが今話してるだから。で一番ここがすごいかもしれない。おお、もっと音聞こえてる？これ拾ってんだろうけど、時折来る突風が最大だと結構いってそうだよね。内陸側に入ってきました。最後に橋があるのか。最後橋あんの？この先橋になってる。おお、持ってかれるね。あと2キロぐらいでゴールです。いや早い。すごいねこの辺。お疲れ様でした。お、着いた。それなりには風を受けるかも。なんか車結構多いな。もうみんな風すごくて無理って諦めてるかも。いやみんな海岸沿いは無理でしょ。無理。多分みんなしんどかった。はい、今ですね、なんとか道の駅北オホーツクというところに来てます。先ほどね確認したんですけども、平均でねだいたい11メーターぐらい風速で、最大でね21メーターぐらい吹いてるみたいです。なかなかえぐいね。アクアライン通行止めレベルですね。でね、ここもうねバンコン、キャブコン、バスコンみんないますね。多分もうみんな避難してる。ここでもうこの先進めんよ。危ない。揺れてる。これ見れば分かる。この水。いやーすごいね。でもこんなね風が強い中こんな長い距離走ったの多分過去で初めてです。どうなんだろうね。ここだけなのかな。稚内がどうなのかだね。そこが一番あれだね。明日稚内まで行かなきゃいけないから。まだ登んなきゃいけないから。ほんとね、北海道に来てね、いろんな自然の猛威に当たりながら旅をしてる。北海道の旅ならではなんかなっていう、こういうのは。でも今日一日風強いからね。さて、もう9時なので、ささっと。そうだね。ささっとご飯食べよう。簡単なご飯で。今日はね、時短ご飯です。電子レンジとかね、フル活用です。今日はウニイクラ丼にして味噌汁とイカのお刺身があるので、あとネギ塩麺。合格したら長ネギ。ダメ。醤油。揚げナスかなめこ。豆腐。揚げナスとなめこが減らないじゃん絶対。じゃあナス。じゃあほうれん草。ほうれん草。キャンピングカーはやっぱいいね、こういう時に。あったかい。でもね、こっちあったかいね、なんか。そう、気温はねあったかいんですよね。それこそね、網走の方が全然寒かった。さっき他の人たちのさ、ツイッターとかのさ、ゴールデンウィーク事情見てたらさ、みんなエアコン稼働してたからね。エアコン稼働してんの？マジ？もう暑すぎる？そんな暑いの？稼働してて。マジか。エアコンはまだフィルターもこれも取ってないもんね。一回でもあれだね、使うんだったら掃除したいもんね。ここはさすが北海道で、エアコンの出番はないかなって感じ。明日はこの中ね、最北端に行かなきゃいけないから。はい、こちらですね、今日買ってきたやつ。メインはね、こちらサロマ湖のウニとどっかのイクラ、あとイカは北海道だっけ。イカ北海道産。揺れてる。すごい揺れてるね。で、あとネギ塩メンマでご飯を食べようと思います。風がマジですごい。そんなんか意外とあれかな、塩分あるから醤油いらない。醤油漬けだし、これじゃあ別がいいっていうから。ジンバルが揺れてるのか車が揺れてるのか分かんないね。車が揺れてます。多分21メートルだよ。無理があった方がね。よき。いや、豪華。
よし、食べよう。うーちゃん海苔いらないでしょ。いる？いらない。いらない。じゃあいただきじゃあ乾ます。杯しましょう。いただきまいただきますす。乾杯。乾杯。うわ、すごいね。ボンちゃんは飛ばされないけどさ、台風の方が怖いよね。うん。これもあるよ。うん、ママ、今度ママに。うまい。うん。うまい。なんかね、塩水にちょっとミョウバンが入ってるからどうなんだろうと思ったんだけど、そんななんかちょっとだけみたいだったから全然。ただすごいのよ、風が。うん。カメラがね、車内だけど倒れそうな気がする。うん。一回食べた。食べた。何やってんだ。風が強くてさ、車が反応してるらしいよ。初めてだね。うん。風が強すぎて緊急車中泊みたいな。目的地まで行けなかったから。どうすんだろうね。うわ、風やっば。そうだよ。あとだけ。カービィゴム結構入れて。カービィだったらこの道来れてないからもう途中で断念してる。やっぱダブルタイヤっての大きいよね。ダブルタイヤでも今日揺れてたけどね。でも明日の土曜の日は。明日もでも風強いらしいよ。明日日中は風が強いっていう。おうちゃんはもう眠いのであっちパパのベッドで寝ます。はい。先にね。豆焼きもらったからね。じゃあおやすみなさい。良いね夢を皆さん見てください。バイじゃあバイ、ねおやすみ。バイバイ、おやすみ。だからこのまま寝る。いいよ。おやすみ。じゃあちょっと大きくなったらそのうちあの辺で寝そう。じゃあおやすみ。おやすみ。はい、今時刻は10時半です。パパはもう運転で疲れてくったくたになり、うーちゃんはパパのお布団で爆睡状態です。一方その頃ママは片付けしてました。もうみんな爆睡だからそろそろ私も歯を磨いて寝ますかな。バンクベッドもどうにか設置できたので、もうみんな寝ちゃってるので起こしてそれぞれの場所について寝たいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、6時17分で、室温 18.6 度、湿度 48% です。全然ね、車内は快適に過ごしてますけど、相変わらずのこの風です。今日もね、強風が1日続くということなので、だいぶね、気をつけてね、宗谷岬まで行かなきゃいけないかなと。今いるところから宗谷の方がもっと風が吹いてるみたいなので、よりね、気をつけていって、でそれからね、稚内の方まで。でもうこの辺一帯ね、ずーっと強風らしいです。ずっとね、風速がね、常に平均風速10メーターっていう、突風が最大20メーターぐらいらしいんで、本当台風だなっていう感じですね。はい。ということで、今日もちょっとね、準備して向かっていきたいと思います。はい、今日はね、うーちゃんは後ろの席です。ここからスタートです。かなりね、風が強いので、うーちゃんはね、後ろで動画でも見ててもらいます。こんな感じで、セット OK です。はい、今ですね、出発しました。で、今日もですね、一日中強風ということなので、ちょっとね、宗谷岬稚内に関しては今日一日ね、ゆっくりいようかなという予定だったんですけども、風があんまりにも強いので、一旦ね、宗谷岬には行こうと思ってます。風速がね、今は10メーター前後、15メーターって書いてあったかな。かなり強いんですよね。最大で27っていうのもかなり強いと思います。で、この辺今いる僕らがいるとこでさえ、今は平均風速 6.7 とか7メーターぐらいなんで、その2倍ぐらいが今平均で、宗谷岬が吹いてるということなので、ちょっとね、行けない可能性もなきにしもあらずかなと思っております。だからとりあえず向かうは向かうけど、どっちにしても今日宗谷岬稚内に関してはちょっとパッパッと行こうかなと。長いはしない、長いはしないで、内陸にすぐ戻ろうかなと思っております。予定ではね、ちょっとそのまま稚内のどっかで一泊しようと思ったんですけど、ちょっとね、状況的にそういう状況ではなさそうなので、行くだけ行って、最北端はねちょっと行きたいんで、できれば行く。でその後はねちょっと内陸側に戻ろうかなと予定しております。はい、ということでね、安全運転で向かっていきたいと思います。
もちょっと曇りだね。多分今日ずっとこんな感じなんじゃないかな。なんかはい、今ですね、かなりこの強風の中なんですけども、猿払村っていうところにね入りました。日本最北端の村と呼ばれてるね猿払村です。今のところだだっ広くまっすぐ道があるのみ、あと風が半端じゃない。昨日本当はこの先のねとこまで目指してたんですけども、こんな内陸側でもこんな風強いんで、海側はもっとやばいんだろうな。もうあの辺がそうだね、町っぽいね。宗谷まではねひたすらまっすぐ行くだけです。本当はね風も穏やかでね、天気も良ければゆっくりしたいところだけど、そうも言ってられない。あと2キロぐらいで道の駅猿払ですね。目指そうとしてたとこ。そう、昨日目指そうと思ってたところ、公園、猿払公園。風がなければね多分最高の場所なんですよね。ロケーションいい。ロケーションは最高です。もうねあと30キロぐらいなんですけど、なかなかねちょっとね会話ができるレベルじゃないんですよね。運転に集中してないとなんかねめちゃくちゃ持ってかれる。ここだね、猿払公園。本当だ。ホテルもあるんだ。本当だね。なんかいろいろペンション的なものもあり。あと残り30キロ進んできます。風がすごい。風がすごい。稚内市に入った今稚内に入りました。風がね段違いですごくなってきた。本当に強い。時折キャンピングカーに出会うよね。そう、時折キャンカーが前から来るんで、行かれた人がいるんだなっていうのが分かる。みんなこんな気持ちで運転してんのかな。横がねなんかずっとこんな感じでね、多分ずっとこの景色で遮るものがないから余計に風が来るような気がする。波消しブロックや。ここに波来るのかな結構。どうなんだろうね。強い時は来るんじゃないやっぱり。ね。だってここにあるぐらいだから。じゃああとね15キロまで来ましたので、ここからね安全運転で向かっていきたいと思います。すごいなここ。すごい。宗谷岬まで残り10キロの距離です。北海道ってどこまでも国立公園のようだよね。壮大だね。またね映像で見るとね風が綺麗に揺れてるかもしれない。実際は風で怯えてるんだけど、なんかね草がいい感じに綺麗にウェーブしてんだよね。風が強い中しかも大変。意外とでかい。うわーすごい。すごいね。また綺麗になびいてるね、この強風のおかげで。そしてここからは一気に海が近いね。真横です。なんかものすごい距離走ってきたような気がする。ついにね日本最北端、最も北の位置にある岬に無事到着です。長かった。うわすごいね、風でなびいてる。向こう側にね。すごっ。なんだあれ。浅瀬だから余計にあれなのかな。おお、宗谷岬。ここから宗谷岬なのかな。あともう3キロぐらい。モニュメントまで。わあすごいな。これ 1.8 キロ。うわー風強いぞここも。なんかね人が全く歩いてない。街はあるけどゴールデンウィークだよね。全く人が歩いてない。あれなのかな、こういう時はもう家から出ない方式なんだね。でも結構車いるね。本当だ、キャンピングカーもいるじゃん。結構車はいる。寒そうだからダウン着とこうかな。結構多いじゃん。そうだね。はい、とりあえずね今着きました。風がやばい。すんごい。すごいね。風がマイク飛んでいかないか心配だ。声取れてるのかなこれ。よいしょ。マイクノイズリダクション入れました。聞こえてるかなこれで。よし、じゃあ撮るよ。いくよ。
でも結構キャンピングカーもちらほら、キャブコンもバンコンもちらほらってです。ちなみに今現在アメダスだとね、風速が南南西に 16.1 メートル。すごいね。風速16メートルです。すごいね、オホーツク海だ。触ることないから触っとこう。あ、冷たい。冷たい。ちゃんとやってごらん。冷たいね。いやー、すごいね、オホーツク海だ。初めて見た。ああ、向こうはすごいね、もっと。うわー、すごいね。宗谷岬っていつもこんな感じなのかな。ちょっとね、奥に神社があるんで、ここも見てみます。宗谷岬神社。賽銭箱。はい、オッケー。よし、行こう。よし、じゃあとりあえず宗谷岬を出発しました。なかなかな風でございました。今もなかなかの風が吹いてます。こっち側の方が風強いな。今走ってきた道より。あ、そう。でこっからは宗谷岬、端っこ来たので4極証明の一つを取りに、そう、稚内市まで一気に行く。意外と宗谷岬から稚内までが30キロあるから結構遠いのよ。そうだね。あ、なんかすごいボランティアなのかな。ゴミの清掃していらっしゃる。ああいう人たちがいてくれるからね。綺麗に保てて。保たれてるから。風がね、宗谷岬だけちょっと次元が違うんですよ。ここはね、ちょっとね、早く離脱したいっていう。揺れ方が尋常じゃないんで、ほんと台風ですよ、台風。ぜひね、来られる方はね、特にキャブコンとか乗られてる方は風をね見ながら来ていただいた方がより安心して楽しめるのかなと思います。あ、でも向こう山あんまなかったじゃん。ちょうど今この左手に見える、今動画で見えてる部分が稚内空港らしい。空港あるの？これ飛行機飛べるんかな？どうなんだろうね。関係ないのかな。あとね10キロで着くかな。もうちょっとでゴールですが、多分一番端っこのマクドナルド、日本最北端のマック、そう、この先にあるらしい。あれか、これ本当に？これだよ、これ。ここが最北端マックです。まあスルーしますけど。行かないんかい。行かないやん。あと少しで、道の駅稚内を着くと思います。この稚内のところに観光協会かな、なんかがあって、でそこで先ほどのね最北端証明書をいただけるようなので、ちょっと行ってきます。そうですね、ここを右に曲がって、目的地付近です。電車や。日本最北端の駅かな。何でも最北端。午後の天気は雨時々晴れ、降水確率。結構むちゃくちゃ混んでない？道の駅稚内って半端じゃなく混んでんだけどね。すごいじゃん、みーちゃん。ここ一番来たらしい。電車の一番端っこのセンター。最北端ゲットしました。はい、今ですね、無事に4極証明最北端宗谷岬をいただきました。稚内駅の記念入場切符、入場券を買ってきました。そう、ここね、日本最北端の駅だっけ？最南端から最北端に来る最後の駅だ。線って書いてあったよ。あ、線かみたいですね。駅かはちょっと分かんない。まあ、JR 稚内駅ですね。いやー、でもようやくね、最北端の証明書ももらったので、これであと鹿児島かな、あと一つ
今日はさ朝8時ぐらいから行動してるからすごい早い、そう今日は早めの行動です。で今日はねこれからですね稚内福港市場っていうところかな、もしかして読み方違うかもしれないけどっていうところがちょうどさっきね来る時にね目の前に通ったんですよ。多分そこは市場、漁港市場みたいなところなんで、今日の昼ご飯とか夜ご飯も買えたらそこで買うのと、あとはあれだよね実家のお土産みたいなのもそうだね。そこでもしあったらなんか買っていこうかなみたいな。はいということでねその市場までちょっと向かっていきたいと思います。着きました。結構でかいぞ。今ね到着しました。結構大きいです。あ、全国発送って書いてある。書いてある？大丈夫か。はいということでね市場の方に着きました。こんな感じです。多分店内取れないのでここでちょっとね買ってきます。とりあえずねここではお土産だけ買いました。お土産っていうかね毛ガニをね直送した。なんかね冷凍じゃなくて冷蔵で送れるらしく、うちの実家は毛ガニを送りました。金井さんの毛ガニ、そしたらねこの後ですね、この辺近辺のなんかラーメン屋ないかなと思って今探してます。意外とねラーメン屋自体はあるんですけど、なんかね想像以上にね駐車場がないみたいで、駐車場がありきのところで今ね探しております。なんかあれだよね、店の中の雰囲気も昔ながらのラーメン屋でザ・ラーメン屋って感じ。ただやっぱ人気だからすっごい混んでたもん。はい、とりあえずね、出発します。で、この後ですね一回買い物、北海道来てからよく行くシティか、シティ稚内に行きます。でそれからですね今日はちょっともうね予定変更しまして、この辺で一泊しようと思ってたんですけど、今日ですね明日行く予定だったナーポートパークっていうキャンピングカーサイトがあるオートキャンプ場なんですけども、こちらがね、今日前倒しで、撮っても大丈夫だよっていうのを先ほど連絡して確認しまして、ちょっと日程を変更しております。ここにね横に併設で日帰り温泉とかもあるので、そこも一緒に行こうかなと思っております。であとはね、水とダンプねまたここでも1回やります。なので、まずはね買い物行って、それからねこの風速 10m 以上区域から脱出します。ありがとうシティ、そして西松屋。そしたらキャンプ場の方まで向かっていきたいと思います。キャンピングカーサイトっていうところを予約してるんで、これじゃない多分日帰りホテル、日帰り温泉。よいしょ、到着です。じゃあちょっとね受付だけしてきちゃいます。はい、ということでね無事に今ですねチェックインいたしました。今片付けとか充電とかいろいろやってて、一通りね、できたんで一回休憩しようかなと思ってます。この旅行バタバタとしててなかなかね休めなかったんで、今日はねこの後ゆっくりしようかなと思います。でその間ねこのねボタデンたちはね一旦充電します。ブルブルもコブルも両方とも充電中です。ふーちゃんは睡眠で充電中です。でここねどんなサイトかっていうと、こんな感じのですねサイトになってます。風すごいな。そう今日もね風から逃げてきたんですけど、こっちはこっちで風が吹いてます。でも1泊3000円なんですごい安い、キャンプ場です。全て揃ってます。電源、ダンプ、それから水道、ゴミなんでめちゃくちゃお得です。このね後ろの水道とかはここですね。これはもうね、ここのサイト専用の水道になっております。で下にあるのがマンホールで、ここがですね汚水管かな、ここに多分流すやつだと思います。あとダンプですね。であと電源は横に今挿してます。そんな感じでね一通り揃っているサイトです。このサイトの裏に見えてるこの丸い建物ですね、ここがですねどうやらホテルみたいで、日帰り温泉ねここでやってるみたいなので、後でねちょっと行ってきます。徒歩で行けるんでね、それもね、すごいいいとこかなと思います。はい、それまではね、ちょっとね車内で休憩します。今5時ぐらいなんですけど、まだ風は
かなり強い。時折ねまた強い風が吹くようになってます。雨も若干今は降ってないかな。さっきちょろっと降ったけど、こんな感じで風が出てますけど、昨日に比べたら全然静かだよね。昨日よりかはまだマシなんだよね、風が。昨日大変だったよね。あれ、うーちゃんの顔がペンギンになっちゃう。まあでもね、そろそろちょっと一回ね準備して温泉に行こうかなと思います。さあ行こう。ちょっと雨降ってるから待って。じゃあキャンプ場に戻ります。とりあえず今ね、温泉から帰ってきました。時折強いの吹くね。まあでも昨日に比べたら全然平気でしょ。昨日はよくいいよ、そんな言いながら爆睡してたじゃん。そして後ろ見てください。どうしたんですか？これはうーちゃんによるうーちゃんの要塞。秘密の入り方でいくのよ。グッバイ。どこにいるのうーちゃん、顔ひょっこりして。ダメダメ。ということでいつの間にかあそこに飛んでいくといううーちゃん移動装置でした。はい、じゃあご飯の準備しましょう。お外は雨が降っています。こんな感じですけど、ほぼ見えないですね。机にしようよ。そうだね。はい、今日はね鍋なんで、一回も焚き火では使ったことない焚き火鍋の出番です。鍋どんどんどんです。ここまで入れてせめてあれ北海道の野菜はあるの？野菜？ねえよ。ないならやらんかい。北海道のシティで買ったってだけ？ホタテだってでもあ、ホタテがあるんだ。そうだそうだ、ホタテがあります。ホタテが。いやでも風強いね結構。とはいえね、キャンピングカーの中なので快適です。とりあえず今日は鍋だからどんどんどんで。ドドンと思いついた。ジンギスカンもあるよ。はいはい。そうか、ジンギスカンも買ったんだっけ？一応今日晴れたらね、晴れて風がなかったらジンギスカンでもやろうかなと思ったけど。あ、そうなの？そう、いやもともとキャンプ場取ってたからさ、ちょっと使えるじゃん。よし、じゃあやろうか。この鍋？さあ、はい、で、何が出てる？こう？さあ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 さうーちゃんも混ぜたかったな。あ、じゃあ混ぜて。じゃあうーちゃん混ぜるね、これで。いいよね。ふいちゃん、じゃあこれ後で入れるから持ってて。と？置いといていい？ふいちゃんのとこ置いといて。うーちゃんが食べるみたいだよ。もうこのままさ、あわわわって食べちゃうよ。しめ寿司好きです。もやしはこのままやった方が良さそうだね。なんか水気あるの。まずそのままやってる。節水禁止でって言って明日交換忘れるんでしょ。忘れません。天気どうなんだろう。雨じゃなきゃいいんだけど、雨の中帰るのめんどくさい。私んちもちっちゃい時、いくつ小学生ぐらいだよねあれ。その時に流れてたの？ママ見たことあるの？見てたんだって。あ、番組で？キノコとはい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 。キノコいっぱい全部入れていいよ。はいはい。ゆっくりやってごらん。これ一つ一つ？田中うちゃん両極端だよね。パパ手で掴んでポンポンってやるのかなと思ったんだけど。これでこうやってポン。そう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 。一個一個じゃなくてさ、何個かには持ってさやるのかと思う。いや、そりゃそうだ。ママたちが一本一本じゃないならこうするに決まるやろ。あ、ちょっとこれぐらい？いいよ。そう。もうちょっと。パララララ、あれ一つ落ちた。オッケー。もうちょっとうどんに込んだら完成ね。たくあんとかあるから。よし、うーちゃん。よし、じゃあ乾杯しよう。
うちゃんも持って。またフライングピーで。はい、乾杯。はい。せや、乾杯。乾杯。はい、で飲まない。うーちゃんもホタテバター食べてみる？これは稚内？どこだっけ？うん。だと紋別か。美味しい。紋別。紋別で買ったホタテをバター醤油にしてまゆうす。ちゃんはそんなに。そんなになの？本当に？ちょっと美味しくなったんじゃなくて。ビールには最高に合う。ホタテバターもっと欲しかったね。そう。うまくない？でもホタテバター多分足りないぐらいがちょうどいいのかなって思ってる。意外とこういうやつうちで取ってください。海鮮鍋とかやってもよかったね。いや、やらないよ。こっちで海鮮鍋やったら美味しそうだな。はい、じゃあ今日も雨降ってきたぞ。2日様大吟醸。これでもあれだね、さすがにあんまねえな。ほぼママが飲んでるけどね。前半パパ一口も飲んでないからね。今回は合うでしょなんならウニあるからね。ほい。乾杯。ホタテ取っときゃよかった。みーちゃん、暑いんだったら半袖着替えてもいいけどエアコン入れる？入れない。だってゴールデンウィークさ、他の人たちのさキャンピングカーあたりさ、みんなエアコンガンガン入れとるやんみたいな。こっち寒いよ、外出た。うちらはあれだよね、 FF ヒーター入れてるからね。寒くてエアコンどころが。はい、どうぞ。今日はですね、うーちゃんがコメントテーマを自分で考えたということで、自分で言いたいと。明日は子供の日ですか？小さい頃に残ってる5月5日の子供の日の思い出をぜひコメント欄で教えてください。うーちゃん上手。あ、でもそうか、去年はでも九州にいたのか。去年九州にいて今年北海道にいるんだよ君。いや、遠いところばっかりじゃん。で子供の日って多分どうだろう、僕ら世代、いやもう多分他の世代もそうだと思うけど、言うほどなんかさ、なんか家によると思うよ。やる？わかんない。お家によるんじゃない？だからなんかうちのお母さんもそこまで豆じゃないから、そういうことは特にやってないけど、豆なお母さんはなんかこう、やったりするんじゃない？なんか出したりとかさ。そう、ちなみに僕は実家で子供の日は、僕が記憶してる限り何か特別なしたことを記憶はしてない。正直な話、子供の日に何かしたかって言われるとあんまり記憶にないです。で、もしかしたら何かしててくれてたかもしれないけど、そんな記憶に残るような、なんかすごいビッグイベントみたいのはなかったと思う。っていうか、兄弟いてバラバラだとなかなかないよ。そう。うちも3兄弟いるし、なんだかんだ言ってのイベントが多いから大変だよ。全部やってたら。そう。親としての子供の日でこんなことしましたっていう思い出だったり、自分の子供の時の思い出としてこんなことありましたみたいな、なんかそういうのがもしあれば、ぜひコメント欄で教えてください。そうだね。うちもそれを参考に。そう。ぜひコメント欄で教えてください。教えてください。ちょっとね、車内温度暑いんでね。まだ開けてます。パパの顔が赤い。あ、涼しいね、ここ開けるだけで。ほら言ったじゃん。エアコンなんていらないんだよ。外気の方が涼しいから。涼しいっちゃ涼しいけど、うーちゃんめちゃくちゃここのお隣で寒いよ。はい、食後のデザートタイムです。今ね、フラットにしてちょい飲みテーブルに変えました。今日はいちごだそうです。いちごが食べれる間にいっぱいいちご食べる。うーちゃんお絵かきタイム。うーちゃん先いちご食べようぜ。思ったよりかあれだよね、酸っぱくもない。はい、食後はね、デザート食べてゴロゴロしていつの間にか寝ちゃうという11時前なので、そろそろね歯磨きとかして寝ようかなと思います。悪がきゅうぴおやすみ。はい、ということでね、今日はもう出ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、6時57分。室温はね、20.1 度。湿度が 65% です。で、天気もね、回復してて、晴れてます。で、風もね、もう止みましたので、だいぶね、静かな朝になってます。今日はね、先にいろいろとね、排水関係とかね、処理しなきゃいけないので、それもしてから出発したいと思います。ちなみに外はこんな感じですね。感じで晴れて
はい、今ですね出発しました。予定通りゴミの処理とね水道の排水、それからダンプももう処理できたので、これでねとりあえずリセットできました。もうあとはね家までこのままです。今日はこの後一旦この辺でコインランドリーとか探したんですけど、ちょっとね近くにないみたいで、旭川の方に向けて少し走ります。でその道中の中で、コインランドリーがね多分どっかにあると思うので、そこに寄って、でそれからですね、洗濯だけしてご飯食べたりとかしようかなと思ってます。その間に着いたら風もなくなり、そう天気も良くなったんでドライブ日和じゃん。昨日はねまだこの辺も風が強かったんでだいぶ荒れ地でしたけど、異常なまでの風の強さだったよ今日は大丈夫そうかな。ね。あそこにも道の駅ある。中川って道の駅。ついにママが運転する日が来ました。来ました。もう北海道なら行けるだろうっていう。こんなもんでいいや。はいはい。こんなもん。幅が大丈夫大丈夫。難しいです。普通車じゃないから。普通車は運転しないけど。ママボンちゃんデビュー。ちょっと緊張するよね。普段運転しない車運転。っていうか普通車も運転しないのにさ、こんな運転怖いよ。はい、頑張って。トンネルも貴重なんで一応取っときますから。でも北海道はね道幅がね広いんでねまだ走りやすいかなトンネルも。後ろの人も勝手に抜かすでしょ。基本的にそんなに道が細いってとこがないんですよね北海道は。いや北海道虫でかっ。虫すごいよ。何年ぶりの運転だろう。いやマジそうじゃない？何年ぶり？じゃあママも免許は持ってんだよ。こんな感じですね北海道の道路。こんな感じです。みーちゃん並みに手汗かいちゃうんだけど。川流れてます。風とかはねほとんどないです。すごいね。そう残念ながらみーちゃんは後ろでチャイルドシートつけて座ってます。だから見えない。ママがいつにもなく真面目な姿なの。ママも運転する日もうないんじゃない？北海道でのみ見られる光景。奇跡じゃない？運転大丈夫？ママこんなもん？でも高いからボンちゃん見やすいは見やすいんだけど幅がちょっとなんかほら気になる。もうずっとね川がずっと流れてる。楽しそうだねパパ。あんまりないから。ボンちゃんもそうだけどカービィでも運転してないからさ。そうねカービィ駐車場で終わったから。駐車場で小営で終わってさ、それでこれだよ。でも確かにボンちゃんパワーあるかもしれない、ちょっとしか踏んでない。そうボンちゃん意外とパワーあるからそんなにがっつり走らなくてもいける。ロイちゃんママの運転どう？パパの方がマシ。ちょっと怖いんじゃない？怖かった。はい、お答え。もう十分です。運転手交代ですママまっすぐ運転する分にはいいんだけどさ、なんか駐車とかさやだ。バック気持ちよかったけどヒヤヒヤするね、やらないことやると。はい、ということでここからパパの運転でまだまだ続いていきます。はい、いやあと40キロぐらいか。何やな。ママ5キロ運転したから。5キロなんか誤差範囲や。ママ5キロ運転したからちょっとは手伝ってあげたよ。5キロ分。わー景色いいね。コインランドリー行くためだけに先が長い。名寄に到着です。多分到着。あともう2キロぐらいのところで、コインランドリーね見つけてます。はい、ということでねまずはコインランドリー行ってでコインランドリーかけてる間にご飯行こうかなと思っております。はい、ということでね雪質日本一という
どでかい看板があった名寄市です。サラサラなのかしら。雪降ってるとどんな感じなんだろう。この辺雪が。そうなんか街の脇というのかな、メイン道路のちょっと端っこら辺に雪がすごい溜まってる。これね、この辺住んでる人は普通だろうけどね、うん、なんか雪国にいない私たちからしたらなんか不思議な光景。5月なのにまだ雪があるんだって。残ってることが不思議な光景。これだ。およそ 100m 先右方向。はい、今ですねコインランドリーしてる間にご飯を食べに来ました。三つ星食堂っていうのを読むのかな。結構駅前だけど駐車場があると。ね、あおち。ジンギスカン定食。パパの手入れどうジンギスカン。おいしい？おいちゃんジンギスカン好きね。今ですね、北海道の市長さんとお会いできたのにハイエースで来られたみたいです。うーちゃんはもう子供タイムです。はい、そしたら今ね出発しました。さっきまでですね北海道のね、市長さんと実はちょっとお会いしてまして、たまたまね僕らが北海道に来てるというのを知って、なんとなくこの辺にいるだろうということで来てくれたみたいで、ご家族でね本当に楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。ういちゃんもね子供と遊ぶ方が楽しいみたいで、終始楽しそうに遊んでました。お土産もねちょっといただいちゃって、また日本酒とかねまた夜ね紹介させてもらおうかなと思っております。なかなかねこうやって北海道の方と会う機会っていうのはもうそうそうないよね。ないね。そうそうないというか初めてかな、北海道で北海道の人と会うのは。本当にねすごいこっちの話とかも聞けていろんな話できて楽しかったです。本当にこういう機会がねもっとあればいいんですけど、なかなかね僕らも北海道にも来れないですし、なかなかねこうやって会うこともないので、すごいね貴重な時間でしたが、僕らもねすごく楽しめました。はい、で今日はですね、こっから旭川の方にちょっとどんどんね向かっていきます。道中ねちょっとねうーちゃんが遊べそうなところがありそうなので、そこだけねちょっと寄ろうかなと思ってます。で、もう今日はねもともとの目的の水のリセットとかダンプのリセット、それからね洗濯物も全て終わったので、一応ねミッションコンプリートというか、あとはねのんびり行こうかなと思います。道の駅名寄にちょっと寄り道します。ないよ。めっちゃバこれ見して。めっちゃバめっちゃバナナ。なんかシェイクみたいな。バナナって感じ。めっちゃバナナ。美味しいよ。あと大福、ソフト大福、バイキングのやつやってきました。あとシュークリーム。はい、今ですね、道の駅名寄行ってきました。でパパがどうしてもやりたいって言った大福。6個だけの控えめなやつですけど、もっとでっかいパックの人大丈夫です。パパしか食べないっていうもうねちょっとやりたかったんでやってきました。あとシュークリームとチーズケーキとバナナジュース、めっちゃバナナっていうバナナジュースも買ってきてちょっと休憩しました。で、ここからですね世界の羊館だったかなにね今から向かっていきたいと思います。お昼ジンギスカンだったんだよな。他のメイメイたちにおごられる。はい、あとですね2キロぐらいで世界の綿羊館っていうところに着きます。多分ねメイメイちゃんばっかりいる、羊ばっかりいる場所だと思う。あれかこれや。この看板右だね。満天の星の丘とかいうとこある。おいとよし。おお上やな。バーベキューハウスとかあるよパパ。到着です。ほらうーちゃんめっちゃめいめい言ってるで。人間が見るって言っちゃう。なんだろうね。あれだよ。 14時半。
14時じゃないの？めめいっぱいいるらしい。おお、おいちゃんすごい、めめいっぱいいるよ。向こうにもいるよ、ほら。めちゃくちゃ鳴ったじゃん。ああ、見て。こっちのめめでかいよ。手であげてもいいけど、この中に入れてもいいよ。あ、ほら食べきてよ。ほらほらほら。ここであげてほら。あ、ほらほら食べきてる。みちゃん見て。ほらめめかわいい。ほら。ほら、なんか食べるのどうしろ。白じゃん。好きなだけ食べていいんだよ。本当だ。餌あげてもいいですよ。あ、こっち向かって。今慣れてない。可愛い、食べてるの可愛いんです手が長いのかな。体をもう、あ、すごいね、いっぱい来た。鳥で。オーストラリアのめめ。あ、見てほら、もさもさしてる。このめめは触っちゃダメらしい。角があるからじゃない。今日はご機嫌だな。餌をあげてもいいですよ。ほら、このめめちゃん怒ってる。本当だ。じゃあちっちゃいめめ。はい、今ですね、世界の綿羊館、綿羊館わかんない。に行ってきました。いろんな羊さんがいた。めっちゃめいめい言ってるね。面白い。嘘かのようなめいめい声で。初めて羊に手で食べさせたかも。いろんな羊って面白かったよ。で、今日はねこれからですね、今もう3時ぐらいなんですけど、すぐ近くにですね日帰り温泉があったので、そこにね行こうかなと思います。美しの湯。でその後に今日は旭川まで走ろうかなって感じですね。お時折すごい道が。さあもう温泉もう到着かな。これ西条ってなんだろう。スーパーかな。割となんか大きめなスーパーだよ。焼肉。あれだ。やっぱこれだ。これ。お風呂外あんのかな。ありそうだったよ。行こう。全部ママがもう失礼な。はい、車の中でドライヤー中です。髪乾かしたら移動します。今ですね、温泉の方に行ってきました。今日はねこれからですね旭川の方に向けて、1時間弱くらい切ります。さっぱりした。あれ今何時？あ、5時。到着が6時ぐらいかな。はい、なのでもう今日はねあとはゆっくり過ごします。今ですね、旭川の方に向けて走ってるんですけども、結構ねもう見慣れてきたこういう景色があと数日で終わると思うとなかなか寂しい。今日が金曜日なんで、あと土日で最終日月曜日ですね。月曜日はねもう夕方フェリー乗っちゃうんで、実質あと2日間ぐらい。まるっとね。まるっとは2日間。だから北海道ねキャンピングカーで、旅される方、またはこれから旅しようと思ってる方にすごいやっぱおすすめだなと思うのは、ゆっくりでなんか下道走ってる方が普段見ないような景色が広がってるんで、こういうのをなんか見ながら走る旅っていうのもなかなかできないんで、北海道のいいところなのかなと思います。はい、さあね、もう間もなくね到着になります。ざっくりやっぱ1時間ぐらいかな走りました。とりあえずねあと 600m 500m ぐらい。およそ20日
疲れ様でした。よいしょ。やってること変わんないからいいね。斜めックス。本当だね、結構斜め X だね。はい、今到着して今日の洗濯物を畳んでいる最中です。うーちゃんはここでおとなしく座っております。ママに動くなって言われてるからということで無事に到着です。到着です。コロコロしてよぜ。今日は焼肉です。今日はですね、こいつを使います。タフマル。でかい。そう、この度2回目のタフマル。よし、で今日はこのデカマルと、あとねこちらキャンプでよく使うマルチグリドル28センチ。このタフマルであればマルチグリドルが使えます。タフマルジュニアだとちっちゃくて使えないんですけど、ガスがね当たっちゃうんで、輻射熱でね発熱しちゃうんで。どうしたのちゃん。アヒージョのこと忘れてショック受けた。そうだね。非常好きだっジェベちゃん明日忘れないで言っといて。あ、エイヒレとか買ってくればよかったね。いや、エイヒレやらなくていいから。でさ、エイヒレだったらさ、こんなピョンって投げたらさ、やいや、めて。ぴょんできないからそ。あ、ウインナーとかないの？目の前にさ、ローソンあるから食べる？ウインナー食べる？食べる？ね、グリドルで焼こうか。はい、ふーちゃんは自分のオレンジカルピスを作ります。いきます。どうぞ。いいよ。これぐらい？もうちょっと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 いいよ。オッケー。これぐらい？飲んでみるね。あんまりです。え？ポンジュースとかああいう系の方がよかった。かき混ぜてないから？もうちょっとカルピス入れるんや。カルピス？もう一回入れるの？オレンジの量が多かったかも。花粉あれ存在感強えな。これもまたでけえな。味見をこれでします。もうちょっとかな、なんかカルピスしてるのか。はい、こちらですね、宗谷岬和牛。これどこで買ったんだっけ？稚内か。なかなかいいお値段なんですよ。まあうちはあんまりねお肉大量に食べないんで、ちょっとでいいんで買ってきました。今日はねこれがメインです。はい、今日のね焼肉スタイルはマルチグリドル焼肉です。なのでこれね、北海道では珍しいローソンで買ってきたウインナーです。ローソンウインナーです。セコマとセブン、まあ、ほぼセコマしかないのに奇跡的にね今ローソンがあって買ってきました。じゃあ今日もねこちら札幌クラシックでいきます。よし、じゃあウイカの乾杯しましょう。オレンジカルピス。乾杯しね。乾杯しよう。はい、乾杯。ゆうちゃんも乾杯。先に今うーちゃんのウインナー入れちゃうから待って。お米。うん。さあ、日本酒飲みます。今日は飲むの。はい、今日もね福深さもうねあんまねカッペ今日はサロマコさんのウニです。ウニと日本酒だね。破壊力半端ない。あ、でもやっぱグリドルぴったりだね、これでやると。うーちゃんご飯だけ食べちゃパパ今日葉っぱにぐる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 巻いて食べる。じゃあちょっとだけまずやってもらう。う。もうお肉もいいよ。今日ね、お肉は葉っぱにくるんで食います。食べれなかったしな。これにケチャップとかあったら美味しそうなんだよね。どこだから。ホットドッグじゃん。あんまり油っ気ないから食べやすいね。サラダとキムチがいいんだよ。サンチェか。今回ですね、もう旅も終盤。僕らも結構北海道はあちこち行ったけど、みんなに聞いてみようか。はい、ということで今日のコメントテーマは北海道といえば何を思い浮かべるか。もう旅も終盤になって今この話題を聞くのもあれなんですけど、北海道といえば皆さんの中でこれやなみたいなっていうのを一つぜひ教えてください。ちなみに僕らは食べ物か。そうね、食べ物でやっぱ一番最初にパッと浮かんだのがジンギスカンだよね。多分普段食べないからこそ余計にだよね。
北海道といえばジンギスカンっていうイメージがあって、それで旅の出発前にジンギスカン鍋買うの忘れたっていうとんでもないことが発覚してあたふたしてたんですけど、でもすぐ買ったもんね、来て1回ジンギスカンやって、実はねもう1セット用意したんだよね。そう冷凍物なんですけど買っています。ただどうせならこの後ね旭川とか富良野行くんで、どっかお店でね1回食べようかって話をしてて、焼いたやつね、自分でね。だからすごいイメージとしてやっぱジンギスカンのイメージが強くて、もちろんね他にもねけど、でもやっぱお互いパッと浮かんだのはジンギスカンです。ジンギスカンなのでぜひね皆さんが思う北海道といえばこれでしょっていう、もちろん道民の方も含めて。ホタテとかあるのかな。ホタテも結構売ってたじゃん。そうだね、ホタテ勢もいるから、ホタテもうまかったね。でもカニ食べないからダメなのかな。カニは食べないからカニは送ったけどね、わかんないからね。ぜひ皆さんが思う北海道はこれやっていうのを教えていただければ、またそれにねまつわるね思い出とかもしあればぜひねそれも添えてコメント欄で教えていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや結局ウニ全部食べたね。普通にうまかった。しかも安い。1800円。1800円、税込み2000円ぐらい。イクラはねあれだったね、ちょっとここのイクラみたいなやつ買えなかったね。ウニもでも大人になってからだな食べるようになった。昔なんかウニって何が美味しいのか分かんなかったの。ウニは岩手も美味しいみたいだから、ちょっと岩手行くのあそうなの楽しみだな。ちょっとね種類が違うと思うけど、ホタテも美味しかったよね。北海道のあんまちょっと今回の旅ではホタテっていうのはあれだったけど、うちの肉はマジこんなもんで十分だね。ちょっとこれでも最後残ったなって感じだった。パパにも1本ちょうだい。ドゥンドゥドゥン。おこちらですね、今日そのお会いした方からいただいた十勝バレという日本酒です。純米吟醸。いやーこれ良さそうですね。見るからに良さそう。早速ねいただいた日本酒を飲もうという。だから普段ご本人たちはあんまり日本酒を飲まれないんですそうなんだけど、その地元というか自分のとこの日本酒を持ってきましたって言ってくれて、もう会えるかもわからないのに日本酒をとりあえず買って持ってきてくれるっていうね、地酒を。そうもう本当にねすごい嬉しいですね。ありがたい。もう魔法使いじゃん。なんかもう本当にね会えるかもわからなかったんですけどって言ってすごい嬉しいです。でうーちゃんもねすぐ遊んでもらってほんといっぱい遊べるよね、今日いただいたばっかりのお酒ですけど、ちょっともう早速飲もうかなと思ってます。いただきます。いただきます。本当ねちょうど今日ねもう日本酒なくなる予定だったんでもうなくなりましたなくなっちゃったんだけど、もともと買う予定だったんで。パパが前半潰れてたから全然お酒のスピードが進まず、ママしか飲めてないじゃんこの量。すごいあれだね、テッカしてるカルパスだねテッカテカと言えばカルパスやん。ママはちょっとおやつカルパスでいいな。ちょっと開けて。パパにも1本ちょっと。うーちゃんっていうすんごいテッカテカしてるねこれ。でしょ。テカ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 。いただきます。十勝酒文化再現プロジェクト。なんか香り的には結構さっぱりしてそんな匂いするよ。あそうありがとうございます。いただきます。いただきます。乾杯。いいね。うまい。やや辛口か。いやこれはうまいわ。うーちゃんのは大失敗です。うーちゃんの大失敗だ。パパだって大成功みたいな。じゃあおやつカルパス出してあげたら。おやつカルパスにする。はい。じゃあうーちゃんもねこっちに買います。おやつカルパス箱で買いました。パパ全部食べて。辛い。脂っこい。違うんだ。違う。ねちょっとしてる。脂っこいんじゃないの。いやわかる。うーちゃんが言いたいことわかるこれ。だからねとっとしてて脂っこいんでしょ。おやつカルパスが一番美味しいじゃん。でもこれはこれでうまい。辛口すぎなくてさっぱりして飲みやすい。ご飯もいいねこれは。いや早速開けちゃうという飲んじゃうという。あうまい。今日なのか昨日なのかわかんないけどさあ、なんか夢の中でうーちゃん落ちるような感じしてたの。それさ置いてるとさってなるやつじゃないの。そうなった？ならなかった？怖いっていいお酒。こう言った瞬間に目を開けたらあーよかっただって。すごいね、逆に起きれたんだ。ママもう少なくなってる。やばい。そうだよ。どうしよう。回収。回収された。やべ。買いすぎなんだよ。そもそも買いすぎなんだよ。なんなのこの量。
こちらですね、今日道の駅名寄で買った大福、たった6個ですけど、もう買ってる人はね、もうめちゃめちゃでかいから。バイキング形式っていうんですかね。いっぱいこれに詰めて買う人もいるんですけど、うちはね、たったの6個だけです。たったの？みんなすんごい量買ってたよ。ママ3個で十分だと思ってたの。あ、でも入ってんの？いちごあんだよ。ねえ、これさ、いちごの中に本当に入ってんの？ぶどう食べます。ママはいちごが入ってるいちご大福だったら買ってきていいよって言ったの。目の前にこうやってさ、大福の上にいちごペッて乗ってるやつあったのにさ。シカトしてきた。ほんと視野が狭い。なんで無視するの？あんだけ大福の上にいちごポンって乗ったやつあったのに。今日はコインランドリーで敷きパッドも洗ってきたからキレキレだよ。今回長旅なんだ。こちらもちょっとお邪魔です。お邪魔。降りてきたうーちゃんず。はい。もう時間は9時、いやもう10時になるところなんですが、パパも寝ているのでほぼ。ベッドもできたので寝たいと思います。明日早めに起きて行動しようと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。今ですね、7時15分です。室温がね、16.3 度、湿度 61% です。ちょっとね、朝やっぱ肌寒いので、今 FF ヒーターを入れました。まあでもね、全然、快適に眠れました。昨日ね、夜ちょっと雨が降ってたみたいなので、湿度が上がってます。はい。ということでね、今日も準備して、出発したいと思います。はい。うーちゃんもおはようございます。はい、うーちゃん放送の時間です。今日は神社と動物園行きます。雨が降っています。風の恐れはありません。寒いです。でも雨もう朝だけっぽいよ。なので朝行く神社はちょっと傘持っていこうかなと思います。はい。じゃあ階段から降りてきてください。はい、今ですね出発しました。で今日はですね北海道五穀神社というところにまず行って、で朝ね参拝をしてからその後ですね旭山動物園の方に行く予定です。でその後はね特に考えてないので、とりあえずねその2つにね今から向かおうかなと思います。でまずねこの北海道五穀神社なんですけども、ここからね13キロぐらいなので、20分かかんないぐらいで着くかなと思います。はい、ということでねまずは北海道五穀神社の方に向かっていきたいと思います。なんかやっぱ旭川ってあれだね、大きいんだね街が。だって昨日走ってきたさ、その名寄にしてもさ、その道中美幌とかもそうだけど、街と街の間にこうまた北海道世界があって、でまた街と街がポンポンってある感じだったけど、旭川ってこうやって走っててもさ、もうずーっと街やん。街が大きいんだね旭川って。そうなのかな。釧路より大きいのかな。釧路とかあの辺1週間前なのか。旭川は安心できる点がスタンドがいっぱいある。スタンドがいっぱいあるのはね結構北海道でやっぱありがたい。あ、ほらママあった、岡本あれやろ、エネオスの看板で。これこれや左にあるやつね、が安いって有名な2軒目だ見つけたの。じゃあこの辺から岡本いっぱい出てくるかもな。エネオス岡本って書いてある。確かに安いかも、他のところ。はい、あとね 800m ぐらい。北海道ってね止まるじゃん、見えないのよ信号が。縦ってね見づらいのよすごく。頭あるからな。あれここか。でも P はな、P あるわここだ。比較的新しい神社だね。傘を持っていくと安心です。ここは車高高くても行けるね。入れる。北海道に来て初めての神社だ。結構雪とか景色の時はすごい綺麗な場所。五穀神社結構大きいんだよ。うーちゃん歯磨き中です。うーちゃん早く磨かないと動物園逃げるよ。よし、じゃあ行こう。ちなみにボンちゃんのバッテリーは 91% でソーラーが入ってます。朝 83% ぐらいだったよ。ソーラーはちょっとだけだけど回復して、走行充電もね CTEC は今回も頑張ってるので、今回電源全然余裕だね。余裕。よし、じゃあ行こう。風が冷たい。ちゃんとここでお手手をちょんちょんして。あっちは何？あっちから入るってことか。さあ、あっちからも入れるし、だからこっちにも鳥居があったんでしょ。よいしょ。おお、すごいね。でもここも
広い。広いね、敷地広い。そうだね。そして朝だから人も全然いなくてすごいな。めちゃくちゃ綺麗な神社です。樹齢400年って。すごいね。もういいよ。お礼して。リス？どこどこどこ？あそこにリスがいる。ああ、いたね、いたね。リスだよね。リス？どこ？いたね。あ、本当だ。泥棒ではない。どこ？奥にほら。あ、本当だ本当だ。登っちゃったね。本当だ。カメラでもリス見えてる？多分。あれがエゾリス？うん。尻尾が立派で。リスだ。すごいね。携帯で撮ればいいじゃん。もぐもぐしてるね。はい、今からですね、御朱印をいただきに行きます。はい、今ですね、北海道護国神社の方に参拝してきました。朝のうち来たから全然ね人もいなくてすごく静かなところでした。ということで今日はですね、ここから旭山動物園の方に向かっていきたいと思います。でここからですね車で11キロぐらいなんで、割とすぐ着くかなと思います。で、9時半開園なのでちょうど今ね9時40分なんで、開園したばっかかなと思います。このままね天気が持ってくれればいいなっていうのと、あと人がどれぐらいいるかだね、混んでるかどうか。そうだね。一応ねまだゴールデンウィーク中なんで何とも言えないですけど、はい、今ですね、残り 600m ぐらいですか。で旭山動物園に到着します。なんかこの感じでどこにあるのって感じするよね。まっすぐまっすぐかまっすぐか。あっからオレンジのなんかついてるやつかな。あそこから先が動物園のあれなのかな。これ多分みんな旭山動物園。いや結構いるね。結構多いね。いる。まだ開園して30分ぐらいのはずなんですけどね、かなり多いです。有料なのこれ500円1日。あ、でも一番あっちが近いんじゃないの。前のこっから動物園だ。あ、ここか。ここでいいや。どっち行けばいいんだ。両方が手を振ってるぞ。どっちも一緒。おはようございます。今日は空いてるってよ。有料だけどこっちの方が広いから1日500円。全然こっちの方がいいや。結構ね無料の駐車場はパンパンでした。でもなんか寒そうだからダウン着てこう。よし、じゃあ行くよ、うっちゃん。靴履いてください。意外とこの西門の入り口の方が空いてる。さっき向こうなんかすごい混んでて。おはようございます。何がいい？じゃあ無料だってやったじゃん。良心的だね。1000円だよ、だって1人。安い。安いよね。現在地西門、これか。あっちから上に登ってここから帰ってくる感じ。どっちから行く？どっちでもいいよ。じゃあ下から行く？ペンちゃんいないね。あ、ういちゃん泳いでるじゃん。そうだ、上にいっぱいいるじゃん。はい、ここ来る。はい。でもごまぎタイムって書いてあった。なんで見慣れてんだろう。ちっちゃい子たち出てきたね。かわいい。あ、アザラシいる。たまに来んのかな。あ、うーちゃん来た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 。気持ちよさそうに泳いでるね。家見えるかな。でっかいね。手の奥の。ね。でっかいよ。ね、こっち見てるよ。来た来た。多分持ってた。あ、ういちゃんほら見て見て見てほら。おお。こっちにもいるよ。
レッサーパンダさんだね。ほら見て見て、来たよ。来た来た。何？どここんなにいるの？ところにいるじゃないか。寝てるし。なんだ。みんな一箇所に固まって寝てる。だね。どこちゃん？でっかい鹿。ママ見て、目の前にいっぱい。旭川市では、いたヒグマ。ヒグマの出没情報があると、その周辺にこのような看板が掲示されています。ヒグマ。大きい。こんなのがさ、いるんだよ、うーちゃん。これ野生でいると思うと怖いよね。なんで？うわ、でっか。うわ、でっか。ちょうどいいタイミングだった。してない。うわ、でっか。でっか。今何やったの？ほらほら、今度そっち行ってごらん、そっち。そっちそっち。いいタイミングだった。上の乗っちゃった。いろんなとこに置かれてんだね。毛が長い。すごいね。なんでオランウータンってあんな毛が長いんだろう。中にもいるんじゃない？この子ちっちゃいね。親父さんじゃないこれ。かわいい。羊結構急な山道も余裕だね。やっぱり。羊じゃないんです。100キロから300キロなんだね。ミニ豚で40から100だって。マイクロ豚がいいな。大きいね。なんでマイクロ豚？これぐらいが普通ってことでしょ。でっか豚。おお、寝てんのかな。息吸っただけだ。さゆちゃん中入ってみよう。カバさんいるよそこ。でっか。今寝てんだみんな。でっか。大きいね大きいね。ほらほら顔出した。今息吸って空気溜めてでまた寝る。なんか角のとこがコブコブしてるね。でもダチョウ頭ツンツンしてくる。オスだでっかいね。でも目がクリクリ。メロンパン一つとバタークロワッサン一つとパン買ってふーちゃんのカバンに詰め込んで。だけどボンちゃん帰ろう。ちゃうちゃんパン食べようぜ。パンパンパン。一人ずつ自分で取って。大きい。クロワッサンみたい。でここでパンを食べながらちょっと次の計画を叶えます。はい、今ね旭山動物園を出発します。でこれからですねお昼ご飯を食べ行くのに、せっかく旭川にいるんでね旭川ラーメンを食べに行こうと、今からですねラーメン屋に向けて出発します。もう間もなく着くかと思います。駐車場あるから。一応ね5台ぐらいはお店の前にあったんですけど、あれだね、なんかこの辺結構ラーメン屋あるんだね。ラーメン屋あった。微妙だね。満帆な気がするな。駐車場し本当だ。つうか混んでる？混んでるっぽい。並んでる。並んでんな。並んでんな。すんごい並んでる。間もなくですね到着します。これこの中にちょっと入れてあげるね。辛いのかな上。大々味噌。辛いのかな。どうだろう。これ一緒に食べるじゃん。はい、今ですねラーメン大々屋行ってきました。結構美味しかった。パパはコクうま醤油。ママは大々味噌。うーちゃんは唐揚げを食べてた。うーちゃんねあんまりねラーメンいつも食べないんですよ。でちょうどこのラーメン屋の斜め前に第一というスーパーがあるみたいなんでここに寄ります。レンタカーか。北海道は結構レンタカーもすごいね。
今ですねちょっと買い物してたんですけど、魚系にしようと思ったんですが、あんまりお店になかったので、これからお近くのウエスタンパワーっていうねお店に向かっています。そこはねちょっとねお魚系が売っているみたいなので、行って買い出ししてこようかなと思います。ってことで行ってきます。ラーメン村がこの中に入ってんの？ラーメン村そっちで。そこじゃん。さっきから見てたラーメン村。思ってたのと違かったな、ラーメン村。金です。映画館も入ってんの？ということでウエスタンパワーズ。はい、今ですねウエスタンパワーズを出ました。これがあれか、さっきのラーメン村や。左方向です。あ、なんかいろんなの入ってるんだね。このラー博みたいな。左方向です。ラーメン村です。左方向です。それで今出てきたのがウエスタンパワーズ。北海道トライアル多かったね。トライアルとツルハドラッグと DMC とサツドラ。サツドラか。サツドラは初めて見たよね。で、今日はですねこの後温泉に行きます。温泉ちょっとねこの温泉というか今日はね美瑛の方まで走ろうと思ってるんですけど、ちょっとね美瑛の方があんまり日帰り湯がないんですよ。なのでその手前、今旭川にいるんで旭川で1回入っちゃって、それからね1時間ぐらい走ろうかなと思っております。その方が賢明かなと。こっちはやっぱりね何個かありましたので、ちょっと駅近の方の駐車場がね割と大きいところに行こうかなと思います。はい、もうあと 700m ぐらいです。本当ね駅前の方なんで、だいぶこの辺はですねマンションとかビルとかもあって、すごくね北海道来てから一番やっぱ都心的なとこですね。わー、なぜこの作りで多分この右側のこれがそうかな。はい、今日のお風呂上がりの一杯です。今日はアイス。ママはリアルゴールド。いただきます。いただきます。おいしい。ママはリアルゴールドおいしい。はい、今ですね温泉に出てきました。で今日はねこの後1時間ぐらい走ります。で今行った温泉は比較的ちょっとお高い、北海道の旅の中では一番高かったかなっていうちょっと高級な日帰り温泉でしたけども、その分ですねアメニティも揃ってますし。そう、ドライヤーがねダイソンとかねナノイーだっけ。こっち普通のやつだったよ。いわゆるホテルのやつだった。本当に？女子のところはドライヤーが何個も設備置いてあって、でなんかコテとかも1台だけど置いてあったよ。そうなんだ。でもちろんね施設も綺麗で、ホテルの中のね温泉なのですごく綺麗でした。ただ高いだけじゃなくてちゃんと設備がその分揃ってるみたいなところ。父ちゃんが入れるお風呂のぬるさが何個かあったから助かった。でここからはですね、だいたい37キロ、40キロぐらいですかね離れてるところまで、ちょっと移動します。今日のうちに走っちゃって、で明日ね朝からまた美瑛とか、あと富良野の方を回れたらなと思ってます。明日が北海道のね旅の中では一応最終日という形になるので、最後の宿泊日かな。で最後富良野で遊んで、でその後一泊して苫小牧からフェリーに乗って帰るみたいな、そういう予定になっております。あれは絶対あるよね。あれはあるね。やっぱあれだからかな、雪。確かにでもないと危ないか。落ちちゃうもんね。落ちちゃう。街灯がそれになっちゃってね。なんとなくここに道があるっていうのが分かるからね。この辺は真っ暗。街灯もないしね、意外とあんま夜通らないから。これ小学校？小学校？そうなの？スクールゾーン。真っ暗すぎてわかんない。三沢。小学校の前にソフトクリーム屋さんがある的な感じ。みんな買っちゃう。すごいね。ここは確かにシッカーが出てきそう。シッカー出てきそうだけど、いまだにママたちシッカーに出会ってないんだよ。街灯がないからめちゃくちゃ暗いよね。もう真っ暗。と何も見えないぐらい真っ暗。我らが見ておーってなってた。ここか。ここだけがトイレがあるんだって。
この P1 駐車場だけが。あ、そうなの。何個か他にもあるんだけど、そっちはトイレがないんだって。タヌキ、キツネかなあれ。キツネだ。キツネか。すごいね。こっち側はそういうことね。朝起きたら鹿に囲まれてるかもしれない。それはない。はい、無事にね到着しました。でうーちゃんもね着替えて、パパもたちも着替えて準備 OK です。でこれからねもうご飯すぐパパッと作って食べちゃいます。今日はねほぼ刺身で、なんかあったっけ調理する。ない。切るだけ切るだけです。じゃあすぐできます。キツネいたんだよ、キツネが。パパ、じゃあ見たいらしいよ。キツネいるかな。今日もね買っちゃいました。サロマ湖産ウニです。とかね、賞味期限が今日までで若干安かったかなっていう。でこのウニのね入ってた海水とかね、あと水の固めるやつで今固めちゃってます。これ多分ねそのまま水道流すとね結構匂いが上がってきちゃうんで、固めて一般ゴミで多いです。ぶつ切りにして串刺しにして焼く。ご立派だね。北海道産。北海道さ、どこのスーパー行ってもタコってでかかったよね。これでもでかいもん。よし、でこれで一旦塩コショウ。これね、熊本の塩、北海道。いいや、炙りゃいいんでしょ。焼くって焼くの、炙るの。炙る、焼く。だって焼かないとカリッてしないで。パパが焼いたタコ食べたいって言う。でもこの度トースターあんま出てこなかったよね。朝ごはん食べてないからね。トースターでやってます。もはや串に刺した意味ですが、まあ焼ければいいでしょう。今日のご飯は買ってきたサラダとおいちゃんが食べたいという本マグロ、北海道のイカ、今回もサロマ湖のウニです。あと今ね焼いてるのはタコ串焼きです。北海道産タコ焼き。どうぞ。じゃあカルピス、マカロニです。はい、乾杯。はい。うーちゃん飲んでたな。乾杯。先に喉乾いてたんだよね。今日食べなきゃいけないという宿命のウニ。いいね。はい、タコの串焼きです。いい感じで焼けてます。いや、うまいんだよ。うまいんだけど、もうちょい焼くべきかな。じゃあね、今日も昨日いただいた日本酒をいただきます。割合おかしい気がする。これじゃあマグロ食べた？あ、忘れてる。イカもあるよ。うまい。うち結構イカ好きだね。毎回イカの刺身食べてる気がする。酒がある。今日は日本酒なもはやこれで一個ずつちょんちょんして食べた方がいい。ただの普通のタコじゃん。うーちゃんご飯よう食べるね。白いご飯。でうーちゃん唯一白いご飯の中でこのそう竜の瞳は美味しかったみたいで、おかわりなら100倍でもよろしい。すごい美味しいって言って食べてたよ。すごいじゃん。マグロは？マグロの赤ね、各地で美味しいものを食べてね、いいよね。いや、北海道のタコはさ、いろんなところで売ってたからさ、気にはなってたんだよ。だからさ、どこもさ、めちゃくちゃでかかったよ。1個400円のマカロン買ってきたのはパパに内緒だよね。食べるの？うわー、ご立派。見て、太っちょマカロンって書いてある。太るやつ。ついに来た太るやつ。おいしい？めっちゃ飛び散るんですけど。おそらくママはそれを半分にして2日にわたって食べるかな。ママ見て、紫だよ。本当だ。綺麗な紫です。パパは大福が4つ残ってるからね。楽しみや。明日はワイン買うぞ。中からなんか出てきた。何？本当だ。ベリー？そう、今日今ここにいる場所が
ちょうど来る時にキツネがいたの。今日朝にね神社行った時もエゾリスいました。エゾリスね。そうだね、リスいたね。エゾリスいたね。今日行った朝の神社か、に、リスを見て、で今日今さっきキツネを見て、あと鹿だよね。まあそんなにたくさんは見てないけど、まあ、何回か見たよね。あとヒグマか。で今回そう思ったのが、北海道はまあこれらが主体というか、まあ多いみたいな。逆にこう他の地域とかって何がいるんだろうと思って、野生でね。リスとかも含めて、何リスとか何鹿とか、鹿も結構いろんなところにいるっていうじゃん。はい、ということで今回ですね、コメントテーマとして、皆さんが今まで住んだ地域での出現した野生動物、まあ地元でもいいし、今住んでるところでもいいし、まあ過去に住んでたところとかで、ぜひ皆さんが見たことのある野生動物をですね、コメント欄で教えていただければと思います。もうこれはね、空はわかんないな。海でも OK です。なんかね、こっちだとね、ホエールウォッチングとかあったもんね。北海道って。というものをですね、ぜひね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チッカはまだいなさそうです。はい、じゃあおやすみなさい。大丈夫だった？大丈夫。安全安心だね。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ね、6時24分、室温 17.8 度、湿度 47% です。朝やっぱりね、肌寒いです。今、外気温が何度ぐらいなんだろうな。はい、外気温がですね、今3度です。かなり寒いです。外寝てるときはね、ちゃんと上着着ないと、トイレとかもだいぶ寒かったです。はい、ということでね、今日も準備していきたいと思います。おはよう。じゃあ、お外晴れてる？お外どう？いい感じで晴れてる？今日は最後の北海道観光日です。早かったな。あっという間。明日はね、もう苫小牧行って、フェリーです。はい、今日切るよ。今日はどこに行くんですか？今日はチーズ工場とお酒があるところと青い池を行きます。青い池が一番最初だね。すぐ近くだから。そうなの？ここからすぐだ。まだまだこれから。まだ来てない。もう歩いたらもうおしまい？車でシュッて。それが終わってから、もう一個ファーム富田とかなんかその辺行くか。お昼あそこ行くかだね。ジンギスカン。あ、ジンギスカン行きたいね。で、あとはチーズ工房、あとワイナリーかな。で、その後はまた移動して、まあそんな感じでちょっといる場所と行ける場所と要所要所を抑えながら行こうかなと思います。じゃあ出発。なんか鹿さんよりさ、キツネの方が見てる気がする。およそ2キロ先、目的地。ここなんかね、キャンピングカーサイトみたいなのが。そうそう。電源、ダンプもあったもん。いいね。今度またこの辺利用するときには。そうだね。この辺雪がまだ結構残ってる。寒いもんね。朝気温3度だったかな。朝寒かったもん。なんかところどころベンチが。で、今のところからこの青い池まではもうわずか2キロということで、もうあと1キロしかない。4月29日、クマ出没注意だって。割と最近だ。ほら。こんなとこにもクマがおるんやね。まあ雰囲気的にはいそうだよ。まず昨日のところの通りからしたらいそうか。あそこか。ここが結構人いるじゃん。本当だ。こっちまで来れば人がいた。あっちすごい雪が。あそこ。よし。じゃあ到着したんでね、向かいたいと思います。ちなみに今朝もソーラーが入っているので充電してます。 87%、 8.5 アンペアぐらいで充電してる。 8.5 アンペア結構日差し強いもんだって、もちろん冷蔵庫とかね使いっぱなしなんで電気は使ってますけど充電してます。
ゆうちゃんどう？寒い？平気？よし、じゃあ行こうぜ。いや、割ともうこの辺から見えてます。もうちょっと近づけるかな。あ、綺麗だね今日は。駐車場からすぐです。青いね。うん。風が冷たい。うん。これなんか木咲いてることあるのかな。ずっとあのまま刺さってるだけ？うん。生えてんの？これじゃ写真撮れた？これじゃもう写真撮ったよね。見る？見して。上手。撮れたじゃん。もう208枚写真撮った。ちょっと向こう歩いてみる？川は多い。ね。こっちはエメラルドグリーンな青かな。青い池はどうでした？いい感じでした。いい感じです。雪がすごいあそこの。うん、結構残ってるよね。目の前に雪。溶けづらいんだろうね。すごいね、北海道は雪がまだあるんだね。ね。ユッキーが積もってるんだよ。あっちにも雪積もってるぞ。ね。うん。行くよ。すごいね。すごい。うーちゃん、こける。滑り落ちた。ね。よし、じゃあボンちゃん戻りましょう。はい、ボンちゃんね、9.6 アンペアとか 9.75 アンペアとかそれぐらいで今充電してます。 88% まで回復しました。何もしてなくてもソーラーで勝手に電源回復するという。マジでこの旅全然そう、バッテリー問題は全然なかったね。なかった。よし、じゃあ行こう。今ちょっとね、青い池を出発します。で、朝のね時間に来たので結構まだガラガラでした。ちょうど今ぐらいかな。結構入ってきてますね、車が。出口で生産です。500円。うん。こっから一旦美瑛の市街に戻って、美瑛のね今度神社に行こうかなと思ってます。美瑛神社。その後ねちょっとまたどこ行くか考えたいと思います。北海道の働く車はマジででけえ。でけえ。土地が広いけあんだけでかいやつじゃないと、無理や。すごいな。にしても北海道ってまっすぐやな、道が。何がすごいってまっすぐなのよ。本当にまっすぐなの。むしろこれようこんなまっすぐに道路作ったなっていうぐらいまっすぐ。はい、残り 800m ぐらいです。あれかな、大きい鳥居のところ。北海道の中でも結構有名な神社らしい。北海道3大パワースポットの一つらしい。どっちだろう。あ、右に行けるかな。右に行けそうだね。電車だねあれ。本当だ、電車だ。電車がなんかお家っぽくなって、なんだろうあれ。ね。いいよ、これセット。あ、またご立派な神社。はい、無事にね到着しましたので向かいたいと思います。お邪魔します。うちらでも慣れたものです。寒い。真ん中でさ、いいよ。ですよ。そうだね、社務所があそこだな。伊江神社。丘の町。熊野那智大社との、ね、交流というかあれもあるみたいで、中に八田烏のねおみくじとかありました。向こうでもね見たやつと同じものがありました。よし、じゃあ次の場所に行きましょう。とりあえず今ね出発しました。でこの後はファーム富田だっけ、
の方までね、行きたいと思うんですけども、ファーム富田の方は、若干ねラベンダーが咲いてるということなので、ちょっとねその辺も楽しみに行こうかなと。で今日ね朝早め行動なんで割とね時間があるんですよ。まだ10時でしょ。そうまだ10時なんで、今からですねセブンスターの木っていうのとマイルドセブンの丘、あとジェットコースターのなんかこの辺すぐ近くに3つあるみたいなんで、ちょっと車でさーっと行こうかなと思ってます。まあせっかくね近くまで来たんで、あとねやっぱ富良野とかね美瑛とかこの辺はね景色がやっぱ綺麗なので、それも兼ねてねちょっと行ってみようかなと思います。なんかいろいろあんだね、なんちゃらの木みたいな、ケントメリー、ケンメリア、何それ。車、アコスカのスカイラインとかあの時代のケンメリグ、あれか、あれがケンメリの木か。どれ。ズドンと。ああすごいね。でもなんであんな風になってんだろう。見えていますでしょうか。これです。はい、一つ通過いたしました。ケンメリ通過。おっちすごいね。おパパのこっちは確かに景色がいい。こんな感じです。あの辺すごいね、桜咲いてる。桜咲いてるよゾーン。結構だから北海道の桜ってこの場所によってはゴールデンウィークとともに咲いてゴールデンウィークとともに散るらしい。確かにね、ちょっともうほら葉桜になってるから若干過ぎたかなっていう感じ。網走ぐらいがピークだったんじゃない。網走結構綺麗だった。セブンスターの木って書いてある。本当だ。いやでもここも綺麗だね。ここもすごい綺麗。特になんかの観光地ではないけど綺麗すごく。まだセブンスターの木までには行かないんだ。真ん中にある木だべよ。なんか今すごい人いたよ。わ綺麗だね。わーすごい。なんじゃここの景色。おお。とても綺麗、美しい。多分あそこがセッターの綺麗だ。観光バス。観光バスが止まってます。すげえな人が。これね。右方向です。よし到着です。結構すごい。こんな感じ。こうね山も見えます。車窓から見える景色もこんな感じです。景色が綺麗や。あれが多分セブンスターの木。なんでセブンスターの木なんだろうね。確か北海道かな、なんかの観光ポスターに使われた木らしい。セブンスター。だから奥の方も綺麗だけどね。ね、寒いです。とっても景色が綺麗です。そう、ちょっとね人がいっぱい来ちゃったので早めに退散です。やっぱり寒いよね。富士山じゃない。いい感じだね。はい、今ですねセブンスターの木に行ってきました。駐車場があったのでねちょっと止めて見てみました。なんかねこのセブンスターの木自体もいいけど、なんかこの雰囲気がいいよね。ここのこの辺運転気持ちよさそう。でこの後はまたね同じようなとこなんですけど、マイルドセブンの丘っていうのがここからね7キロぐらいのところにあるので、そこもねちょっと寄って行こうかなと思います。今日はドライブ動画だね。なんか最初ほら結構うわすげえすげえすげえ。何なんかほらなんていうの、田んぼじゃなくて畑じゃなくてなんかさザーってなってます。丘ほらここを左に曲がって坂を上がっていくとマイルドセブンの丘らしい。どれだろうね。マイルドセブンの丘はあれがあるのかな、駐車場があるのかな。どうなんだろうね。多分ねこっちじゃなかった、向こうだな。ここね電波が入らないんで Google マップが分かんないんですけど、多分こっちじゃない。なんかね今見てたのが旧マイルドセブンの丘で、もう一個マイルドセブンの丘っていうのがあって、それがなんかねどうやらこの先のようです。確かにね旧の方はちょっとキャンカーラできついかも。
ょっとしたらジェットコースター、ここからジェットコースターの道って書かれてたけど、ジェットコースターの道ってどんな感じなんだろう。ここから見下ろすとうねうねするんじゃないの。そういうこ今上に上がってきたってことじゃない。と？ここがジェットコースターの道。確かにうねうねしとる。あ、でもこれさ、まだついてない。こっからって書いてあったからそうなんじゃない。あ、そういうこと？結構あれだね。登って下って登って下ってですよ。だからジェットコースター。おお、すすげごいな。えな。これはすごいな。お、すごいわすごいわ。見えてるかなこれ。めちゃくちゃすげえ。見えてると思うけど。ちょっと想像してたのと違ってレベチだった。おお、すごいすごい。確かにジェットコースター。ジェットコースターだ。面白い。一応ここが場所的には。あ、もう終わりかな。はい、終わりました。景色めっちゃ綺麗。パーン富田まで残り5キロです。もう富良野なのここ。いや、とっくに富良野でしょ。ああ、もう今度夏に来たい。夏だね。来年あたり行けないかな。10年後かな。じゃあもうずっと全国制覇旅終わらないわ。また着いた。ここだ。パーン富田。よいしょと。ここだよね。じゃない。さあ、うーちゃん、今日はこっちです。景色綺麗やない。いっぱい本当はお花とか咲いてるんだけど、今まだ5月だから咲いてないんだって。今日はほら、本当は多分ここがみんな一面に咲いとるんやろ。確かに確かにな。残念ながらすごいね、土。本当だね。なんかさ、芝桜がちょっとバイクもラベンダー色なのね。本当だ。よし、そう、本来は多分この辺も一面咲いてるんだよね。ちょっとね、季節がね、まあ逆に言えばガラガラの時に来れるってことですよ。この時に来ればこんな感じです。すごいね。多分右側も本当は一面咲いてんだろうね。お腹空いちゃったね。今はまだダメだよ。うん。この後ジンギスカンやる。あ、でもね、ここから近いらしい。ジンギスカン？うん。唯一咲いているゾーン。ムスカリ。紫色のアイス。これは何？ラベンダーメロン。メロンミックス頼もうかな。にしよう。見してよ、ちゃん。綺麗な色。紫色だね。花？ちょっとお花って感じだね。不思議な色する。こんなでも色のアイスなかなかないよね。まあ何かを買いに。北海道メイクインのじゃがバターね。男爵もね選べる。2種類から選べる感じ。今日晩ご飯じゃがバターやろ。いいよ。夏だとね、多分すごい綺麗なんでしょうね。あ、グリーンハウス、ここだけ見る。ここがラベンダーが咲いてるらしいよ。あ、温室なんだね。いい気分らしい。さあ、じゃあお昼ご飯食べ行こう。はい、今ですね、ファーム出発しました。時期外れっていうのと、あと今日が多分ゴールデンウィークの最終日なんで、天気はいいんですけど、意外とね空いてました。きっと来月行ったら綺麗なんだろうな。そう。そこはねしょうがない。今日はこの後ねお昼ご飯に行きます。で、今日のお昼ご飯はですね、これはねちょっと前々っていうか最初から決めてた場所で、ジンギスカンのね、富良野ジンギスカン羊の丘というところで、結構ねここが美味しいということで有名だったので向かいます。単線が走ってます。よいしょ。いや、いいね。どこまでも続くこの線の感じ。じゃあ、とりあえず10キロぐらい走って羊の丘まで
行きたいと思います。はい、もうすぐですね、到着です。もう目の前かな。あの店じゃないの？あ、そうだね。星に手の届く丘、キャンプ場で。キャンプ場の近く、羊の丘並んでるの。木が、あ、こっちだ。こっちの方がいる。うさぎさんがいる。めいめい。めいめいはい、到着しました。おお、コテージコテージ、すごいね。いい景色だね。よし。はい。これが作法か。これがもう一個の方。この間食べたジンギスカンと同じ。もっと美味しいわ。パパは失った前半を取り戻すかのようにものすごい勢いで食べております。ちゃんと美味しい。ここにねあるので2個分200円入れて、そしたらすっげえ量、すっげえ量、めめちゃんにもう一回やってごらんよ。大丈夫だよ。パンにしてあげて。そう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 。もっと前々。そうそう、上手上手。できたじゃん。どうやって食べさせるの？これって置いとけばいい。このお店ね。フラノジンギスカン、羊の丘を出ました。すごいね、美味しかったです。美味しかった。めちゃくちゃ安いよね。安い。まあうちらがそんな食べないのかもしれないけど、まあうち4人前ぐらいしか食べてないのか。でもこれでも安かった。3人でだけど、まあうーちゃんは会ってないようなもんだから、まあ6000円ちょっとぐらいかな。初めてだ。ああ、そっか、パパは初めてか。ちゃんとしたジンギスカン食べた。いや、お店で食べたのはパパ初めて。あれビール飲んだらめっちゃうまいだろう。うまいと思う。今日はですね、ここからちょっとだけ走って富良野のワイン工場、まあ富良野ワインだけ買おうかなと思ってます。ちょっとで、あとその後近くにチーズ工房があるので、そこも行こうかなと。これ全部でも行けたら一応ミッションコンプリートというか、とても充実した観光の旅になった。そうなんかすごい富良野に詰め込んだ感ある。さて、とりあえず12キロぐらいあるから、まったり行く感じで。もうじきですね、到着します。あと 800m ワイン工場、ワインハウス、なんかいろいろ書いてある。なんかワインのやつ、あ、結構なんかでかいね。まあまあ工場っていうぐらいか。そうか。ほら、ぶどう果汁工場13名かな。目的地付近です。音声案内を着いたよ。無事に到着しました。本日の無料シーン、この通り、本当この通りすごいスッキリしてる。複雑です香りが結構すごいかも。これ白？白。そのまま食べられる部分。すごい香りが出て、フルーツ。美味しいこれ。あおちゃんほら聞いてる。はい、ありがとうございます。飲んでみる。これシュワシュワしないよね。しないしないしない。本来のブドウって感じ。ふーちゃんにはハテナマークだね。ブドウの中の赤ワイン。こういう味のゼリー。はい、無事にですね、ワインを購入できました。これからですね、まあ10分ぐらい走ったところにチーズ工房っていうのがあるみたいなので、パテを買いに行こうかなと思います。すごいね。シャトー富良野橋だってシャトー富良野橋ってすごいね。で、チーズ工房行って
してで温泉行っちゃいます。温泉が終わってからまたちょっと今日は移動するかな。1時間ちょっとぐらい。まあ明日ねちょっと苫小牧の方まで戻んなきゃいけないんで、向こう側に近づけるようにちょっと走ります。今ちょうど車は日が差してあったかいな、中が。あ、ここじゃない？これかな。フラのチーズコー。目的地付近です。音声案内を終了します。割と大きい。チーズ工房。テイクアウトでピザ買う。持ってきます。今ですね、チーズ工房行ってきました。ピザのいい匂いが後ろからする。そうそう。今ね店内でチーズをね買いに行ったんですけど、なんかピザもあって、でそれがねピザがそこで焼いてくれるピザでテイクアウトもできるみたいだったんで、それをねテイクアウトしてきました。ちょうどよかったね。うん、美味しそうだったよね、あのピザ。ちょっとねその場で食べるとあれなんで、夜ご飯用にテイクアウトしてます。で、今日はこの後温泉の方に向かっていくので15キロぐらいで、なんか今日の日帰り温泉なんですけど、結構なんかいろいろ入ってる、なんかめちゃくちゃいっぱいあるらしいということで、これからですねバンカの湯というところまでね、ちょっとだけ14キロぐらいだけ戻ります。はい、ということでね、まずは温泉の方に向かっていきたいと思います。バンカの湯だ。合ってんの？足湯もあるの？なんかいろいろあるんだもんね。このホテルなんだね。今から温泉向かいます。バンカの湯。なかなかご立派で。今から飲みます。パパはマッチク食べれすぎて水も買ったし、その前にアイスも食べたよ。そうなの？もっとゆっくり入ればよかったのに。いや、だいぶゆっくり入ったよ今日。そうなの？そうなの？うちらもゆっくり入ったよ。お風呂楽しかった。ママあと全部。はい、今ですね、温泉の方に行ってきました。結構長いこと温泉で2時間ぐらいだね。そんなにいたかな。いや、パパ果てしなく長かった。なんかね、うーちゃんはぬるいのがいっぱい来たからものすごく嬉しかったみたい。いやでも確かに種類はたくさんあったね。広いし、そして結構綺麗。はい、ということで、結構ねこの日帰り温泉を割と楽しめました。で、最後のね車中泊地ということで、今からですね、走りましてシムカップの方に向かっていきます。なんだって？シムカップ。シムカップ？シムカップっていう地名のところ。すごい名前だね。聞いたことない。で、到着予定が7時50分なんで、割とね暗くなるのかなって思っております。ちょっとここからですね、少し長いですけどシムカップまで、向かっていきたいと思います。今まで鹿のマークあったけど、鹿なんて出てこなかったよ。やっぱ夜中なんじゃん。ということで、こんな暗い感じの道を頑張って走っていきます。結構ね暗い。暗いよ。これちなみにロービームにするとこんな感じなの。前が見えん。そう、先が見えない。本当赤いやつを辿っていくしかない。怖い。北海道に来て本当に思ったのが、ヘッドライトだけはちゃんとしたものを入れなきゃいけないなっていう、結構標高が上がってくる。あ、シッカーいた。シッカーいたけど、これなんじゃわかんないよ。もぞもぞしてる。あ、キツネ？何どこ？あ、今行っちゃった。全然見てなかった。多分キツネ。こんな感じかも。シムカップ。せやで。冠。はい、先ほどですね無事に到着しまして、今ね着替えとか終わったタイミングです。今日が最終日。うーちゃんはご飯できるまで後ろのベッドで避難です。眠いとか言ってゴロゴロしてる。ちなみになんで電気つけてるかっていうと、暗くしたら鹿さんがツンコしてきたら怖いからだそうです。今日ねチーズ工房で購入したピザ、すごいいい匂いがねする。おお、いいね。めちゃくちゃうまそう。これ後ほどねトースターでちょいと再加熱します。アヒージョをどれでやるかだね。じゃあバケットはピザ食べた後に考えてやるでしょ。これね我が家のメステ
でっかいな。具材がね。何これ？そう何これ？マッシュルーム。いっぱい振りまくんだね。あ、野菜入れるでしょ。これ以外は入れていいよ。ニンニク以外は全部入れていいよ。野菜は？これでもさ、タフマルジュニアにはこのメスティン多分ぴったりだよ。いい感じ。さあ、うーちゃんが作ったアヒージョがグツグツ煮込まれます。こうやって焼かないと無理か。なかなかこうだ。いきます。今ね、車内温度 25.4 度だ。熱源がたくさんあるんだ。暑いです。やっぱトースターで焼くとカリカリが復活しているので。オニオンなんとかだったの。これマルゲリーうーちゃんの工房でバケットを焼きます。タ。パンだらけ。はい、今日のご飯ね、完成です。ね、買ってきたピザ2種類、ハーフで買ってきたやつと、あとバケットですね。バケット4個焼いてます。あとアヒージョと、買ってきたね、フラノのワイン。あとはうーちゃんのぶどうのジュースです。さあ、食べましょう。じゃあまずはね、飲み物入れていきましょう。うーちゃんのぶどうジュースから。ワインのところにブドウジュースが売っていなかったので。あ、でも、なんだろう、見るからにぶどうジュースがあるね。フラノのワイン。なんか、こすると。ラベルから匂いじゃない。あ、ラベンダーの匂いする。ここは試飲してないんだけど、どういう感じなんだろう。うん。だからまあ。よし。はい、じゃあ乾杯しましょう。はい、じゃあうーちゃん乾杯。乾杯。気をつけてね。どう？飲みやすい。美味しかった？甘いのと辛いのの中間ぐらいじゃん。うん、さっぱりして甘みはないよね。じゃあいただきます。はい、じゃあいただき今ます。日のピザ。うまい。他って美味しい。でもトースターがあるからさ、こういうピザもさ、また再加熱してカリカリにできるからいいよね。うん。今日うーちゃんが好きパーティー。ホタテうまい。結構さ、今日買ったこのピザ美味しいね。おいしい。なかなかさ、本格的なのはないね。うん。ちゃんとしたところで買ったから結構美味しいのこれ。はい。ということで、じゃあ今日のコメントテーマ。このピザについて聞いてみようか。今日のコメントテーマは、好きなピザ。パパは何派？パパはマルゲリータ。うっちゃんはパイナップルビー。パイナップルピザ。ママは？ママも割とあれかな、マルゲリータとか。あ、パパでもね、ジェノベーゼ好きだわ結構。あー、ジェノベーゼね。まあだからシンプルなチーズとそう。あれだね。あれぐらいがなんか一番食べやすくていい。ということで、ぜひね、皆さんの好きなピザをコメント欄で教えてください。教えてください。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。はい。あとね、こちら今日購入した、ワイン工房で購入したやつかな。フラノのブドウ果汁サイダー。でもね、これはあったので、こちらね、買ってみました。どんな感じでしょう。うん。うまいね。ビビ炭酸だね。本当のこれでも普通にうまいわ。なんかよくあるブドウジュースと違って香りがちょっとあるかも。あとね、これね、今日実はもう一本ワイン買ってました。こちらですね、ソレイユ。マスカットらしいよ。甘い系のワイン。これもね、フラノのワインです。これもね、ちょっと飲んでみようかなと。結構とろみありそう。でも甘い。甘め。ああ、なんかあれだね。これを少し味濃くしたら、食前酒になりそうな味。デザート。うん、そうだね。デザートなワインだ。デザートワイン。はい。ご飯もね、食べ終わったので、今ね、フラットにして、ゴロゴロタイムです。今日がね、
北海道で過ごすね最後の夜なんで早かったね。あっという間だったね。そんなに長かったね。そうだよ、2週間ぐらい。そうだね、フェリー入れて14日ぐらい。あれ一番長い？うん、過去最長かな。車中泊としては12日間なのかな。旅としては14日間、フェリー入れて2週間いたからね。それでも周り切らんかった北海道。まだ札幌も行ってないし函館も行ってないし、そう道東道北に関してもだいぶ飛ばしてるから、本当に要所要所に行きたかったとこだけしか行けなかったかな。今日の富良野ぐらいの勢いで多分回んなかったら回んなきゃいけなかったね。そういうのを気にせずに1週間とか2週間とか行くあてもなく北海道をブラブラしてたら楽しいかもしれない。まあでもどこを撮っても楽しかったな。まあそんな感じでね、あっという間の2週間でした。帰りたくないね。今日はねこの後のんびり過ごします。もう寝ます。はいじゃあ寝るよ。おやすみ。おやすみ。じゃあね。はいですね、6時57分です。室温 19.4 度、湿度 45% です。車内はねだいぶ暖かいんで快適に眠れました。今いるとこの外気温が6度ですね。かなり寒いです。今日はね北海道最終日、苫小牧まで行ってねフェリーに乗ります。まあその前にねちょっといろんなところを寄れたらなと思ってるので少し早めに行動します。よし、じゃあ今日は最終日なんで布団も片付けちゃいます。そうだよね。ピカピカしてる。よし、OK。はい、今ですね、出発しました。で、今日はですね、これから苫小牧にね3時ぐらいには着いて乗船を始めなきゃいけないので、それまでにはねフェリーターミナルに向かおうかなと思いますと、1個ねノーザンホースパークっていうところですね。苫小牧の方なんですけども、こちらの方でね、うーちゃんがねどうしても馬乗りたいっていう話だったので、ここに最後寄ってから帰ろうかなと思っております。はい、今ですねこの辺がですね夕張メロンで有名な夕張市です。横はこれ初めて来ましたメロンのやつなのかな。お、結構でかい川。本当だ、北海道本当川多い。こういうさちょっとさ緑の濁ったよね。この辺はこれみんなメロンなの。こういうやつがさっきからずっと並んでる。もう千歳に入ったから上が飛行機飛んでたね。長沼町マオイの丘、だいたい10時のとこいいじゃん。道の駅で一回お土産買おう。道の駅の前にマーケット。あれカルディのやつなのかな。こっちが道の駅。あれなんか上もあった。はい、今ですね、道の駅マオイの丘の方に行ってきました。お土産も買えたのと、あとはね一応朝ごはんもね買えたので良かったかなと。で今日はこの後ですねノーザンホースパークっていうところにね今から向かっていきます。距離はねだいたい30キロぐらいなんで40分ぐらい着くかなと思います。ちょっとこっち風あるかな。なんかさっきちょっと風があってる。はい、もう少しでね到着します。ノーザンホースパーク、あと 1.4 キロ。駐車場だともうちょっと手前かな。その本格的な乗馬の方もあるし、なんかその引き馬みたいな結構いろんなのあるかな。この先料金所、あ、ここだ。入り口っぽいね。なるべく入り口側に止めよう。そうだね。さあ行きましょう。寒いね。これビラ書いてあるか。今の現在地が寒っ。P1。ダウン必須だよ。ダウンは必須だね。ついに馬の日です。ちょっとポニョが大きかったけど、まああんま変わらない。ではこの辺からせーの、やったー、ありがとうございました。湯気でもこもこのなポニーの金ちゃん頭が良かったよ。賢い。賢い。ポニーってやっぱさ大きさが大人なの。でもあれちょっとちっちゃいんじゃない。
そういうこと？馬車優先。馬車優先道路。ね。なかなか見ない馬車優先。ここポニーなの？じゃないの。ポニーってこんなもんじゃない。うん、かもね。黒いお馬さん。ご立派だね。雪が好きなんだって。ジョー。大きいお馬さんが。馬車だ。大きいね。大きいね。馬車。これだよね。それ大人2枚と子供1枚か。気をつけてゆっくり。途中に乗れる。こちら。よし。どう？お馬さんいた？あ、でっかいね。本当の馬力や。何馬力やんだ。1馬力。1馬力。なんだろうこれ。2桁以上はある。この馬さんって大きい方に入るんですか？大体その子で体重が760から70ぐらい。でっか。すごいね、700キロ。もうおしまいだよ、そろそろ。でっかいね。じゃあちょっと入ってよ。でかいな。大きいこのよ。馬さん大きいよ。カリバー？カリバありがとうカリバー。まだでっかいのがいると思ったらすごいよね。でびっくりなのがさ、馬ってさ1頭で1馬力と思ってたけど、あえて10馬力分の馬もいるんだっていう。10馬力分の馬がいる。あれも大きい方には入るけど、もっと大きい馬がいるっていう事実な。そうそうそう。あれで700キロでしょ。キロぐらい。上には上がいて1200キロぐらい。1トン、1.2トンなの。すごいよね。すごい。スーちゃん。違うポニーが出る。ポニー。こっち側にもいる。いっぱいいるな、これ。いっぱいいるね。また違うお馬さん。これ競走馬だったね。ディープインパクト。へえ。父がディープインパクト。ラストインパクトだって。すごいね。この辺みんな競走馬なんだ。あ、そうなの？主な戦績。本当だ。今はもう。まあ引退し、今はもう卒業した。そう。お仕事終わったってこと。あ、ふーちゃん見て、白いお馬さん。本当だ。白いお馬さんだ。あ、お馬さんが来た。お馬さんが帰ってきた。大きいね、やっぱお馬さん。なるほどって感じで、ね、競走馬が終わった後はこういうところで余生を過ごしてる。すごいね。あういちゃん、ほら向こう側から来るよ。お馬さん。社長。じゃあ社長と写真撮る。はい。今ですね、ノーザンホースパークに行ってきました。朝はね結構ガラガラだったんですけども、意外とねお昼ぐらいかなんですけど、結構ね人が入ってきました。まあ朝のうちにね来れたので、いろいろと見れたりとか、あとはね馬車とか乗れたりとか、結構ね敷地が広大で、そうでホーストレッキングとかもあるんですよね。ちゃんとした乗馬のやつ、そういうのもあるんでね。お馬さんがお外に放牧されてる。なんか大馬さん多いんじゃない？多いね。で今日はですね、これからもう苫小牧の方に向かっていきまして、苫小牧フェリーターミナルですね。道中ちょっと1個だけね、ウトナイ湖っていうところがあるんで、そこだけちょっと寄って、なんかお昼ご飯食べたいな。そうね。ということでね、ここからねウトナイ湖の方にね向かっていきたいと思います。どこだっけ？クシャラ湖？クシャラ湖？クシャラ湖？あ、お湯出るとこだよね、あそこ。あ、そうそうだよね。なんか食べるか中で。ああ、どっちもいいよ。食べちゃおうか。道の駅ウトナイ湖。豚バラ煮込みカレー、美味しそうじゃん。よし、うーちゃんとカレーを分け合います。
辛くない？大丈夫？はい、今ですね、ウトナイ湖で、お昼ご飯ね食べてきました。でちょっとねお土産とかあったら買おうかなと思ったんですけども、ちょっとねあんまり売ってなかったので、お昼ご飯だけねいただいてきました。ちょっとね道東で買っときゃよかったと思って。意外とね道東はねいろんなの売ってたんですよ。で道東がいろんなもの売ってたから、まあ他でも売ってるでしょうと思ったんだけど、意外とねあんまなかった。なんかお土産後回しにするよりその場で買った方がいいかも。うん、だからねぜひね、皆さんお土産を買うときは行った場所で買った方がどうやら思った時に買うべき。そうそうそう、はい、そうだね。ということで、次回の動画はですねフェリー編、北海道苫小牧から茨城大洗までのフェリー編になるんですけども、北海道の旅としましては今回がね一応最後になります。今回ね約2週間の旅でしたけども、ちょっとね北海道ねやっぱ2週間じゃね足んないかな。足んないですね。2週間だったらもう道東だけとか道北だけとかそんなもんでもよかったかもしれない。あ、帰りたくねえな。だから総じてね言えるのはすごいやっぱね北海道は北海道にしかない唯一無二の景色が広がっていると。そうです、唯一無二でした。なのでキャンピングカー乗られてる方はねぜひ来てほしい北海道に。でおそらく北海道行った人は、まあ、もうよく知ってると思うんで何回も多分来てるでしょうと。1回来ると何回も来たくなるっていう理由がそこにはある、っていうのをね今回すごく体感しました。であとはね、一つのね目標であった根室のね最東端と宗谷の最北端、この2つもね今回クリアできましたので、この旅の中でね目的を明確にしてたところ、そこもね無事到達できて、証明書もねいただけましたので、あとはですね鹿児島の佐多岬のみということになります。あと一つ、この全国制覇の旅をやりながら4曲を取るという、小さなね目標を立てて、我々にとってはかなり大きな目標ですけども立てて、それもね順調に来ましたので、今回の旅はね総じて良かったかなと思います。今回の北海道旅ですね、以上になります。本当ねここまで動画を全部見てくれた人は本当にありがとうございます。またね次回の全国制覇旅を見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回はですね苫小牧からですね商船三井のサンフラワーでカーフェリーですね、僕が乗ってるこのキャンピングカーキャブコンで 4.9 メーターということで5メーター以下の普通乗用車ですねのカテゴライズで乗れるカーフェリーですね。で今から向かっていくんですけども、このね4車線道路の苫小牧の道路を左に曲がるとあとねもう1キロぐらいで苫小牧フェリーターミナルに着きます。そうでこのねフェリーからですね苫小牧から大洗に向けて出港する船になっております。18時45分発で出発します。でまたね明日のお昼14時ぐらいですかねに大洗に到着するという予定になっております。で今日はですねこの今フェリーターミナルの近く走ってるんですけども、そんな風がないかな。この間ね大洗から乗った時はもうむちゃくちゃ風強かったんですけど、今日はそんなになさそうだね。ここが乗船車両は直進です。お迎えの人は右だし。あ、そうなの。大洗は右ですね。右だから一回ぐるんと回るのかなこれ。多分一回ぐるんと回ります。こちら側ですね。手前がですね仙台名古屋に向かうところですね。そしてこの奥ですね大洗って書いてあるところがありまして、でこっち側がですね大洗の方に行くフェリーです。じゃあもうまだ来てないってことだね。そうだね。でここに車止めてちょっと受付の方にね今から行ってきますと。よし、こちらですねフェリーターミナルです。これ上があれなのかな、ショッピングモールになってるのかな、なんかそんな感じでまずはね受付してきます。大洗朝鮮手続き。まだ時間早い。あ、そうなの？自動のやつできるわけじゃないんだ。じゃあ2回行こうか。じゃあ1回2回行こう。今ですね無事にフェリーターミナルに着いたんですけども、3時半までね受付がどうやらスタートしないみたいなので、今ね2時12分、約1時間ぐらいね車の中でゴロゴロしてます。みーちゃんは熱盛して待ってます。そうだね、とりあえず中でゴロゴロできるスペースはあります。はい、ということで一旦ねあと1時間ぐらいここで待機します。
はい、今ですね一応受付してきました、はい、4時なんですけども、どうやらね入れるのがね僕ら5時ぐらいらしいです。乗用車は5時で同乗車は5時半からだから30分違う。やっぱねキャンピングカーあるあるかもしれないけど、5メーター以下のキャブコンなんですけども、おそらく順番がまだ最後の方になるだろうということで、今ちょっと場所を移動しました。てか場所の移動のお願いがされて、これは多分ねキャブコンあるあるなのかな。だからこれもしかしたらあれかもしれないね、5メーター以上の人もっとそうかもしれないね。ああそうだね、うん、どうなんだろうね。なんかね高さをやっぱ聞かれるんですよね。車検証通り 2.8 メーター以上ありますかみたいに言われて、そんなこんなでね、まだあとね1時間ぐらいは車の中でねゴロゴロしてます。で時間が来たらママたちとちょっと別れて行動をするような形になるかと思います。忘れ物しないように。はい、じゃあそろそろねママたちは行きます。行きますパパじゃあ。じゃあまたお部屋で待っててね。パパもボンちゃん乗っけたら行きます。はい。隣が動き始めた。じゃあまたね。またね。ここからうーちゃんとママは2人でフェリーに乗り込みます。うちのボンちゃんあそこ。さあじゃあちょっと行くよ。行ってきます。いるねボンちゃん。ボンちゃんいた？まだ行かないのかな。30分経ってキャンピングカーだけ取り残されてるってことで、パパを送る前にママたちがこうだね。さあ乗りますよ。はい。やっと横浜に帰れます。はい。はい、もう船の中に入り始めましたよ。向かうよ。じゃあ行くよ。あ、ここ？この部屋じゃない？入りました。この間のうーちゃん一人じゃないよ。この間のところの畳の部屋よりかはやっぱり広いね。広い。で多分うーちゃんはなんだかんだ言ってママと同じベッドで寝るので、窓から見るとどんなだ？おー、いい感じ。生意気。じゃあパパが来るの待ってましょう。はい。うーちゃんパパ待ちなんだよね、お外で。パパ遅い。まだ来ないね。もうちょっとで6時なのに。はい、今ですね少し動いたんですけども、3時半ぐらいからずっと待ってるんですけど、今ねもう6時20分です。3時間ぐらい並んでるから、こんな待ったの初めてだ。だからね、6時45分にフェリー出るんですよ。で今6時20分だから、もうあと25分後にフェリーが出発すると。なかなかね進まないし、なんなら隣の船の乗船を始めたのかな。結構待ちますね今回。実際ねフェリーターミナルには2時ぐらいに着いて、で1時間ぐらい1時間半待って受付の時間になって、一番初めの方に受付を終わらせて、でそっからですね、そっから長くて5時ぐらいに来てちょっと待ってねって言われてからもう1時間20分ぐらい待ってる。その間ねママたちはもうねとっくに船の中入って部屋に入ってるみたいなんであれなんですけど、ちょっとねこれじゃあ出港前にご飯とかはちょっと難しいよね。6時半に頃になっても全然まだパパが来ない。てか外超綺麗に夕日が出てる。まだ入れないらしい。ようやく動き出し始めました。入れた。長かった。じゃあ早く行こ温泉入るよ。う。めっちゃ長かった。パパ、お部屋戻ったらさ、すぐにさ、お風呂入ろう。真正面なんで。相変わらず玄関は狭いのね。玄関は狭い。あ、でも部屋広いじゃん。お部屋広い。どう？ゆいちゃん。この間のお部屋よりかいい？はい。
そうだね。この間よりかな、ちゃんと机も椅子もあるし。こんな感じです。ベッド2つと、あと一応ここにも1個できるのかな。で、お部屋はよいしょ。今回もですね、前回と同じようなトイレと、あとねシャワーがついてます。もうね僕はここで十分です。ふーちゃんは入りたいみたいなので大浴場に行ってらっしゃい。行ってきます。あとエアコンはねこの部屋も完備されてます。ちょっとね部屋でゆっくりしようかなと思います。ちなみにオーシャンビューなので窓がついております。ここはね今すごく穏やかです。苫小牧どうやらねちょっとね太平洋側今回もねもちろん航路としてあるんですけども、少しねまた波が高いかもしれないということで、揺れるかもです。まあねなるべくね揺れないことを祈って酔わないぐらいの感じで行ってほしいです。まあ、お部屋はねほんと前回より全然いいです。前回のお部屋もね2人とかなら全然いいんだけどね、ちょっと3人だと狭かったね。前回と同じようにねこのお部屋にもしっかり冷蔵庫がついております。まあ、これだけね冷蔵庫あれば十分です。あとテレビもついてます。あとなんか戸棚みたいなのもついてます。あとポットもついてます。よしじゃあうーちゃんたち行っておいで。行ってきます。もう出発するから早く。うん早く行っておいで。パパはシャワーです。もうね僕もねシャワー入っちゃいます。はい、ちなみにですねシャワーはこんな感じで、ここでねオンオフ、今オフですね。でこれを回すとこんな感じでシャワー。水圧はね最大でそれぐらいです。これを回すオフですね。でこれ下がね温度ですね。今だいたい40度ぐらいかな、40度いかないぐらいに設定されて、まあちょうど良かったのでこのままにしておきます。でここね実際使う時はこんな感じでシャワーカーテンをねしっかりこういう風に使って、入ります。アメニティもね全てセットで揃ってます。今ね下置いちゃってるんですけど、シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、こういうね普通なボディタオルもアメニティのセットに入ってるんで、これもね一緒に使います。まあ、一式入ってるので便利です。何も用意しなくてもそのまますぐ入れます。ではちょっとねシャワー入っていきます。はい、こちらねドライヤーは部屋の中に備え付けてあります。ちょっとね今髪乾かしたところなんですけど、電源はねここから使うみたいですね。ドライヤー用っていうのがあります。まあでもね部屋の中に1個あるとすごく便利です。うーちゃんとママもね帰ってきたんですけど、ドライヤーはね部屋でやるっていうので髪濡れたままです。ちょっと揺れるね。そうだね。今日もやっぱりなんかちょっと波があるみたいです。穏やかな旅をしたいとこですけども、はい、ちょっとね今日も波があって揺れております。なかなかね伝わりにくいんですけども、どっちにも転がっていっちゃうね。結構ね揺れが強くてこっちに転がしても戻ってくるような感じですね。おお、多分息よりか揺れそう。そうだね。勢いが揺れたら地獄じゃん。あ、レストランが終わりか。なんかレストラン早かったね。7時半でもやって。乗船できたのが6時40分ぐらいなんで結構ギリギリやマジで遅かったね。はい、結構ねまた揺れがあるので、結構ね太平洋側ね基本的にあんま揺れないってよく言われてるんですけど、やっぱりね運ですね。だからその辺はね得意じゃない人は短い距離の方がいいかもしれない。青森からね函館とかで北海道行く時はね、まあ、結構ね揺れてます。ちょっとこの中でねご飯食べるのも大変かなっていう、まあね時刻が7時過ぎ、結構揺れ始めております。まだね北海道出てそんな経ってないです。もっと多分沖合出てくるともっと揺れるのかなと思います。はい、だいぶね音もミシミシというようになりました。じゃあうーちゃんもママと同じような感じであったのに。ママもチーンだから。はい、上に乗ります。みーちゃん全然平気なの？すごいね。なんで？一番乗り物に強いんじゃなくちゃ。じゃあこれは平気なので前には乗れない。だって待って揺れるじゃん。こっちの方が揺れてるわ。逆にこっちは乗り物だからね。このカーテンを見れば揺れがわかるかな。こんな感じでカーテンも結構揺れてます。でももうちょっと強ければ結構揺れてんだねかな。うちらが帰る頃にはさ
まだ荒れてんのかな。どうなんだろう。晴れてんのかな。なんともう行き帰りの天気が微妙すぎてやつは。ちょっとね、次回の北海道は青森函館になりそうだね。青森函館も疲れそうだよね、でもね。こっちはさ、気持ち悪くなるけど、まだゴロってしてるだけでいいからさ。でも気持ちよくなっちゃうとね、翌日潰れちゃうからね。まだ吐くまではいかないから。これ以上の揺れがなければまだいける。そう、今日もね、波の高さが3から4メーターぐらいらしいですね。で、放送入った。一気に。そうで、大洗の方はもっとね、今お風呂もね、今日は出港すぐクローズっていう案内放送が入ったみたいなので、結構ね、太平洋側が荒れてるということでしょう。だからほんとね、太平洋側ってあんま揺れないみたいなんですよね。結構他の人のやつ見てて、たまに大荒れの時もあるけど、基本的には結構ね、揺れてないような雰囲気でしたね。そんな感じでママは早々にダウンです。ふーちゃんは元気です。座ってるとアウト。でもこの後ね、結構揺れ始めるんで、早めに今日は寝ることだね。ドアとドアに挟まったし。ちょっとじゃあ売店見に行こうぜ。ママに内緒にしよう。そうだよ。みんな揺れてるけどなんとかなってんだよ。よし、売店またオープンして。はいよ。はい。これね、今売店で買ってきました。酔い止めが売ってます。これママ用に。で、あとはポカリもう1本買ってきたのも1本ママに渡して。水はね2本。あとお菓子。ふーちゃんのお菓子。あとパパあんまお腹空いてないんでもサンドイッチでいいかなって。そんなの持ってた。とこんな感じです。じゃあご飯食べよう。うーちゃん。はい、うーちゃんのね赤いきつねを作るために水を入れます。あ、そうだ、これ北海道のやつだったね。そう、これ赤いきつね北海道編ってやつです。なんかね、関西と東日本もありました。410だから丸々1本いっちゃいますか。硬い。頑張って。はいどうぞ。これ全部だよね。そうだよ。これじゃあ閉めといて。これオッケー。これまでお腹空いたらどうすんだろう。かわいつからパス食べてていいよ。はい、今ねカップラーメンできたのでご飯食べちゃいます。いただきます。今ウェンズで見てました。そうだね。番組であったよ。パパもサンドイッチ食べよう。じゃあいただきます。いただきます。はい、今船内ですね、かなり揺れております。もうね、音がすごい。でも実際外に出るとそんな揺れないんだよね。揺れとってるだけ。すごいね。まだ撮ってる。そう揺れてるから。はい、ということでもう今日は寝たいと思います。パパもちょっと座ってたら具合悪いになってしまい、うじゃまああんまりだね。今日はもうおとなしくみんなで横になって寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、今ですね、時刻が5時40分ぐらいです。夜中はねだいぶ荒れてましたけど、朝はだいぶ穏やかです。窓から見える景色がこんな感じですね。ずっとねこれぐらい穏やかだったらいいんですけどね。はい、船内がね結構穏やかだとこんな感じで、カーテンの揺れも穏やかです。ということでね、今ね船に乗ってて、朝ねだいぶ落ち着いてきたんですけども、電波がね全然入ってないです。こんな感じで 4G のねこのマークが本来つくんですけども Wi-Fi が入ってないです。これモバイル Wi-Fi ですね。こっちもですね、見ての通りですけども Wi-Fi のマークのところの横に電波マークがないということで、電波が入ってないです。でこれ Wi-Fi を切って 4G にしても
こんな感じですね。で工事のマークさえ出てこないような状態です。ずっとね圏外状態ですね。モバイル Wi-Fi 持っててもこうなっちゃうというような感じです。なのでね電波に関してはなかなか入らないっていうのをね認識していただいた方がいいかもしれないです。事前にね動画とか見たい人はねダウンロードしとくとかね、そういうので対応できるのかなと思います。ちょっとね、これからねご飯とか食べ行くので、もしかしたらそっちの方は入るかもしれないです。はい、今からですねご飯食べてきます。はい、ゆうちゃんご飯楽しみですね。じゃあ行きましょう。はい、ということでねこれからご飯に行ってきます。どう？綺麗だね。昨日の夜はさ、荒れてすぎてやばいね。そうだね。はい、うーちゃんも上がってください。こんな感じで朝ごはん。はい、うーちゃんも朝ごはん。はい、いただきます。はい、今ですねご飯食べて戻ってきました。ママは全然食べれませんでした。そうママは全然ダメ。うーちゃんは元気です。夜は抜いてるしママ。うーちゃん元気いっぱいですはい、ということで残りねまだあと5時間ぐらいあると思うんで部屋でねゆっくり過ごしたいと思います。ママも看病しながらね。そうだね、うーちゃんママ看病して。今ですね12時過ぎたぐらい。現在地はね多分福島県のいわき市あたりですね。で、あとね2時間ぐらいかな、2時間3時間ぐらいだと思うんですけど、やっと波が穏やかになり始めたので、なので今からちょっと売店とか行って軽食というか何か買おうかなと思ってます。今の海はというとこんな感じです。すごくね穏やかです。そういうことで綺麗なお波連ですよ。ね、今日綺麗だ、天気いいね。そうこれぐらいだったら快適な船旅ですね。揺れが収まりました。これだったらまだママも元気。とりあえずねちょっと今から売店に行ってきます。はい、今ですね売店でアイス買ってきました。うーちゃん自販機のアイスよね。うん、ママもです。そうだね。そうでねアイスね1個だけ気をつけなきゃいけないことがあって、実はここの冷蔵庫、このね冷蔵庫なんですけども、このようにね冷蔵しかできないので冷凍ができないです。そうなのでアイスはね買ってきてすぐ食べるというのがフェリーでは鉄則のようです。はい、今ですね時刻が13時30分、もうほぼほぼ大洗港に到着です。外の景色は定刻が一応ですね2時ですねに定刻到着予定で、僕らがね出れるのはその後ですね。多分ね30分ぐらいねまたかかると思います。割とね着いてからもすぐ出れるというわけではございません。はい、ということでねそろそろうーちゃんも片付けの時間です。はい、ということで、ね、ちょっと片付けして準備します。はい、今ですね大洗港に到着です。一旦こんな感じでですねもう退出準備も終わりましたので、あとは出るだけです。到着着岸の放送が入ってます。はい、そろそろ今ねアナウンスが流れてますので移動開始します。行くよ。よかったねこの部屋ね。うーちゃんお部屋参入。お部屋さんありがとうございました。こんなに綺麗にベッドメイキングしてくれたんだよ。そうこんな感じで出る時も綺麗です。うーちゃんのおかげです。うーちゃんが働きました。はい、あと荷物が重いけど頑張れ。この机とかもあったんでだいぶ助かりました。よし、じゃあ出発します。風車のあれとはまた違うところ。そう3階なんかねトラックがいっぱいいたんだよ。はい、ありがとうございます。仕事のトラックの人がいるところにうちらが止まってるってこと？多分結構ね3階はトラックだらけ。あれなのかな、トラックで分けられてるのかな。でなんかトラックの人はねこのエレベーターからもできるらしいです。今教えていただきました。よし。お、なんかこんな感じなんだ。はい、今ですね、出発です。乗ってから早かったね意外と。早かったね。てか今回は乗り場多分ね、そうトラック乗り場だからかなんか早かったですね。わお。よいしょ。
はい、今ですね大洗港を出ましてターミナル出たところです。今回もね結構ね夜中揺れたんですけど、なんとかね朝は揺れが収まって、まだね良かったかなと思います。当分はママはまだ揺れてそうな気がするけどねお外にいてもここまだでも大洗なんだよねそうまだ大洗だからね、自宅まではそれなりに距離があるんで、まあ言うてもね今日はもうずっと寝てただけなんで、だいぶ疲れとかもなんもなくいけるかなと思います。今回ですね北海道2週間約2週間ですね行った旅がこれでねついに終わりました。久々のね本土という本州ですね。現実に戻ってきた感じがすごい。まあ今回ね本当2週間というねかなり長い旅になりましたけども、北海道の素晴らしいというかすごいところなんだなっていうのを改めてね、実感しました。でまたねすぐ行きたいなと思うんですけども、なかなかね長距離だし休みもないとスッとはいけないんですけどもね、すごいねいい経験になりました。はいということで、今回の動画はですねフェリーを中心にお話をさせていただいたんですけども、フェリーでねちょっと今回2回乗って気づいたことをねちょっとねメリットデメリットで2つずつぐらい、お話ししていきたいんですけども、まず良かったところ2点、それはねもう1点目は間違いなく、時間をね有効に使えるっていうところですね。乗ってるだけなので、基本的にフェリーにいる間はお酒も前日だったら飲めるし、ゆっくり過ごせる。運転しなくていいからね。そういった面ではすごくね時間を有効に使えるのかなと。普通にねパソコンとかね持ち込めば、編集とかもできなくはないですし、その点はねすごい良かったかなと思います。でもう1点は思ったほど高くなかったっていうところかな、フェリーで。ちょっとねゴールデンウィークの若干ずらしもしてるんで安い期間で取ったってのなんですけど、あとは早割りじゃないけどそういう期間とかキャンペーンとかあったりするんで、ご予約をね考えてる方はですね、そういうね今回僕らが乗ったのは商船三井のサンフラワーなんですけども、他のところでもね多分そういったね早割りとかもあると思うんで、ぜひねそういうタイミングで行かれた方がやっぱお得はお得かなと思います。もちろん仕事の関係休みの関係とかもいろいろあると思うんですけども、お得に行くのであればそういうなんちゃら割みたいな時に行くのがすごいのかなと思いました。今回ね片道だけで6万弱、両方とも約6万弱、往復で個室取っても12万ぐらい、家族3人でね。でこの辺はね一つね目安にしていただきたいなと思います。これねデメリットというか、もうね半分は運になっちゃうんですけど、ほとんど運みたいなもんなんですけど、天候に左右される。行きがね4から5あたりの波の高さで、帰りも3から4ぐらいの波の高さっていうね、変わらない感じしたけどな。そうでも行きの方がやっぱりね角度がすごかったね。本当？揺れてるの時の角度が違ったね。1本目の動画見ていただけると分かるんですけど、本当にね転がっていくんですよ、ペットボトルとか。しかも転がったやつが戻ってくるんですよね、逆側にも傾くから。だからそういう意味では揺れっていうのはもうこれは運になっちゃうんですけど、揺れる日は揺れますよってことですよね。太平洋の方が幾分か穏やかという話ではあったんですけど、だいぶね我々の中ではあまり穏やかではなかった。でただですね、これデメリットの2つ目になるんですけど、乗船時間ね、これねキャンカーだけになっちゃうかもしれないけど、一応ね乗船時間指定がありまして、今回ですと4時半までに来てくださいということで、3時半からね受付開始だったので、僕らねちょっと早めに2時ぐらいからも着きまして、で3時半でね受け付けて、もうすぐ中入りたいと思ってたんですけど、こっからがねマジで長くて、車両自体は1列目に止まってたんですよ。もう一番初めの方に来たんで、前2台ぐらいしかなかったで、受付もね速攻終わらせたんですよ。いざ乗船開始が始まってから4時半ぐらいからちょうど乗船始まったのかな。で結局乗れたのがね6時30分ぐらい、僕が船内に入れたのが6時30分、ママたちは先に入れたんですけど、5時半から衝撃で6時30分って僕ら出港時間6時45分だったんですよ。で早めに入って早めに何かできるかなと思ってたんですけど、どうやらねキャンカーはねそうもいかないみたい。そこがね結構辛いです。キャンカーの人はギリギリの時間に受付することをおすすめするかな。だからギリギリまで遊んでギリギリに行くみたいなやり方でもいいのかなと思います。そういう情報もね持っていただいた方がより多く楽しめるのかなと思います。ただ総じてですね、このカーフェリー今回ね2回往復で初めて使ったんですけど、揺れさえしなければ最高だと思います。体質によるよね。そう波がさえ高くなければ最高の旅だと思います。でもパパまだ平気な方でしょ。いやそれでも昨日やっぱ食べれなかったからね。で、多分普通より私は弱い
でしょ。今はだってもう入ってすぐ寝てたもん。多分結構気持ち悪くなってだから本当体質によるんだなって思う、逆にね今度僕らはね北海道行く時は今度道南を行きたいんで、青森函館間のフェリーでもいいのかなって今思ってたりとかしますんで、またね今度ねそっちはそっちで、ね、紹介できたらいいなと思います。はい、ということで、今回はですねカーフェリーサンフラワーの紹介を中心にお送りしました。またこういったねカーフェリーの旅っていうのもね違うところでするかもしれないので、その時はねまたちょっとこう紹介できたらいいなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。